毎度です。おはようございます。何？あとちょっとモズのディスコードが出てないわ。ちょっと待ってな。さあ皆さんおはようございます。よいしょ。はい、喋ってください。あいうえおん。おはよう。告知をしおはようごなきゃ。ざいます。おはようございます。うわーめっちゃアラームなるやん。アラーム泣いちゃう。眠たいよー。ももすべさん、ハイニーが起こさんかったら寝坊しちゃいましたからね。そう、今日なぜか寝れなくてさ。ずっと猫に監視されてた。ライブだっけ？さあ今ね、みんなね多分待ってることでしょう。まさにプレビューとかなっておる。もずとはやにぇ。よいしょ。なかなかやっぱあれですね、14は、公式の方は今3万人。あ、ドリームさん。よいしょ。ちょっと2人とも寝起きすぎてやば。ガチ寝起きすぎてちょっと。おはようございます。あ、ちょっとアプリも開いてないわ。え？さあみんなね。そうだよ。まあちょっとラグはあるけれど、今回もね、まさかの公式からミラー配信 OK ですよということで。最近、あれですね、本当ありがたいことに、こう、ミラー配信、OK パターンが多くて、もうこれ見るとマイディさんのやつなので、左下ね、そうだよね。そう。マイディさん、いらっしゃるよ。私、これでも頼みましたよ、この伊勢丹のコラボのイラストなのかな？何頼んだの？マウスパッドかなんか？あれですよ。宝石みたいなお菓子。琥珀ともうお菓子の話だった。もうそう、お菓子の話頼んだ。2回目かな。第2回目の注文分頼んだよ。だから次来るのが多分今年のどっかや。もうおはようございます。寝起きすぎてぐったりしています。ちょっと少人数でお話をしたい人は今ここが一番良いのか。いやでもちょっと何を話すんだろうね。なんか結構みんなね、14の10年後を見据えたさ、お話。ちょっとなんだ VR か VR か。いやでもそれぐらいの話が出てもおかしくないっていうことですよね。ちょっと黙っておこう。うるさいね。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ここは同じ場所にいるようにしているのか。翻訳さんは多分別のとこいそうだね。画質的に。皆さんに自己紹介お願いします。Please. はい、my name is Naoki Yoshida, スカイプ producer and 説。 director of Final Fantasy ズームかスカイプかもしれない。皆さんおはようございます。そしてこんばんはな人も多いですね。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田
です。よろしくお願いします。NFT はやらないっていう話をさっきしてそして本日進行を務めますコミュニティチームモルボルこと室そうだ内です。から外人さんがずっと NFT の話してたんだね、公式の方は。何の話してんだろうと思う。MC stuff for today's live letter。はい、そして、本日はですね、本日の、プロデュ PLL も、バイリンガルやって、日本語と英語のバイリンガル放送でお送りしますので、我らがあゆみさんがスクエニアメリカオフィスから入ってください。バイリンガルやって、Once again, today's letter ア live メリ is カオフィ free スに似たような背景あっ in たら both Japanese and English. 多分それ So we カ have メラの位置 a が違 member うだけで from 同じ Square 壁 Enix ですよ。 America office. あゆみさんです。そうなんだ。まあ、確かによく見ると色合いが。もっとやったらスクエアニックスアメリカの背景一緒だと思う徳竹あゆみです。通訳を務めさせていただきます。よろしくお願いします。Hello everyone, this is Amy from the Square Enix Los Angeles すごい office. 画角が I'm going to be 似て supporting る。 for the translations さあ来られ today. た方も毎度。はい。で本日の、PLL はですね、このセットアップをご覧になった方もいるかと思いますが、吉田さんが話したことは、あゆみさんが通訳してくださいます。でいいな、私が喋ることはモルボルさん自分万能ですな。翻訳しながら進めていきますので、で対して私からは大して重要な話は出ませんので、私のことを翻訳し忘れてるなっていうのは今回もポルタン家のネックレスしてましたね。2万ぐらいするやつ。よろしくお願いします。So 現地で買おうか悩んでやめたやつ。in Japanese and then あゆみさん will do 吉田さん 's voice in English and I will translate さあ myself。 今回もね T シャツを見はい、て、そして今日の PLL はですね、なんか書いてる前半戦はファイナルファンタジー14の新たなる挑戦、次の10年に向けてということで、吉田さんからいろいろご説明いただきます。そして後半はですね、休憩挟みまして後半は、フォーラムで事前に募集しました、パッチ 6.0 をプレイしてみての、Q&A セッションをお送りしたいと思います。So today's letter live has two major parts, and then first half is the kind of presentation by producer director Naoki Yoshida, which is where we are and where we are going for next 10 years. And then we have a little break, and then another half is the Q&A session based on your gameplay. 英語できるってかっこいいよね。 6.0 expansion. はい。はい、ということで、始めてまいりたいと思います。ですね、私がこっちを見てるとき、配信者と一緒だね。皆さんのコメントを見てるときなので、配信者もね、だいたい右か左見てたらコメント見てるよ。ご理解ください。So you might see me すごいちゃんとそこ turning 回 my head してるんだ。 sometimes when I'm 左側。 speaking, but I am actively looking at the comments that people are making as you watch the stream. So you may see me turned this way, but I am still participating. So just wanted to let you know. まあちょっとね、日本のコメントでね、この手の通訳放送はテンポ悪いんだよなって言ってる人いるんですけど、まあグローバル全体でね、お届けしているので、吉田の長い話をですね、あゆみさん一生懸命ね通訳してくれてるんで、そこはね、それを言われると我々ちょっと悲しくなるんで、そういう海外の人はね、パンフェス助かるよの。ステージぐらいで思って見てもらえると英語いいですよで喋ってる時に我々は And 喋れ we ばい do い。 see some comments about how translations kind of drag on the pace. It doesn't feel as quick. 配信者としては Amy is 助 here かるよ。 to try to facilitate communicating Yoshida's comments. そうだね、 It やるね。 makes us sad if you're disappointed that it's in two languages. But perhaps if you look at it like a モルボルさん fantastic だったら event すご where い we け have ど、 the Japanese and English, maybe that might help it make it 特 more 定して fun. ないやろ。コメントで今日は 6.1 はがっつりじゃないんですかっていうのもあるんですが、So we see some comments. Do we have any further updates for 6.1? So 6.1 がっつりってことだけはないんですよね。そうですね、パッチ 6.1 の内容と紹介に関しては、はい3月4日はい、4日です。に、まだ先だなじゃあパッチ 6.1 特集パート1の PLL をやる予定なので、6.1 のまあでも今日ちょっと出ますけどね、はい実は6.1 の詳しいところはそっちに譲ります。So yeah, ちょっと先 today's かもしれない broadcast で is す not ね。 literally going to be just about 6.1. We may touch upon it, but then さわ the さわ音が聞 details こ are える going to be ラップみたい explained な。 on another episode of the live letter on March the あ、いいな、この 4th. This is 曲。 JST, but we will go い into や、いいな、レ details コー at ド that いいよね。 timing. あとはまあなんかこう重大発表的なねニュアンスで取られてるけど楽しい枠だ。楽しく気楽に行くので皆さんもですね緊張せず気楽に今日は見てもらえると嬉しいです。全部リセットされたからも And う some people might be bracing 問 for 題 a がない very もん。 important announcement コ when ラ we ボ talk としては about 11が来 today's そうだよ broadcast. ね But ってね、 that's ハヤに not もよく言っ the てますけ intent. ど。We would love for you to just relax and just have fun with the broadcast.
面白いですよ。バナは確かに来てほしいですね。よしやめんのみたいな。セブンも実質来てないんでは。ついに俺さでもねいつだっけ新情報発表会でさ、言ったばっかだよね。まだまだたくさんありそうではあるけど、そういう話じゃないんですよ。And I understand we were talking about like the future of Final Fantasy XIV, but every time we mentioned something like that, people are like, "Oh no, is Yoshida going to quit?" And no, I think I told us when we were doing our announcement showcase in February. It's like 14 is my life work. It's not like I'm going to just up and leave suddenly. もうそんなんで嘘つきなんで嫌だから。なんだろう、そんなね自分の去就をね重大発表しますみたいなねことは言わないですよ。ちょっと恥ずかしい。甘党派か。I don't want people to be going around saying, "Oh, you're such a liar," because I mean, I'm not the type of person who would make these kinds of like my personal announcements on a live stream. クローン化計画みたいなのをツイートしてる人いたよね。すでにモルボルさんはもう擬態済みですっていう。2時間ぐらい、後半も多分2時間ぐらい使うんじゃないかなと思います。なのでご飯食べたりですね。いやワンチャンありますよ。モルボルさんはすでに実装済みなのは。でも全然いいので、楽しくいきましょう。So we're looking at least for the first part, we're looking at about 2 hours broadcast. And so just you're free to do like you have dinner or like eat lunch as you're watching the broadcast. It is a Saturday, so if you want to start drinking early, you're more than welcome to do so. さあ行きましょう。すみません。自分の YouTube のスマホのコメントを開きました。じゃあ早速いきますが、改めて今日お話しする内容のトピックおさらいしておきましょう。Okay, so jumping right in, let me go over the topics we will cover. で、まず一つ目はちょっとですね、まあ14これまで、正確にはね11年やってきているので、まあちょっと振り返りを最初にね、皆さんへの感謝も込めて、やりたいと思います。First topic, of course, it's been about 11 years to be accurate, how long 14 has been going on. So we'd like to kind of do a little bit of a retrospect, just convey our thanks to our players and look back on everything. でまあそれを振り返った上でですね、まあちょっとこの先じゃあさらにもう10年は僕続けたいと思ってるんで、まあこの先10年さらに14を発展させていくために、まあ新しい挑戦やっていきますよといろいろそこについてまあどんなことやっていくのかというのをお知らせしたいと思います。And then once we do look back on our past, then we look forward to the next 10 years. Because as I mentioned, I would love to continue having Final Fantasy XIV for yet another 10 years. So there are many different things that we want to do in order to continue expanding Final Fantasy XIV. Many challenges that we want to take on. So I want to touch upon some of those items in today's broadcast. でここまでいったら1回休憩を挟んで、放送の後半として3つ目、パッチ 6.0 行月のフィナーレ、プレイしてみて何かありますかというので Q&A 事前に質問募集していましたので、それに対していろいろお答えしていこうかなと思ってます。And then once we do that, we will have a break in between, and then it'll go into the latter half of the show where we kind of asked the players, what did you think after playing 6.0? And so we will do a bit of an Endwalker Q&A. あでも今からお昼食べる人もいいのかな。コメントがあったりね。We're seeing comments like, oh, 10 more years, huh? Is Yoshida going to kick off his Living Dead? まああったよね、確かにね。まだ PS4 サービス終了はないとは思うけど。誕生したので紹介しますとかそういうのして書かれてます。まだない。But yeah, I think I've seen comments similar to that, and like people saying, "Oh, we have mass manufactured Yoshida clones." なぜか私はもう完了してますよって書いてある。そう。あ、言われてるわ。コメントでクローン化したって。では早速いきましょうか。まずはまあ正確にはね11年なんですけど大きくくくってまあ10年ここまで皆さんとねやってきたのをちょっと振り返っていきたいと思います。Okay, so jumping into the timeline here, of course, actually it's 11 years, but like we'll call this the 10 years of Final Fantasy 14. まあいろいろありましたね。まあ2010年
サービいつなんだろうスを開始して、その自分が12月に始めたの運営が体制ね、かなり全部開発も、一新途して、中中間ぐらいなんだろうな僕はここから参加ですね。モズベさん始めたの2.3 So だと思う。 first, 2010 was 申 when 請 it all がだいたい started. ちょっと終わ Many る things 手前くら that いなのか happened な。 caused us to sort of reconsider the development structures, and there was a lot of changes that were made in order to kind 2000 of reboot the title. So this is when I joined in. Yoshida joined into the project. で、2021年の、2011年の10月14日に、14日が縁起がいいだろうっていうので、申請をやりますよやっぱという発14意表してます識してるんや。14日。And then 2011, October 14th, we were thinking 14th must いい bring な、 us そ good う考 luck. える And that's と when 時 we 代の announced 終 that we are 焉 going to have めちゃくちゃ Final 楽しそうだなって思っちゃうわ。 14 もう Reborn. 自分たちは海外の皆さん詳しいよね。味わえないけどさ、やっあゆみさぱんもインタビューマイディに来てくれたと思うけど、さんもねブログとか見てても吸盤を遊んでみたいので、かなり過酷だったみたいですけど吸盤のサーバーを復活させる気ありませんかって、クラシックファイナルファンタジー14やる気ありませんかって、ナイトメアって答えたやつみんな覚えてて、ナイトメアってすげえ言ってんでコメント。ナイトメア。I love how the comments from the 毎度 West です。いらっ are, しゃい。 I love how they know all these details, and I'm sure Amy had sent into the interviews as well, but people were asking about, oh, are you going to make an FF14 1.0 classic like WoW Classic did theirs? And Yoshida answered, Nightmare, and so people are calling the time of 1.0 in Nightmare. It's awesome. で、2012年の11月11日にですね、時代の終すごい焉なトレーラー公開とともにです新生ね、一旦申請の準備のためにそうだよ Q14 のサービスを、終了させていただいてます。 And of でもあれ course, 動いてる、動 in くやつだよね。 November 11th Yeah, of yes, yes. 2012, we titled it The End of an Era, and we sort of closed the service for the original version of Final Fantasy 14. 懐かしいね。 9番からねやってくださってる方も結構いるし、9番の捉え方って結構、あるよなきっとなまちまちだとは思うんですけど、9番のラスト付近は結構悩んだよ。それはそれでまた14始めるまでの間が。ゲームデザインの MMO として結構ね、好きだった、面白くなったんだよって言ってくれる人たちもたくさんいて、僕らシャットダウンするのを決めながらも作ってたところに対してそういうねすごいよな評価をもらってたりするのはとてもありがたいことなので、僕らもすごいね思える人たちがすごい、その一人で。なかなかやり方自体が分かんなかったから、オンラインゲームの。友達がやってたから、ちょっと友達にやりたいなっていうのをうまく言えなくて、ちょっと結構時間かけて、ちょっとやりたいって言いましたね、自分は。We were looking to sunset オンラインゲームへ the の憧れ original は強か version. ったな。 And so it was wonderful that people acknowledged that, and that was very encouraging for us as a team. それが今じゃもうちなみに9番から今日視聴してくださってる方で、914からやってるよって方、どうですか？手を挙げてもらってもいいねえ、ですか？好きなね。 So オンライ if ン I ゲー could ムし have なが people ら in the リスナーさんと comments, 遊んだりもするし、 by show of hands, I don't め know っ how ちゃ you 手挙 raise げ your てる hands, わ。 but like 公式コ anybody メン who's ト。 been playing since 1.0, the original Final Fantasy 14, we would love to see who's been with us since then. めっちゃいいっるな。ぱいいるね。 9番やってる人。 9番すごいありがたいめちゃめちゃいるよ、9番やってる人。 That's amazing. Thank you guys. すごいいる。ここからね、あとそうだよ、 10もう年、お互い健康に気をつけて重いよ、楽しんでい結きましょう。一人一人の人 But 生。 yeah, we're looking forward to the next 10 years. So yeah, let's all take care of our health and keep going. That's awesome. 当時としてで、は、2013年ですね、ベータテストをやりながら、2013年8月27日についに新生オルゼア正式サービス開始することができました。そうか、そう考 So えると Reborn, 難易度高かったん 2013, we や。 start our beta testing for A Realm Reborn, and then August 27 of the same year, じゃないとできないってい we う状 were 態。 able to relaunch as A Realm Reborn. 振り返るとですね、すごい本当に2011年のの割3に月ぐらいか結構さっき言ったらよ一気に新生14の設計だけ5人ぐらいで設計をスタートして2011年の6月から6人のプログラマーがコードを書き始めたのを覚えてるので、実質そこから2年2ヶ月で
申請リリースしてるので、もうちょっと驚異的今振り返ると。And looking back, so that it was 2011 in March. We started at least doing the framework, just the design structure first, and it was a very small team that worked on it. It was 5 people who started on the base framework, and then starting June of that same year, 2011, we had 6 programmers starting to write code. And considering it took about 2 years and 2 months to relaunch, that's just incredible. で、念願だったですね、ファンフェスっていうのを2014年の10月からですね、スタートすることができました。今でも覚えてます。And of course, by 2014, October, we were able to hold our very first fan festival. That was something that we really wanted to do. 初めてやった北米の私多分2回目だった気がする。ステージに上がった時の大歓声でですね、もう足が震えてI still remember it today. The first time we did our fan festival, and we started out in the North America region. And when I took the stage to do my keynote presentation, and just the cheer that I received from the audience, and my legs were shaking when I was up there. で初の拡張であるヘブンズワード2015年の6月にリリースしてその後の8月に、全世界累計登録者数が500万人を突破したと。And then next we were able to launch our first ever expansion pack, Heaven's Word, in 2015 June. And then soon after we reached 5 million registered players. でこの辺りはですね、我々開発チームもですね、このいいのって言われて、よしやっちゃうぞって言って、もうキリッキリなのをやったらですね、いや難しすぎんだろってなってですね、我々もいろいろな失敗を繰り返しつつですね、今につながってる本当重要な時期だったと思います。ここはじゃあ増えたんだ。まあ確かにすごいね。This is around the time when people were starting to clamor for higher difficult content, and the dev team got so excited about, oh yeah, you want difficult, and so we gave you a really tough content, and people started complaining now about, oh no, this is too difficult, Yoshida, this is too difficult, and so we were trying to find that balance. It was trial and error trying to get to that nice balance, but I think it was really important that we're making that conversation. あれでね、僕は人生の格言の一つをね学んだんですよ。プレイヤーの皆さんには、いや簡単だったなって言われるぐらいがちょうどいいんだなと。It was then that I learned this very valuable lesson, which is I think it's best to keep the difficulty where the players would walk out of it saying, that was pretty easy. で、グレンのリベレーターを発売したのが2017年6月で、この辺りからようやくこうバトルコンテンツ以外のその結構ね、なんか話題になりましたよね。より具体化していけるようになったのがこのぐらいの時期で、赤間って9のイメージしかなかったんで、登録者数がこの時点で1000万人突破。やっぱ11の赤間が一番イメージあるから。Then of course, Stormblood released in 2017 June, and we started looking at various other types of content aside from battle and content that would involve the feeling of living in the world of Final Fantasy XIV. And I think that really struck a chord with people. People were resonating with it, which thankfully got us to our registered player number up to 14 million players. もうめっちゃ助けられたな。グレンのリベレーター初日のね、ラウバーン透滅戦。すごかったですね。And I still remember when Stormblood first launched, Rauban Extreme in the Niners. ありましたね。I think we all remember that.
まあ、あの失敗があってね、今の安定したキューリングシステムラウバーン、があったりするから、絶ラウバーンって言われてるやつ。 But I mean, with 覚えて even る with that failure, we learned from it, and we were able to build a グレンのリベレータgood ーだったっけ？そしてですね、2018面白年になると、かったなあれ全世界登録者数が1000大万人、げさに言うからな、みんな。 1400万人うんを突破して、2019年確かに、ちょはっと止まったけど、あそこで1600 15分ぐらいのもんやったで、あ待ち時間りがとうご。ざいます。まあまあ、そうだね。うん。最初にやってた人たちはなんかあれなのかな、結構戸惑ってたのかな。 is 2018 August, and then moving リアルタイ on, ムでね。 we まあ、いやでもどんどんなんかプレイヤーが増えるからそうな。よな。by まあそうだよね。 2019. 予想外これよりかは Thank you 画像 so を切るよ much な for all the players that are staying with us. 不具合。そして続けてですね、2019年に、漆黒のヴィランズを発売し、その年末にはですね、全世界累計登録者数が1800万人を、突破となりました。 And 勢い moving がす on, ごい we な。この辺は released ストリーマー効果が Shadowbringers in 結構ある感 2019, じですね。 and soon after, そうだ we ね。 surpassed 18 million registered players. 数字に関して言うと、配信者マジで増えたね。VTuber 方面なのかな、やっぱり。なんていうの、増えるペースいや、海外とストリーマーは海外のスイッチの方あー、なるほどがね。やったおかげで200万ぐらいは増えたよ体な。験したことのある人が増えれば増えるほどウクライナの方なのかな。新規が女性の方だよ全然違いますパイモズベさんパイ違いますが決まってるところから新しい人を呼ばなきゃいけないので、全然違います。違うのだか。からここまでの数字になってるのにさらに数百万増やしていくっていうこと自体はとてもすごいことで、これは本当ね、まあ、開発運営チームの努力もそうなんですけど、マーケティング PR チームが、はい、コミュニティの皆さんと一緒になって達成してきてすごいよね、ここまで。海外っていうのはあれはうん物理込みで伴騒動があった時のやつですね。 And looking at the Pekora-sanの numbers, 前にあったやつ。 it might seem like あ、そうなんだ。 it's ペコラさんの時 there's も no バンありましたけど、 real その like 前もあっ nothing た of もんな。 note. Oh yeah, the numbers are スイッチの人が just 配信できなくなって increasing. But if you あ、そうなん consider だ。 this, if we have a certain number of people already playing the game, and if we have a single pie that we're taking numbers 今に out な of, っ like, you て would サバを増 expect や the すゲ numbers ーム to はそう start ない。 going down, but まあでも確かに。まああれじゃない it's 10 interesting 年やっ that て we まだ see 増やそう more って and ゲー more ムはないん players じゃない join us even after こ all のご these 時世。 years. We are seeing 普通10年経 millions ったら縮 signing 小だ up. よね、サーバーは。 So, of course, I Alright, really want to development acknowledge the サマイダ development です。 team, おはよ operations team, but also the marketing and PR teams working このほど with CM もあっ the たね。 community to kind あ、 of そうだ promote the ね。 title そう、やら and れて get るからね。 the word ま out. あ So 日本 I'm でいう very 神 proud 木 of 君 their ならもうトムホ achievements. は。そしてそうなのかな2021年、それぐらいイケメン若手人気俳優あ、そうだよね。マッチョだけど甘いフェイス。ちょっと昨日の数字とかは見てないですけど、まだ全然まだ上がってってると思うので、で12月7日ですね、すいません、2週間ほどちょっと遅延をさせていただくことにはなってしまいましたが、トムホヒロシとして行列の14フィナーレを発売して、ハリウッド映画化はないのかハイレゾンゾディアク編完結というところまで振り付けてこられたなと。そっちで。あ、でも For そうだな。 2021, 日 which 本 is で last は year, ね、め we ちゃめちゃ surpassed 評判良く 25 て。 million registered うん players. 海あれ外でもそうだよね。評判良か Did ったか not ら。 see yesterday's numbers, or like as of yesterday's numbers, but I do understand that our numbers are still increasing. And then afterwards, I know we had to delay the release by about 2 weeks. Again, apologies for the delay, but we were able to なんかすごいなって思ってたんが、行列のフィナーレ発売と同時に、なんかちょっと月関連のことが結構にぎわいをまあ果たしたような僕は結構あっという間の好きだった気がする11年でした。適当に喋ってないもんねでも本当にね、世界中のいやいやそれと同時にほらあの方も月に行かれたじゃん。皆さにも本当にも前澤さんのすごく行列のフィナーレがあったから前澤さん月に行ったわけじゃないやろお前。いやそうなんだけどなんかすげえ合ってんなと思って。ありがとうございます。キラーマンさんの同級生が14人始めた It んだ。 feels like a long time, あ、本 but 当 man, these 沖縄 11マン years さんは went by very quickly for me. And all of our warriors of light, our players, 好き members of the 前 media, 澤さ all ん。 of our supporting partner companies as 全然 well. 関係 There な were い just よ。 so many こじ people つけがええ that わ。 supported us throughout 炎上 this. するわ。 So I そん do な want こ to と take 公 this 式が言い出した opportunity ら。 to 本 convey 当 my 前澤さんも gratitude 月に from 行 the かれま bottom した of し my ね heart. と So か I 言ってね。 sincerely thank everybody. はい。言わんわ本当ね、開発チームにも、本当に厳しいスケジュールでやってきてて、
実は拡張パッケージそのものの開発期間って1年とか、下手すると1年切ってたりするんで、本当に頑張ってきてもらいました。And I also want to acknowledge the development team as well. They were always working まあ against や a っぱコロナ very もあったから harsh ね、 schedule. なおさらね、And 14とかそ even の developing some of our なんだろう expansion ね、 packs, 家の中ですごい sometimes we 寂 have しい人も only ね、 about a year or even less than a 14 year するきっ to かけ get で through all 初 the めてね、 tasks that needed to get done. So 和らいだ人もい I るん really では want ない to です show my か。 appreciation to them as well. さて、ではこれを踏まえてですね、ここまで歩んできたその11年、9番の状態を考えれば、これ以上ないぐらいの成功をさせていただいたと思ってます。ここはあんまり言葉を隠さずに成功できてると思ってるので、それでいいと思ってるんですけど、ここまではある意味もう過去になったので、ここからさらに次の10年また挑戦を続けていきたいと思います。VR 化をまた Looking at the trajectory here that we've 4 walked 年な on, ら人間擬態化を求む I よ。 want to 広 consider 角 this 機 a 動隊み success たい from な。 what we had taken and what state it was in when we had first taken on the project and to bring it to where it is now. ね I'm ちょ not っと ashamed to 新しく作るよ。 declare it. 毎度 It might be a おは little よ awkward う。 Japanese, but I believe it is a success, and I think it's a good thing that we've gotten here. But now that we have gotten this far, all of this is now in the past, and so we want to look to the future. We want to see what kind of challenges we can VR take コン on. テンツもあるぐらいならいいけどな。という全体でわけで VR だと2つ目のセクションである14の新しい挑戦と題してですね、今後どういうことをやっていくよというのをお伝えしていきたいと思います。なんだ新たなる挑 So for 戦 the。second part of this presentation, as you see, it is entitled Newfound なんだろうね。 Futures. So I would like to discuss what we are 格 intending to ゲ do. まずですね、僕としてはですね、社長からやめろって言われるか、やめろって言われても抵抗すると思うんですけど、開発チーム運営チームからやめろって言われるか、死ぬかぐらいの以外では14をやめる気がなくそういうことね続けていきますんで、こやめのるって先もぜひ皆さんよろしくお願もう本いします。当人生をかけてや And me っ personally, ていく仕事なん Yoshida, だろうな、ヨシピーは。14 unless は。 the そうだね。 CEO says, Yoshida, you need to leave, 大義 and 大 even 義 then, があ I る think I'm よ。 going to fight him. Or if like the development team, the operations team want to kick me out, or まあ if 今 I, ね、ゲーム God forbid, は die, 本当に面 those 白 are いの the がたく only さんあるわ extreme よね。 cases I would even consider leaving the 14 project. I want to continue working on Final Fantasy 14, so your continued support will definitely be appreciated. というわけでですね、まず来ましたね、今回その7.0。 10年さらにこう14をせっかくねここまで日本初のそのサービスでこの規模まで来れるってなかなかあることじゃないので、この先の10年に向けてまずは 7.0 をめがけて、新しいことに挑戦していこうと思ってます。メタ Of バー course, ス with 10年あったら4 this つぐらい出せるも title, んな。 and considering that this 7、8、9、 game 10出 was せるね。 launched from a Japanese development studio でも and being 新た able な to る挑 expand 戦 to や this から global scope, it's a rarity, I think. And so my next goal, なんだ my ろう。 future goal is now looking at 7.0格 and ゲーは正直 leading な up ん to that, か what can we 来そう do? な気はしてる。うん7.0 って言ったかで。あ、本当なんか本当はね、シナリオ会議の時間分量じゃないで、全然合。宿やったから7.0はやるよ。メインストーリーだけ People や are って、 already speculating about, 追 oh, 加 it's されるまで休んどきゃいいんだか well, ら、 I mean, we are オ already フライン talking ゲーム about と変わんないよ、 scenario for 14、本当に。 7.0. I'm エン not ド afraid コン to テンツ say やらないって we いう do 選 intend 択 on 肢もある doing から。 7.0. まずここにそうだね、向けてメインストーリーだけだったらまあまあちょこちょこやっていくといいかも。まずその一つ目がこちらになります。お、出た。一人でもみんなでも遊べ Now, る。 that being said, I just want to 進化。 establish ペース what システムを、あいいんじゃない is あれだな、 the concept 2.0 から behind 入れ what ていく we're んだ trying な。 to do かも leading しれ up ない to ね。 7.0. いや、かも And しれ this ない is じ the ゃないよ。 first point. そういうことだよ。まあこれ具体的にどういうことっていうのはこの後ちゃんとおう話ししようと思います。ちの妹がね、めっちゃ気になってて、その14のストーリーを本当に知りたいと。うんただ、そしてやっぱそのどうしても、 7.0 に向けて、一人でやりたいらしくてこちら、第1次
グラフィックスのアップデートの準備開発っていうのをやっていきます。グラフィックスアップデート And then next, again, なん leading だと up to どうなる 7.0 あれ and じゃ one of the ない challenges that we want to take グラフィ on ックのアップデ is ートは our もう first 70では無理 graphical じゃない update, at least the preparation 80ぐらいになるん and じ the ゃない development for it. まあグラフィックのアップデートがあると第一ってついてる大丈夫 PS4 がこの項目の掘り下切りげで捨てられる可能性があるから。 And of course, そうだね PS5 がだいたい浸透してきたあたりでな可能性ありそうですけどね。あ、まあ一応先に言っとくコメントが結構多いじゃないやろ。7.0 で PS4 が遊べまあなくなるってことはな7.0いでです PS4 ができなくなることはないって言ってたね。I do want to clarify though, because I am seeing a lot of comments wondering about this. This does not necessarily mean that we are ceasing the support for PS4 as of 7.0. So I do want to clear that out first. そしてですね、今日3つ目、せっかくなのでパッチ 6.X シリーズでどんなことをやっていくかというのもお知らせします。And then the third point, I mean, since we are here, I would like to take the opportunity to cover what we are planning to do throughout the 6.x series as a sort of roadmap. はい、では各項目、ファイナルファンタジー14はね、専用エンジンですね。最初、あれかと思ったんだけど、ルミナスエンジンかと思ったけど、ルミナススタジオまずコンセプトの一つエンジンじゃない専用のエンジンの開発だったらしいです。 RPG へ、まあ、さらなる進化をしていきますと。So our first concept, an even better RPG, alone or with friends. これ、まあ、何かというとですね、まあ、読んで字のごとくなんですけど、その、ファイナルファンタジー14、一応ジャンルとしては MMORPG って呼ばれてます。まさか。あれ So, か I。mean, it is what it says, of course, but yes, I understand that Final Fantasy XIV as a game genre would be マジで categorized メイン as ストー an リーだけでき MMORPG. るモードがあるんかな。いや、そそりゃこでですね、そういうことや。まあ、僕この11年ファイナルファンタジー14をやってきて、世界中のこうプレイヤーの皆さんとイベントだったりこう、まあ、ファンフェスも含めてですけど、本当たくさんのゲーマーの人たち一人モードをめちゃくちゃ配信でやりたいけどな。And of course, throughout the 11 years of doing そう Final ね、もう誰も Fantasy やるのがいいと思いますよ。 we うん。 did various events, 誰 gaming も来 events, ない。 including Fan Festival, and I had the opportunity to speak with the different gamers. そこでですね、あとそのマーケティングチームに市場調査とかをしてもらって、まあ、これね定期的に拡張のたびにやってるんですけど、やっぱりいや、こうドラクエ10もこの方そこで向ならよ出てくるかったのにね。オフ答えラっていうのイン版出がすんじゃなかなくてなかブレイク、スルーできないなっていうのがあったり一人でします。もできるようなモードでやったらよかったのに And of な。 course, I would have my marketing そうだ teams ね。 perform market research as well. And this is something we regularly do when we start to plan for グラフ upcoming ィックが expansion 向上 packs. する And イコールwith the information that we receive, グレープ言われ and てるわ。 there's always like a question that we never seem to find a ロラン way ベ to リー break かな。 through. 2つなんだっあって、けロランベリーだってんだっけファイナルファンタジーシリーズ角張ったブドウのすごいフグァンなんだラフィックが上がるんだっていう話になってるた。だし11と14以外ねっていうのがめちゃくちゃ悔しい。 So there's actually two, and one of them is we see there's a lot of players that love Final 11と Fantasy, 14以外 and の MMO を many やってる that ってこと claim they've played all of the Final Fantasies except for 11 and 14, あ which ナンバリン which グ is が very か。 frustrating. 11とまあ、 14以外11ものね今かなりアップデートかけてかなり11だいぶねも面白いよソロでみんな遊べるように快適に11も面して白いよますが、14はさらにその先へ行きたいと11思います。も頑張ってなんと Of か course, we are paying attention to そうそう Final 六本木 Fantasy のブ 11 ドウ players as well, and we've made various あのブドウの updates. グラ I を think 上 it げる has って話 become じゃないから very solo friendly recently. そういうことじゃないから But with Final Fantasy 14, we want to go beyond that. あとはこうもう一つはですね、もうすぐブドウオンラインの話するなんだよね。めんどくさい人と遊ぶのあれは11のブドウのバージョンだから人間関係作るのそうだぞ嫌っていうのがですね11も全く角張ったやつがいるんだぞそのプレイをしない理由っていうところで The second point, ちょっとマジで最近11もやりたくてうずうずしてますな。14もやれてないのにちゃんと。 I don't want to deal with having to play with other people. メ I イン don't スト want ー to リーを develop 知りたいrelationships 11 online, and that's actually a very large reason, if not the number one reason, many players kind of
hesitate playing 14. だから10年かけて MMORPG っていうジャンルじゃなくて、一人でもみんなでも遊べる RPG っていうジャンルにしたいと、14を。なるほど。これは野望としては。So what I want to do here USP らし is くていいですね。 spend the next 10 years and break out of that MMORPG category. I want this to be an RPG that can be enjoyed alone or with friends. やったー、11の話題出てるね。0までの間、フェイスシステムの大規模アップデートっていうのをやっていきます。So, as a lead up to 7.0 or until that time, we will continue to make updates to the trust system. 大変だよな。パッチ 6.1 から 6.5 までの5つのメジャーパッチで全メインクエストの必須 ID と4人用の透滅戦をフェイス対応っていうのが NPC なのか、誰になるのかな。もう一般の冒険者になってくれたりするとちょっと熱いですけどね。そうだね。別に暁じゃなくていいでしょう。さっさしゃ順次なのでね、そうなるとちょっとおかしくなっちゃう。とかを見ると中途半端なところまでしか対応されてないとかいうことがある可能性は高いんですけど、まあ初期の頃とかはね、それに怯えているといつまで経ってもできないので、全部一気には不可能なので、もうなのでこの 6.1 から 6.5 つまり 7.0 までの間をすごいな、すごいな。どんどん順次やっていくという期間に当てさせてください。And so, of で course, も今だからこそできること。 incremental たまたまの時には事件起こってるから。 implementation. And so you might look at, say, patch 2 point something and 6.2, and you might 寂 notice しい that けど、 maybe まあ not それ all は of そ the れで味 dungeons があ have る。 been supported with the trust system compatibility. But if い we や are ー大変 afraid だよね。 to そう考えたら make 今の時 progress 期 and が be just in the middle of work in a certain 一 major 番 patch いいのか update, もしれない we です won't ね。 be フィ able ナーレも to あって、 make 上月 progress. I も。 think it's impossible to do everything at once. So we are trying to address this as we can, and え、パ we're パリシャン looking って at 言 this うん as a だ。いい preparation ね、ホーリーボ for ルダーとか、そうだ 7.0. ね。 And so 他の we 暁 would の like メ to ンバー ask は for そ your うだね。 understanding たくさんい as たから we lay these いいかも foundations. しれないな。クリスタルブレイド。第一弾となる新生エオルゼアパッチ 6.1 では2.0新生エオルゼア編のうち早い。めちゃくちゃ早くない対応。範囲をすべて対応します。すごい。も So う、もうなんだ。 the first これからじゃん。だってメインクエの最後のあれやで。 will make 外角と around か the もや board, で。 and this is just うわー、これ、 7.0 range. もう最初 And the からやっていこう scenarios ぜ。 really become trust compatible. そしてですね、それに伴ってどうするこれ一部初期のですね毎回さメインクエスト ID とか、透滅戦もあれにするリニューアルします。 8人透滅戦のみ And 一応 then 期間では further したいようだっ improvements て。 will be made to some あー、なるほど。 low-level main scenario dungeons and 8 trials. 人透滅戦っていうちょっとと、注意なんですけど、極蒼天のイシュガルドに入ってから極はでもメインじゃないもんな8人透滅戦ストーリー上に出て ID のくることあれらはちょっとやっぱりコストを全見積もりしたんですけど、どうあれかしてもこうリットアピールか6.1から 6.5 までの期間でははあ対応しきリットアピーれないので、ルだけだな。8人透8滅人の透戦滅で。戦に関しては 7.0 以降順次対応していくつもまあ、りです。陳さんでもすぐ終わるから。そうやね。 You may see the disclaimers on the bottom, Yes, but for the まあ、あっという間や。 8-player 上 trials, の期間でも非対応らしいわ。金だ with け。 the Heaven's Wow, Word expansion, super fan I'm afraid we are うん unable 大丈夫 to もう update 一 it at 人 this time. なんか人が We 怖く tried てもすぐ終 to わるから calculate all the 大丈 costs 夫。リットア and ピ the ールフェイスで言っても resources 瞬 that it 殺 would やっ take たら for かわい us そうじゃ to ない address all of this within that sort of 6 フェイスで言っても瞬殺の P さんだった timing. ら But I'm かわい afraid そうだわ。 we would be unable 切 to なすぎるな。 allocate the resources for it. So we will get to it after 7.0. Yeah, these updates will be considered for 7.0 or later. まあもちろん皆さんご存知の通り、その通常のねマッチングがなくなるわけじゃないので、あくまでストーリーを一人で進めていきたいっていうあちょっとやっぱ強いんだ追加の2人ちゃんと処理しないと勝てないよな。マッチングっていうところはそのまま継続していくので、全然ギミック覚えてないな。 And of course, we don't intend to do away with the regular matching systems. Your leveling dungeons and queue matching and パッチが duty 来る finders ごと will に still be active and メインスト available. ーリーを These 進めるっていう位置 trust からっ compatibility ていう人い is そうだよね。 primarily for those who have a strong desire to play through these story dungeons on their own. で、
ですね、8人透滅戦は今回行月のフィナーレでハイデリン透滅戦でテストケースとしても含めてやったんですけど、やれることはなんだろう、確証を得られたんですけど、まあ、相当やっぱりコストがかかるっていうのと、ギミックから調整していかないといけないっていうこともあって、まずは数の多い ID から優先させていただいてます。あとはね、8人なんで責任半のかかり方がちょっと減るんで、やっぱり、まあここは逆にマッチングの面白さみたいなところも味わってもらいたいので、8人はね、まだリスクがゼロ以降にさせそんてください。なにかかんないから。Of course, with these 8そうなのよね。イモベにね。グレンの最初の ID と we か did はあれだ try よね。 it out それこ with そアリ the ゼ Mother と Crystal アルフィノがいる trial, から。 and we were able to see success as like a test case, 一 but 緒にやりた it い。 did セリフ require a を lot ね、 of 見たりしたい resources よ for ね。 us to build it, and then if we were to start applying that system to existing dungeons, we'd have to adjust the mechanics so that it 全 would 然申請の時は全然暁の人たちとかいなくてもまだ大丈夫だけど、イシュガルドあたりからこうみんなで協力し合うみたいな感じなのが良さそうだけどね。ああ、そっか。イゼルと一緒に戦えるならっていう人もいますね。確かに。グラハ君に個別 AOE かぶせられて死んだぜ、吉田。で、さらにあれやで、またそのフェイスのレベル上げコンテンツとかも来たら、ちょっともうハマる人いそうだね。ああ。まあどうしてもフェイスっていう呼び方をすると、暁といけんのかなとか名のある NPC といけんのかなってイメージがちょっと強いと思うんですけど、ストーリー上こうそのマッチングでしかいけないからこそ、じゃあ俺は他のことをやってくるみたいなので、みんなちょっといなくなったりとかしてたと思うんですよ。あれまで全部変えるはさすがに無理なので、特に序盤とかは冒険者ギルドのメンバーだったりとか、暁の光の言ってるホーリーボルダー関連やな。光の加護を持っているであろう他のメンバーみたいなイメージで組むケースが多いです。アレンバルド推し強いな。point of caution ボルダー兄弟と一緒に行けるかもしれない。ねえ。I think the 胸熱じゃん。 that, oh, can we go into this dungeon with members of the Scions, or any sort of named NPCs? そうだね。なおさらこう深掘りしてね、その人たちのことを知りそうだ。where the warrior of light goes into a dungeon and say somebody goes up and say, oh, I'm going to take care of matters over there. We can't have them come back just to join you in the dungeon. So in those cases, especially the earlier dungeons, you will see your host members as like members from the Adventurers Guild or リオルはいいね。リオルめちゃめちゃ単体で好きですね。単体の子。ただ、まあキーになるストーリー上のキーになるポイントで、ちょうどさ、やっぱり本当はダンジョン一緒に行ってほしかったなってプレイヤーの皆さんが思ってるようなポイントは、シナリオ一部カットシーンも含めてちょっと変更してでもできるだけそれに添えるように、やっぱりニーズヘックと対峙するときはエスニアも行ってまずちょっと一個だけ訂正しておくと、引退させないように必死感すごすぎって書いてるのは現存プレイヤーへのパッチだとあなたは思ってますよね。違いますよ。これから始める人のためにパッチでいろいろアップデートしていきますよって言ってるから、引退じゃないんですよ。ただ今放送してる中身も理解できずに、とりあえずアンチコメント入れとけっていうコメントだと思うんですけど、全然的をいてないので申し訳ないですね。現役プレイヤーにはさほどメリットのあることではないので、引退これには関係ないです。引退する人はします。これがあるから引退しない人はいません。An example I can come up with off the top of my head is probably the Nidhogg battle. I'm sure a lot of people would have thought like, oh, it would have been nice to have this as part of the trust and そうだね。やっぱね、話聞いてかかったりしたよね。そういう部分なくなっちゃったからって言えるから。
content 新規が that 増えるいい accommodates 機会になると for 思いま certain す。 NPCs to join you. I'm afraid we can't address all of them. We can't make it happen with all of the dungeons. So your understanding on that would be appreciated. そしてですね、ストーリールーレット対応させないと意味ないけどな。6.1特集いやだからストーリーが一人でできるようになるのね。話しようと思ちゃんと見てる？新生オルゼアの後半っちゃんと見ててるかい？結構今のレギュレーションと違ってしその話をまってしてるんだよるこうダンジョンとかが多いので、かなり手が入ってますいろいろ。And of course, with the そうだよ details ね。 of 6.1, イシュガル we ドま will で have a 無料でできて dedicated んだ live よ。 letter for that, and I will delve into details at that time. But まあでも I do 新 want 生 to エオル mention ゼアだけ that でも 2.0 範囲でも much め of ち the ゃめちゃ content, especially in the later すごい half 量 of だけどな、 ARR, 6.1。differ in how the regulation is set up. So there are changes that have been made. まあ例えばトトラクとかの、ドゥーンってなってヘビースローがかかるヘビーがかかる床とかなくなってます。For example, like when you go into the Thousand Miles of Totorak, and you step on those like poison floors, and all of a sudden you are hit with heavy or slow, we're actually getting rid of that. まあ、あとはちょっと Q14 から申請するのに急いで作ってちょっとライティング良くないなとかいうところのダンジョンもちょっと絵的な調整もそれなりにやってます。やっぱ細かい調 And 整が there 入る are んだ also な。 some aesthetical changes that we wanted to make. There were certain areas of フォトセルもなくしてって言われてるトトラックの。when we were フォ trying ト to セルなくしてほしいな。 launch as a realm あれは reborn. フェイスがあ So って there も were わかん areas ない where もんな、 lighting 初 may 見 not だ have と。 been 100% to あれの what 調 we 整は would 確 have か been に必要か satisfied もしれ with. ない。 So we went back in and adjusted those as well. そしてですね、まあ他にもですね、8人パーティーバトルの一番最初であるビットアッティン教習戦なんですけど、なくなりまなんだっす。て？ And then one of the first Big Threat eight-person national? party battles T-san? that you encounter, I believe, is Camp IB ボスとかになるの？ And I want to mention that we are doing away with that. 皆さん大ショックを受けておられますね。People are getting shocked。T さん。帝国の盾としてね、武人として身を挺してやっどってかきた、の中ボスになるんじゃね、ない？帝国将軍の一人、まあ将軍ではないけど正しくは外角とかの。 8人でフルボッコはいかがなものかということでですね、はいちゃんとコストをかけてですね、新しくクエストインスタンスバトルとして、なるほど。生まれ変わります一人用ののでインスタンスバトルだ。いいね、それは。そうだね。 Considering Litany T さん、 is 1対 like 1だったら the 強いんだっていうと shield ころを of ね the。Garland なるほど。 Empire. I mean, he's technically not a captain, but like, I mean, ムービーで he's 処され like たら a かわい very そうすぎる prominent やろ。 figure. I think it would be very humiliating for 8 people to come in and just beat him up. So we actually allocated the resources to rebuild that battle so that it's going to be a そうね、 quest 手強くなるやろうな。 instanced ちょっ battle. と戦いたいな。強くてまあニューゲームでやってみたいな。内角外角と呼ばれているそれやったらよあれじゃん強い状態じゃん今回すべて4人用 ID に作り直してあります。 And then, of course, the Praetorium and the Castrum Meridian. Sorry, I オーラムは対応ないでしょ。オーラムもそうだね。どうでしょ bases う。 that you need to go. 調整あのまん They まじゃ were ないか、 originally ベース見ても。 8-person content, but we are going to be changing it so that these are 4-person instanced dungeons. なのでアルテマウェポン戦も切り出して4人用としてシナリオモードを作って、であとラハブレアオーラムはでもコインカウンターめちゃめちゃぬるくなったからな。 8人でただひたすら無言で殴るっていうのもストーリー用のクエストインスタンスバトルとしてだって今作り直してるので大好事です。なんてアシエン And so, に your battle with あれされていたサンクレっているじゃん。 will be あれを changed to a サンクレ 4-person と battle. 戦うインスタンスバトルがあるって。 mode for that. And その then 実装も we're 考 going えてる in みたいな。 silently beat up La Habrea, aka Thancred. やっぱ申請がちょっといろいろ追加されてってますね。 So that it's a like an instance. インスタンスバトル苦手 during a story quest.
インスタンスバトル、ジョブごとによるけど、ちょっと私も、大丈夫やで、イージーモードが来るから。そう一回負けたらイージーモードが追加されるので、 6.1 から 6.5 にかけ絶対クリアできる。て、4.x こんな楽しそうな話の中、あと10分後には出なきゃいけないという。So, yeah, in a nutshell, we are going in and making many adjustments so that it fits with 朝ごはんを買って。 kind of follows suit better with how the game feels at this time. いやいやいや、違う違う違う、ちゃんと。 Throughout patch そうですよ、仕事で一旦抜けるん 6.1 we で will。be looking at the various content up to the 4.x series, the different instance dungeons. いいな。さあ、ではこのセクションまあただ次へ行きましょう。あれじゃない？勝ってんじゃないガイア。 So moving on to もう今勝ってそう、もう。ガイア最後に今頃勝ってるやろ。 2つ目の新しい挑戦ですね。最後に言っときたいな。 6.1 から6.5 までの期間、まあ 7.0 リリースまでの期間を使ってですね、まず、長期運営やっていく上で第一次のグラフィックスアップデートを、裏でね作業させていただきます。なんやろ、ク So リスタ our リア second concept, and Right, again, this is crystalline going to be the are preparation that we will be doing throughout patch 6.1 through グラフィ 6.5, ック leading の up to 構 the 造はどうな launch る of んだ？ 7.0. It is a どういうふうにグラ long-term フィッ or ク like が向上するんだ preparations ろう？ for long-term operation of the game, and we want to be doing this in the background, but we'll be preparing for our first graphics update. ただ、なぜ第一次グラフィックスアップデートと言ってるかっていうと、もう第100次とかなるかな。もあるんだろう、もしかしたらってことなんですけど、なぜかというと、もうここまで11年運営してきてると、もう尋常じゃないリソース、グラフィックスアセットが存在してます。はい。So the reason why we named this the first graphical update, and that's of まあ course そうだよ implied ね。 that す there ご will い量だと probably 思 a います second よ。 or third after this, but our game has been in operation for about 11 years, and considering all the いやー、パ graphical ソコン assets 買い we 替え have はね、 produced, it's しなきゃよ an ね。 insane 毎年 amount. っていうか5年間に一度極ぐらいは。限まで上げようとすると、絶対コンバートミスがあったりとか、そもそもコンバートの物理時間が足りなくて、もうデザインチームが無理です、絶対できませんっていう答えになってしまうので、やれることを一回やって引き上げたら、またその状態で安定が見えたら次のをやってっていう形で、その第1回目が来るんだというふうに思ってください。And so if we attempted to update every single piece of graphical asset or resource that we put into the game all at the same time, we might run into issues of conversion errors, or it just physically takes a lot of time to convert everything. And consulting with the graphics team, they already know that we can't address everything all at the same time. And so what we're trying to do is address these in phases so that we can test out certain elements, see how they work, and if it seems to be stable, we move into the next phase. And so I think with our first graphical update, this will be like the first time we start testing some of these. ロポリが好きなのかい？グレープスでめっちゃ食べたくなるわ。ローポリ I saw a comment ぶど that うがな。 says 4K grapes. Thank you so much for that. That was hilarious. あそこに 4K とかね、なんか40万ポリゴンとかかけてると、それこそ9本みたいに 4K 対応やばそうだな。全然表示できねえぞってことになっちゃうので、ちょっとこれから詳しい説明はしますよ。15批判になるからもう That's ご飯 hilarious, に but like ポリゴン imagine 数かけたら spending so much resources just to get the grapes to be やばいから。 4K resolution, and imagine 15イベントの時もだってご飯めちゃくちゃ力入れてたよね。 We won't have enough いやでも resources 最近 to の14 render すご our い characters ご on 飯系もね、 screen. But あれ let で me す go ね。 into the 食べれる details. ご飯が増えましたもんね。すごいよね。通常でもそうだし、イベントでも結構アングルとして出てたんで。7.0 での投入を予定してます。So again, these graphical updates are intended to be implemented in 7.0.
まあその次期拡張パッケージまでの間っていうのを、ワクワクが止まらんな僕らのそのグラフィックスのアップデートのシェーダー追あとは時加したりとか、間かな、自分たちのいろんなものを追加していくテスト期間だったり、プログラム期間だったり、それに合わせたグラフィックスアセットのコンバート期間仕事なんてなくなってほしい。So until 7.0, this will be again our preparation period. So this is where our team will be testing out various additions to the graphical elements, including different shaders. We'll probably need to write more programs. This is where when we're going to be doing our asset conversions, etc. これだけ必死にさ、ここが重要なんですけど、アップデートしてくれるマルチプレイのゲームであるっていうのをぜひ覚えておいてほしいんですよ。何もしなくてさ、運営何もしてくれねえって言って炎上してるゲームとさ、運営が必死にいろいろアップデートしてくれるゲームならどっちがいいっていう話じゃない？それは必死にやってくれる方がいいやろ。And of course, one key point that we want players to understand is that this is still a multiplayer game. And so we want to strive for the aesthetic quality of the まあそういう overall 人はね、そっち picture. 方面に行くといいだろうし、それはもう好き好きですよ。 Beauty or 絶対 the そっち行った element, ら運営手抜きだって文句 aesthetically 言ってると思うよ。 pleasing sort of overall picture. 何したって文句言う人だよ。まさにね、発売されたホライゾンのさクオリティでそうさ、旧コンテンツをな困るわけだ作りよ。直していくってあれで俺たち300人とか動画しなきゃいけないんで、一切手を置かない。ほらやっぱガイア P さん募集出てるやろ。ガイアならもう勝ってるよ。ガイアな、そうなんだ。 Play Horizon Forbidden ガイア West, は and ね、パ I ーティ don't ー募 want 集 to を get ネタだと people 思 to ってる think から。 that we'll raise our graphic quality to that. It's amazing, yes. そうなんだ。 Imagine having to have to render 300 ガイア different 恐ろしいとこ characters ろ on だな。 screen at the same そこは time ネ at タの that 塊や quality. な。 都会って It's 感 not じ。 physically impossible, but then I don't think it's 都会 gonna ではない run んじゃん。 on anybody's PC. 違うんだ。そスラム。こは覚えといてね、みんなね。楽しい人 So が多い please, ね。 please keep that in mind. ここね、なんか勘違いされるのがお一番、怖い。なんか今、ホライゾンも今、話題に出てますな。 That's the scariest thing Horizon for もグラスす people ごいよ。 to kind of そう、ホライゾンもグラはすごいけど、またそれはまた違うからね。当然なんですけど、アニメーションとか、まあその世界全体、画面全体の美しさっていうところにやっぱりアニメーションとかライティングシステムっていうのもひょっとしてあれですかね。この辺一り回かけるときにしていきまこすうくるっと回転して歩き出すみたいなのが And of な course, くなるんじゃない？ considering the お sort ー of ああいうののね、違和 aesthetic, 感っていうかね。 animation is 14といえ going ば to ね be a key element. We're バイオ looking ハザードぐら at いの lighting is another 歩き element 方を that する we じゃない want ですか。 to 一回回転してから歩き出す。回転してから歩き出すの。あれが自然になるんじゃない？よくね、くるってなってちょっと少しずつ消えていってダッダラララってなるよね。長尺のエモートモーションが作れるとか、あとまあそのライティングがライトの数が増えることで、実は潰れていたバックグラウンドのディティールがより見えてきて、なるほど。リソースに手を加えなくても綺麗に見えるみたいなところもあるんで。So what we mean by different updates to animation and lighting systems is, for example, I know people would automatically start talking about, oh yeah, memory issues with animation. So if we revisit some of すごいな。できるだけ多くのスペックに対応できるように努力します。いや、本当にすごい。力の入れ方が違うぞ。 With lighting, they're just マジで having パソコン more も lights than we had originally set up would allow for まあ今のは details 十分だ that な。 would have 14 全 been 然で sort き of ますな。 washed out or like not PC だしな。 visible because of insufficient lighting. スペックがやばいと言っている人、2PC にするのです。 improvement in the graphical quality without us even having to 14だけをやるパソコンを作るのです。まあ重要なところです。はい。スタンドアローンのゲームクオリティにはなりません。これをですね、皆さん頭にすり込むためにもですね、寝る前に必ず一度復唱していただきたいぐらい。And again, very important point. I want to stress again. まあ The 何 new せちょっと graphics 金 will さんが not 楽しみ be ですね。 comparable to those of standalone おそらく titles. ちょっとはやには分かんないけど、モズベはね、一旦一からやることはやると思いますんで、まあとはいえ、ちょっとそれまで待っとこうかな。手を入れてパフォーマンス実装するまで。処理はより
実装と同時にちょっと始めたいな。 7.0 では最低動作保証スペックの条件がそう、初めからやるのはね、ただもうできるだけ多くのスペック確定なんですよ、自分の中で。ところはこれまでのポリシーでもあるので、何かがきっかけでちょっと初めからやりましょうかなって思って一人で。So that being said, 楽しみだね。ちょっと待っときましょう、ここまでね。 And so that means your processor might require more power in order いつぐらいだっけ ?6. 点何歩ぐらいで。あ、12時になっちゃった。properly or like efficiently. So we will probably have to update the system requirements for your machines and your PCs. We will try our best to accommodate for as many models of machines to accommodate with the changes, but we do want to make you aware that it is pretty much guaranteed that we will have to update the system requirements. でやっぱり気になるプレイステーション4なんですけど、この 6.X 期間中に、先行投入すると思いますけど PS4 版の最適化をやっていきます。And I know people are wondering about PlayStation 4 support as of 7.0. I think what's going to happen, and this will probably be done prior to the launch of 7.0, so sometime within the 6.x series, we do want to optimize the PS4 version for sure. いや、もうここまでやってくれるのほんと14ぐらいだよな。PC 版にあるようにグラフィックスオプションのカスタムっていうの PS4 版少ないんですけど、あれを増やしてですね、新しいその描画とか入れるとやっぱ重くなる部分があるので、重くても綺麗でいいやという人はオンにしてもらえばいいんだけど、オフにしてそのフレームレートを優先するみたいなことができるようにしていくので、PS4 のサポートっていうのも少なくとも 7.0 のタイミングではしっかりやりますので。PS4 生産終了してるのにコストかけてくれるわけではない。まだまだプレイステーション4ユーザーが多すぎるっていう状態ですね。Like you can customize some of the like display options, and we understand that it's a bit lacking in the PS4 version. So we do want to implement options in the configuration so that you can select like prioritize frame rate, or if you want to, if you're okay with performance kind of dropping slightly, but still have the graphics performance, then you can select that option, whatnot. So I do want to assure you that we will continue supporting for PS4 at least until もっと普及したらいっそのことになるんやろうけど、誰だこれは、誰だお前、これになるのこれはちょっと3点あると思うぞ。これヒロシ、ニューヒロシじゃないですよね。ニューヒロシなんかちょっと質感が怖いわ。Some people think, oh, is that me? そうそうそう。なんかさ、多分ね、これじゃないよね、多分みんな。これじゃないよ。よかった。I don't think this is what we are looking for. This is not what we would desire. なんか疲れた吉田って書かれてる。Some people are saying this looks like a very tired Yoshida. そう、なんか違うでしょ。Yeah, but it kind of does feel awkward. これじゃないの、よかった。フォトリアル路線ではありません。ここまでリアルにはならんす。So we aren't going to be working to make it look this way. まあいわゆるフォトリアルを追求していくとグラフィックスアップデートってこっちに行きがちなんですけど、おそらくファイナルファンタジー14の世界やキャラクターが気に入ってくださってる方って多分こっちを求めてはいないと思ってます。And some games, of course, their intent is to lean towards that photorealistic depiction. People tend to lean in this direction. But I think for those who enjoy the aesthetic of Final Fantasy XIV, this is not necessarily what we want to begin with. では、今そのグラフィックスアップデートって実はテスト開発もスタートさせてるんですけど、テストスタートしてからまだ1ヶ月と1週間ぐらいなんですね。So with these graphical updates, we are already starting testing actually, and it's been about a month and a week. なのでその1ヶ月
と1週間ぐらいテストをして、まあこれだったらもう今出してもまあいけるだろうここまではと、まあこれ以上を目指すんだけど、まあ少なくとも一旦お見せしてもここまでは間違いなく大丈夫だよあると7.0でっていうのを用意してきたんでちょっと見ていきましょうか。And so we are still very early in our testing stages, again, about a month or so testing, but we do have results that we're seeing that is, of course, we're going to aim higher than what we're going to be showing you, but I think it's coming out pretty nicely, and we are relatively confident, so let us show you some of these images. こちらがですね、テスト期間1ヶ月目のサンプルです。キャラクターですね、まず。So from first month of testing, so this is one of the samples. 同じ背景で左が今で、右がテクスチャーをハイレゾリューション化してます。髪の毛も含めて。で、あとシェーダーを髪の毛すげえな。And so what you're seeing is the current image on the left, and then on the right, we've made the textures high resolution, and we've added a layer of shaders. あと、セルフシャドウって言って自分の髪の毛の影が顔に落ちた時、まあその自分のオブジェクトが自分の影を落とすのをセルフシャドウって言うんですけど、そこも調整してるので、リアルになってる。セルフシャドウ実はすごい気になってて、カットシーンとかでも。カツラっぽいのな、左はカツラっぽいんだけど、右はちゃんと地毛って感じがするセルフシャドウですね。If you look at the bangs and the shadow it casts underneath it, that was something that I was kind of wanted to address looking at the cutscenes in the past. でまあこれ1ヶ月目のサンプルなので。もっと上目指せるとは思ってるんですけど、でもね、みんなさっきのさ、リアル、フォトリアルな今一旦お見せできるのはここまで感じさ、ちょっと笑ってたけどさ、ファイナルファンタジー11をずっとやってた人が、Q14 のね、ララフェル見るとね、同じぐらいびっくりしたことがあるよな。We do want to strive for even better, but at this time, I think from one タルタルからララフェルはね、初めて見たとき、結構ウィーってなったから、今でこそもうララフェル見慣れたけど、昔はあれぐらい怖かったね、ララフェル。まあ、いわゆるヒロシと呼ばれてる彼でやるとこんな感じです。いいね、ヒロシリアルだな。背景同じにしてくれよ。で、ちょっとミコッテのサンプルです。すごいリアルだ。まあ、戦月賞のボケ具合が、まあ、なくなったりですね、髪の毛の柔らかいそのカールの印象とかってちゃんと出てるのと、まあ、セルフシャドウがボケてないんでね、綺麗にかかるようになります。これあれだね、もっと使う人が減るかな。なんかスクショのモッドみたいなのあるじゃん。あれを使う人が減ってほしい。わかるやろ？まあこれが大体ララフェル最初すっごいなんか受け入れにくかったよね。しておいてください。あの感じを思い出したさっきのリアルな、フォトリアルな感じは。いいな、武骨な感じがしますね。ただあれじゃない、白い妖精さんは変わらんくない？現在でもハイレズシェーダーでも丸坊主で真っ白だから。絶対意味がない気がするな。It seems like we are on the right track in terms of like the direction we want to take it to. そうですね。Yeah, it looked like so. ララフェルがね、一番難しいんですよ。あんま変わんないな、ララフェル。And the Lalfell was actually quite challenging. ララフェルはやっぱリアルにしすぎるとちょっと人形感が強くなる。そう、わかるわかる。There no areas really to make it 人形感が増してしまうもんな。realistic, you know. まあでも髪の毛綺麗になって、目の周りはものすごく鮮明になって、まあキャラメイクしておけばね、もちろんいろんなパターン作れるとは思うんですけど。いや、タルタルのリアルなのはキャラクター走ってるキャラ選択画面のがリアルやから。あれも相当怖い顔してるやん。Eyes has become very crisp and it looks a lot more alive, so to speak, and with being able to ハイレゾかプラスシェーダー対応はあれだよね。I think it'll
have like it will allow the HDR に players 対応 for しましたぐらいの差があるな。 range. 光のそうね、加減が肌の感じをどこまでハイライトの白から黒いところまでのなんだろう、本当にツルツルにするのかララフェルは、こう段階が少しそうは言ってもちゃんとすごく増えた気がする肌っていう感じを出すのかは、結構ね調整が難しいところだとは思ってるので、ただ皆さんが求めてるであろう方向性は理解してるつもりなので、しっかり種族ごとにですね調整しながらいきたいなと思ってます。And まあでもちょっと it's 期待 still や a な。 challenge 全 to figure 体 out 的に変 how わった時の do 印象だからね。 depict the Isto que era surface of esto their que era de skin. video Like, do anymore. we make it completely like flawless, spotless, or do we actually give it some texture to make it look like skin? We want to believe that we understand あれ what 11 the のキャラ players are 選択 looking 画面 for, but を it is 14の something that デ we フォで still やって need ほしい to な。kind of explore. なんて言ったってね、11年も皆さんと一緒にこのゲーム作ってきてるんで、誰か作ってくれないかな皆さんが求める方向は理解してるつもりではあります。はい。 But again, we've been with you guys for about 11 years at this time, so we want to believe that we understand what the players are looking for. ですいません、ちょっとテスト1ヶ月目ということでですね、キャラクターサンプルとしては以上になります。またなんだろう、途中でね、ファンフェスのタイミングとかあればまた途中経過とかね、お知らせしていけたらなと思ってます。はい、楽しみにします。So yeah, because we are still in the early stages of testing, as for character samples, that is all that we have at this time. We're hoping that we can continue to update everybody on the status. Perhaps maybe next time we can do it at like a fan festival or something like that. じゃあ改めてですね、そのキャラクター、まずそのグラフィックス第一次グラフィックスアップデートでキャラクターに関する表現のアップデート項目をお知らせしておきます。Okay, so just wanted to recap all of the different elements that we look to update for our first set of graphical updates in terms of characters. まずですね、全体的にテクスチャーを高解像度にしていきます。髪とか肌とか、それから今日ちょっとねご紹介できてないですけど、装備品のテクスチャーの解像度も上げていきます。So first one would be higher resolution textures, which includes hair, skin, and we weren't able to show any examples today, but we do want to improve the textures of the gear as well. さらにですね、これはシェーダーと呼ばれる、処理になってくるんですけど、質感の表現というのを向上させていきます。例えば肌、それから装備品の金属部分、あと布って、布用のシェーダーっていうのが実はあって、Q14 では入れてたんですけど、重すぎて外してるんですね。そろそろいけるだろうということで、布がもう少し滑らかに布っぽく見えるっていうシェーダーなどを今、研究トライしているところです。And then the next item, and this is relating to various shader processing, which is improved material qualities for skin, metal, and fabric. It's interesting because in the 1.0 or like the old version of Final Fantasy XIV, there was a shader or like a process that was just applied to fabric so that it would look the texture quality would look like fabric, but it was too heavy of a load on processing, so we had to remove it in the relaunch. But we're testing various ways to see if we can apply something like that to make fabric a bit more, well, smoother and more fabric-like. And we're still kind of researching and trying out various methods. そしてですね、キャラクターに対してのライティングとシャドウの強化というのもやっていきます。特にね、見栄えに直結しやすいこうセルフシャドウに関してはすごくずっと気になってたんで。And then again, lighting and shadow, better lighting and shadow effects, especially for the player's shadows. まあさっきもお話しましたけど、できるだけプレイヤーの皆さんの今のキャラクターに持ってるイメージっていうのが変わらないように、綺麗になったな俺のキャラって思ってもらえるようにしていきたいと思ってます。Of course, again, our goal is to make it so that the overall appearance of player characters will be altered as little as possible. We want you guys to see the graphical updates and think, oh wow, my characters become pretty. で注意点が2つあって、
まず一つ装備品、信じられない数のアセットがあるのであれを 7.0 までに全部コンバートするのは不可能です。So 2 points of caution. The gear, we mentioned about updating the material quality of gear, but you know, there's an incredible, unbelievable amount of gear available for all of our player characters, and considering we'd have to convert them all, we will not be able to get through converting all of the gear by the 7.0 timing. なので 7.0 で新しく実装されている装備っていうのは全て今回のグラフィックスアップデートを経た内容で作っていきます。なのでクオリティがより高いもので全部カバンの拡張は確かに頑張ってもらったんだけど、 So any gear that is implemented from 7.0 will have gone through the process of the updated graphics. So of course those will be of the higher quality. ただし、できる限りこうプレイヤーの皆さんがミラプリとかをしておしゃれによく使っているものに関してはちょっと優先的にできる限り対応をして、またパッチ 7.x シリーズで徐々にその古い装備っていうのを新しい仕様に少しずつ対応していけるようにっていうふうに思ってますので、ちょっと数年がかりでおしゃれじゃない装備をおしゃれと思っている人ということです。なるかと思いますがよろしくお願いし気をつます。けてください。But we understand that there are certain glamours that people use often, so we want to look at those and try to get those done with a higher priority in terms of like which to get to. And throughout the 7.x series is when we will address the rest of the previous equipment or gear. So I'm afraid it will take at least a few years to address all of the different textures. 脳みそもおしゃれでいいと思います。あと NPC です。脳みそもおしゃれっていうのはシワの数が少ないってことかな。みんなクオリティアップするじゃん。バーンって。NPC 全員も無理だと思っていて、70までには。The other thing are the NPCs. I know we talked about updating the player characters and the graphics on those, but I'm afraid we're not going to be able to address all of the NPCs by 7.0. 申し訳ないんだが、クオリティの高くなった NPC とまだなんと順番が回ってこない NPC っていうのが出てしまうと思うんですけど、パパリもめちゃめちゃ後回しにされたらどうする？So I'm terribly sorry to say this, but you may start seeing NPCs that have gone through the graphical updates and those that have not gone through the updates. But please, your understanding would be appreciated. これをね全部やれって言うと、いやもうじゃあグラフィックスアップデートやめましょう、無理です無理ですってなっちゃうんで、ちょっとちぐはぐっていうのが出ちゃうタイミングがあるとは思うんですけど、それをやっぱり承認していかないといつまで経ってもできないと思ってるので、でもパパリも後回しにされそうじゃない？許していただけると。なのでちょっとイルベルドはまだ後でいいかみたいな。ほらほら、イルベルドが後ならパパリもも後だって。And if I were to tell my team that, okay, we need to do everything, then people are just going to throw in the towel and be like, no, this is impossible. So I'm afraid there will be times at which not all of the NPCs will have gone through their graphical updates, and it might look a little disoriented or disjointed. But if I don't allow for that to happen, we won't be able to get to it. So again, if you could forgive us for going through that, that would be appreciated. Like, Bird might not get his graphical update as quickly as maybe like the Sultana, but テレジアデレジはっていうお声が結構あるんですよ。テレジアデレジ。ただですね、残念ながらなんとテレジアデレジってプレイヤーのなんだろうキャラメイクで作られてるんで、僕らが手を下さずともあいつ勝手にクオリティ上がってしまう可能性が高い。Some people are asking, oh, but what about Telegy Adelegy? And I realize his expression is part of the parts that you can select when you're creating your character. So because we're updating the player character facial parts, Telegy Adelegy is going to have his graphical updates already. So he may be an exception to those NPCs.
まあというわけでプレイヤーベースで組まれてるものはね必然的にそうなるんですけど、まあシルディのお母さんもそうだしさんとかはねやった方がいいかなとは思ってるんですけど、ちょっとまだ精査まではしきれてないので、結構多いもんね。そういう状態が出るとは思うんですけど、よろしくお願いします。So yeah, any characters that are built based on facial parts or body parts that are available for players to utilize will probably be updated simultaneously with like the player character graphics. But there are certain key NPCs that we're also looking at. Maybe the Sultana, but we have yet to sort of assess, and we will continue to sort of explore the options. でまあちょっと今日お見せしたのは繰り返しになりますが、テストをスタートしてまだ1ヶ月ちょっとのデータなので、さらなるですねクオリティの向上に向けて他の種族も含めてですねテスト続行していきます。いずれ装備とかもねこんな感じになるよというのもお見せできればと思ってます。But yeah, again, what we showed you was only about a month or so of testing. So we're hoping to provide you with more updates as they come in. Perhaps the other races, perhaps we can provide you an update with gear, etc. in the not so far future. で、そうだな。あとは結構コメントであったんですけど、装備の干渉なんとかしてほしいって、あれは正直どうにもならないです。物理エンジンを入れて計算でかわすしかないんですけど、それをやるとやっぱ動かなくなっちゃうと思うので、あとやっぱり装備の干渉を許可してる僕が、もういいとこれは割り切ってくれって言ってるから、今のペースでそのアセットギアが報酬が装備がリリースできてるっていうところもあるので、努力はしますが根本的にオフラインのゲームのようにはならないので、はい、そこはすいませんご了承ください。And I'm also seeing comments about can you do something about like gear or equipment or like player characters like body parts interfering with the graphics of gear, equipped gear. And I'm afraid that is something that we cannot address fully. We would have to put in a physics engine in there, and that would cause for some of the characters to kind of not move properly anymore. And plus, I, as the director, have allowed for those imperfections to my team. I'm afraid we're just moving on with it, or else we won't be able to keep the pace in releasing these different gear and the different designs that is available. So I'm afraid we are unable to address it fully to match something that of a standalone game. Sorry. さあでは次はですね、ちょっと BG、マップに関わるところもテスト1ヶ月ちょっとのサンプル持ってきました。Okay, we have more samples though. This time it's for various backgrounds and like map elements. まずこれは単純に、テクスチャーとかに何も手を入れずに配置できるライトの数を増やすっていうテストのサンプルです。So this first image is a test of just simply the number of lights we can place in a certain scene without it touching any of the textures or surfaces. 配置ライト数をですね、複数増やすとこんな感じになります。So we just added a few more lights in a particular scene, and what you see is in the right side of the image. ライトがですね遠くに左側ね1灯しか焚けないので、ちょっと見てほしいのは手前側にあるデスクに影がほぼ落ちてないのが、右側複数ライトによってちゃんと影が出るようになってるでしょ。So if you look at the one on the left, we were only able to place one light source in the scene, but in the picture on the right, we were able to place multiple lights to give it a more realistic look. And as you can see, the desk is now casting a shadow. まあ当然分かりやすく上の方にライトさらに1灯追加されてるので、まああそこまで作り込んでたのにライトが当たらないことによって全部黒で潰れちゃってたのが、まあ、しっかり見えてくるようになるので、これね多分プレイじっくり見ていないとというか受ける雰囲気が変わるので、これによって全然違うね。
And of course, I think one of the key changes that you can see is because we were able to place a light directly on top, you're able to see some of the details that would have been kind of hidden behind a shadow. And so I think with allowing for more lights to be placed, it will kind of give you a better impression of some of the atmosphere and some of these locations. でさらにですね、こちら今の現在の状態のティターニアですね。はい、下の影が変わりそう。Next, you see Titania in their current state. でこれはシャドウです。シャドウのテストをお見せします。So this is where we tested out how shadows わ、すごい。まあ影に使ってるテクスチャーの解像度と計算を上げていくので、これぐらいくっきり見えていくようになると思います。いかに左が So this is where we tested the texture as well as the calculation formula behind how we're displaying the shadow underneath Titania. And we believe that we were able to improve the quality and the resolution up to what you see on the right image. さらにですね、これ複数ライトも置いてみてるので、もう今の14だと左の環境しか作れないんですけど、複数ライトさらにカラー変えたりしていくことで、右のようにね、かなり複雑なライティングの絵作りができていくようになります。照明さんが凝った照明ライトになってる感じ。 And as you can see, we have multiple lights again in this updated picture, and then plus we put some colored lighting. So the background is exactly the same, and it was actually quite intricately built, but by having these different sort of lighting available to shine on it, you can see the complex details that was part of the structure. ちなみにこれ左のティタニアのストーリー的には左の雰囲気がいいなって言ってるコメントがあるんですけど、はい、実はこの状態をさらにグレードアップさせたバージョンを BG チーム作ってきたんです、サンプルとして。ただ開発者目線で見ないと分かんないからライトの色を赤とかにして複数ライトが混ざってるっていう環境を作ってくれって言って僕がわざわざデザイナーがセンスよく統一してきたものをバラしたんで、デザイナーのセンスじゃないので、これね僕のプレゼン用だと思ってください。デザイナーの名誉のために言っておきます。デモ用ですね。はい。One thing I do want to clarify because somebody pointed out they liked the look of the original Titania where it has that sort of mood with all the muted colors. Yoshida I want to point out that this is the developers actually brought to me an example of what improved graphics would look like with that stayed within the color palette of the original picture, but that's very much in the developer's perspective, and I wouldn't be able to tell the difference of what has improved. That's why I had requested my designer to intentionally place red lights, something that's more obvious, just to show an example. So don't worry, this is not what we're trying to do. We're not trying to like destroy the atmosphere. The designer was very mindful about keeping the tone of the story, but I wanted a more like overt example. So just wanted to clarify that. でここでちょっとね特に注目してほしいのが画面右の奥、上の方に見えてるステンドグラスのあたりをちょっと見ていただきたいんですけど、そこすごいですよ。今言ってたところ。One part that I do want to point out, if you look at the upper part of the image, where the stained glass is. これ左と右マップのポリゴンは何も変わらないんですね。テクスチャー解像度も変わってないです。So just reiterating that we have not changed any of the polygons that are in the map layout. We did not improve any of the textures here. なのでライトを変える複数置けるようになるだけで実は BG アーティストたちがこだわって作っていた箇所っていうのがより明確にちゃんと見えるようになるんですよ。左は全部影で潰れてるんですけどもともとちゃんと凹凸あるんですね。ね、すごいよね。And so this is what I'm trying to show with this image is that by being able to place multiple lights in a scene, we are able to showcase the details that our background artists have put into the structure. So above these stained glass, you might see these sort of like
tiered sort of molding on top, and the picture on the left, it makes it unnoticeable because it's kind of drowned in the shadows. So by being able to place multiple lights, we're able to accentuate those details that our background team has put into the structure. 水早まだちなみにバックグラウンドアーティストたちはライトの追加をやっていこうって言ったらめっちゃ喜んでました。おーSo when we were talking about adding multiple lights, the background team definitely had a very strong reaction to that. よかった。さあで次はですね、ティタニアから見て右ですかって書いてる人いたけど、ティタニアから見て右は映ってそのないやろ。質感を上げますというサンプルになります。左やろ。So next sample we want to show you is how we depict like the めっちゃきらびやかになりそうじゃないこれ。こちらもですね、デザイナーの趣味というよりはですね、悪趣味なぐらい変えてくれって言ってるので、それをご承知おきください。And of course, this again is supposed to be an example. And so I asked my designer to make it very gaudy at this point. So please understand it is not necessarily the いやで designer's も右 choice. ぐらいでもいいんじゃないと思うな。もともとやりたかったけど、シェーダーがなくてできなかったので、まあこれぐらいゴールドをちゃんとめちゃめちゃゴールドだわ。やっていきますよと。So up until now, we didn't have the proper shaders to apply, but we would love to improve the look of metallic surfaces. For example, gold here. すごいですよねコメン。トで吉田の家じゃんって書いてあるんだけど、俺んちこんなんだったらもう仕事してないわ。手前の People are 2 saying, 個 "Oh, is 置い this てあるや Yoshida つの house?" I was like, "No, if 頭の I と were ころ that がす rich, ご I いよ wouldn't be ね。working." でもこれ怖いもんで、今まで我々が左を金だと信じてまいりましたけど、なんかもうブラスにしか見えないですよね。Yeah, actually, we trusted left side screen is gold up until now, but now it わかる？手前の赤いやつの上に金が乗ってるやつあるじゃん。2つ。まあこういう形で左の上のところと王冠みたいな感じかな。これはねとてもわかりやすい。右の上のところはもう別物になってんな。Thank you for that. But yeah, again, we're trying to make improvements to the material quality, so the look of metallic surfaces as well. さらにですね、続いてはマップに使えるメモリっていうのも、上限を上げてあげようと思っているので、それによってですね、より多くのオブジェクトが配置できるようになっていきます。なんだって？ And next was to look at the memory resources allocated to rendering a particular area on a map. And I'm looking to raise that sort of cap so that we can place more objects in a particular field. まあこれ左側が現在よくちょっとマトシャと出会ったりするところですけど、こんな感じになってます。これ現在ですね。So the left side, you may remember your first encounter with Matsuya. わ、めっちゃある。でそれがですね、今回このぐらいまではいけるだろうと。すごいな。床。全然違う And じ with ゃん。 testing, we are seeing that we could possibly place more objects like these. 左は任天堂スイッ左と比チ版ですか？べてですね、やっぱりまず注目点としてはその1枚のループで作られてたその階段状になってる部分っていうのが、それぞれ素材違いをしかもこう組み合わせでずらして配置したりすることによってこう使い込まれた感とかより出せていける。このあたりはね、実はすごく大きいと思います。左が任天堂スイッチ版だよね、もう。 And so in the left, you may notice that it's just a それぐらいの差があるやろ。 layered メモリ量 on, が。 like a repeat layered on めっ top ちゃ of 増え each るじゃ other. ん。 But in the updated graphics, you can see that we are able to place objects not exactly like on top of each other, but like you can shift it by a little bit. It'll allow for a more realistic depiction of the area has been in use. So this is actually quite, it helps with like the immersion. 右見ちゃうともう戻れなくなるからな。床ですね、実は。床、そうそう。床の上にもう一枚テクスチャーを重ねてブレンドさせることでですね、床のこうひび割れだったり、細かい、今だとねメモリがないので巨大な床を1枚貼ってどうにかところなんですけど、そこをさらにこう質感上げていけるようになる。すごい。
And then the floor or the ground, with the graphical update, would be able to add another layer on top to give it more texture and kind of blend it in. So like cracks in the ground. Previously, we wouldn't have enough memory, so we would just have to paste one giant floor and deal with it. But with the graphical updates, I think we'll be able to improve on the texture quality as well. そしてですね、続いてからちょっと BG 今をお知書いてたけど、らせするあれだね、ハウジングが、の量も増えたら、もっと大変な Next ことに is, な I るだろ believe, the うね。last set of samples that I've seen for the background elements. こちらです。我々開発チーム最大の敵、自動草って呼んでるやつ。これは So this is one of アップ our で見るとそうなっちゃうんだよ pet な。 peeves, arch nemesis, I should say. These are like these automatically generated grass. これがですね、カットシーンのチェックをやってるとですね、割り込んでくるんですよ。自動で生やされるんで。多分カットシーン作ったスタッフの時には生えてなかったんでしょうけど、はは僕がチェックする時は生えててですね、このジャギジャギがすごい入ってくるんですよ、カメラに。うん、わかる。And this is so it takes away from cutscenes when it barges in. I'm sure when the cutscene team is creating the composition, they don't see the grass because this is just automatically generated after the fact. But sometimes it's like so close up and it's so pixelated, and that pixelation it bothered me very much. 今回もね、実はちょっと裏話ですけど、はい、まあエルピスでヘルメスにね、メーティオンにせがまれてエルピスの花をこう見せるシーン、夜空でね、あるじゃない。でヘルメスがこう仮面を外す、あそこがですね、何度チェックしてても自動草が入ってくるんですよ。で頭にきたんでもう BG 班に頼んでこの辺もう草生やさない設定にしてくれって。あ、なるほど、除草剤を撒いてしまったんですね。So one behind the scenes comment I wanted to make when I was looking at the cutscene in Elpis, sorry spoilers, but Hermes, when he's talking to Meteon about, oh, I want to show you the flowers in Elpis, and he removes his mask, the grass automatically generates. And it gets in the way. So I got so mad. I told the background team, like, can you make it so that you don't have grass being generated in this part of the ground? で、それがですね、今まだテスト中ですが、こんな感じになります。はい。すげえ。But that will be updated hopefully. Again, we're still testing, but this is a sample image of what it could look like. で、まあ種類もね、複数持てるようになるので、これね、草原から上は何も手入れてないんですよ。向こうに見える木とか、全く今のままなんですけど、全然違う。こんなに変わるですよね。全然違うわ。So, and plus, we are able to generate a variation of different grass or plants. And so, while we haven't added or modified anything in the background, like the trees and the field in the background have not been modified, the look of it is different because of how we can process these automated grass. これはですね、自動草そのものを入れ替えるので、申請から行月まで全てのマップで自動で生えてる草があります。草自体が。And for this update, we will be replacing the system that generates these grass or plant life. And so this should be applied throughout all the areas from around the bourne throughout. 高解像度になる感じになるな。さあではバックグラウンド実はねまだあるんですけど、ちょっとどんな表現バックグラウンドを上げていくかというのをお知らせしておきます。We've done various other testings in terms of background elements, but allow me to summarize again. まず先ほど、サンプルでも見ていただきましたライト配置数の追加、質感、凹凸表現ね、雰囲気の強化っていうのがこれによって、行われます。So again, we are going to be doing additional lighting points, so improved visual quality, depth, and immersion. そしてですね、影の高解像度化、
影のテクスチャーを高解像度にすることでですね、ちらつかなくなったりですね、影がよりメリハリが効くようになります。メリハリ大事ですね、 And 影は。 then higher resolution shadows. And so we'd be improving the texture of the shadow and how it's depicted so that it will allow for like flickering, decreased flickering. ちょっと嘆きの海のマップを思い出していただきたいんですけど、あそこ実は雰囲気を宇宙空間にするために、ライトの距離をすごい遠くして、なるほど。全体の暗さをこう締めるようなことをやってるんですけど、結果そうすると影がものすごく長く表示されるんだけど、テクスチャー解像度が低いがゆえにすごいじらついたりボケたりする箇所が結構多いんですよ。ただ雰囲気を優先したんで我慢してたんですけど、そういうところもですね、より綺麗にちらつかずに影が出てくるようになる。草のそれはそうないよね。 So if you would 細かいところ recall すぎるや Mario ろ。 Lamentorium and how we were trying to depict or make it seem like you're in outer space and make sure that the lighting had been placed in a very distant location so that we emphasize that sort of darkness that surrounds you. Because of that, whenever you're on the moon, your shadow gets to be very long, but because the shadow textures were not optimal, you would see frequent areas that would cause the shadows to flicker or it could get blurry. So with the graphical update, we're hoping to improve so that those shadows would come out a lot crisper. そして質感表現の向上です。これもシェーダーでですね、金属とか布とか、まあそれ以外のちょっとシェーダーも今検討してます。And then, of course, improve textures, which includes metals, fabrics, and we're also trying to consider what other elements can we improve. そして最後にご覧いただいた自動配置植物の強化、高解像度にしたりですね、あと植生をね、種類を増やしたりしていきます。Lastly, more and better auto-generated greenery, which is increased resolution, variety, and etc. で、画面全体にフィルター効果として非常に重要なアンビエントオクルージョンっていう機能だったり、フォグ、いわゆる霧をこう重ねるみたいな、それをフォグって呼ぶんですけど、これらに関しては今テストをしてるんですけど、まだちょっとサンプルをお見せできない状態です。なるほど。And we're also considering other 霧はなかなか難しいですよね。 or 重ねすぎる filters と that would apply 悪くなるやろうから to な。 the overall screen, including ambient occlusion and fog effects. Now, those are still being tested, but we couldn't produce results that we can present at this time. めちゃくちゃ雰囲気出るし、めちゃくちゃクオリティ上がるんですけど、やっぱ画面全体にパフォーマンスの影響を与えるものなので、慎重にテストをして、しっかりこれだったら大丈夫だろう、その皆さんが極端に PC を買い替えたりとかしなくても、あとオプションで、ね、ちょっと40は 4K で映してるから ちゃんと用意した上で 4K で耐えれるぐらいにしてほしいな。ちゃんとお見せできる。まだちょっと1ヶ月じゃそこまでは下手したら重くなったらちょっともう 4K は諦めていきますので、フル HD でやらなきゃいけなくなるかもしれない。And we totally understand that it will give it a different sense of atmosphere, or it would really improve the mood if we had those kinds of textures applied or those filters applied. But it does affect the overall performance of the game. So we will need to test it very carefully for sure. So we want to explore our options, but we also want to make sure that we are at a state where we're comfortable and not requiring for so much resources that players will have to update their PC 確かにね、PS4 Pro じゃなくて普通の PS4 なら to provide an option 結構 to 設 shut 定 it 切ら off ない if you と want to きつそうですね。optimize your performance. So I'm afraid we're not able to show you anything as of like a month or so of testing, but we're hoping to bring you updates further down the line. So yeah, if you could please stay tuned for that. 7.0 では切らないっていう名言が出たっていうことは、おそらくもう8.0は切られるでしょうね。まあ8.0はもう4年後だもんな。Okay, so in terms of the graphical updates and the preparations that we're making for it, I think is
all that I have for today's presentation. さあでは続いて、3つ目なんですが、引き続き多くのアップデートをこれまでと変わらずですね、適切なスケジュールでお届けしていきますよというお話です。So yeah, we will continue to provide regular updates on an appropriate schedule. せっかくの機会ということでですね、ちょっと 6.1 から 6.5 まで現状決まっているものでお知らせできそうなものをお知らせしておこうと思います。So I would like to share information that we know that we're going to have from 6.1 through 6.5. まずパッチ 6.1 なんですけど、こちらねリリースタイミングが読み切れないと思うんですけど、皆さん4月には出します。カタルの大繁盛商店。So なんだよ。お店開くんじゃんやっぱり。I understand that it's still kind of hard to see when it's coming, but we are looking at April at this time. 石の家がお店になります。当然ですがメインクエストのアップデートっていうのは 6.1 から 6.5 まで新しい冒険をお届けしていこうと思ってます。Of course, part of those updates will include the updates to the main scenario. We will have a new story with each patch installment. そしてですね、全世界から帰ってこいと言われていた、事件や紳士ね、ついに帰還でございます。ヒルディブランドの行月編が、始まります。Of course, we've heard many people ask for him to come back. This gentleman extraordinaire, Mr. Hildebrand, will be making his return. 新しいサブクエストシリーズとしてですね、タタルの大繁盛商店というのが、連続として始まります。And then, of course, a new series of side quests named Tataru's Grand Endeavor. ちなみにヒルディブランドが最後に目撃されたのはパッチ 5.3 で実装された漆黒決戦ノルブラントで、エリディブスによって召喚された中に確率でたまに出てくるんでね、あいつID の中に、あそこですね、最後に目撃されてるのは。I believe the last last time Hildebrand was seen was in patch 5.3, the Hero's Gauntlet. And this is a random occurrence, so you may or may not have seen him. But when you are doing your Warrior of Light battle, he is one of the people that is summoned. さあ、どんな冒険とかね、振動中になるのか、ぜひ楽しみにお待ちください。漆黒で検索したらあると思うので。But yeah, we hope you enjoy whatever odd adventures that he gets into. どんどんいきます。パッチ 6.1 まだまだあってですね、アライアンスレイド、ミソロジー・オブ・エオルゼア、12子にまつわる物語ですね、スタートします。Continuing with patch 6.1 updates, we will have our Alliance Raid, Myths of the Realm, Part 1 implemented. This is going to delve into or touch upon the mythos of the 12 gods. そして新 PVP のクリスタルコンフリクトというのがスタートして蛮族クエストアルカソーダラ続編があって、ゼツは本当お待たせしました、レイド大好き勢、本当お待たせしたんですが最新ゼツリリースします。ゼツの次ゲンなの？And so next is a new PvP, the Crystalline Conflict. We will have a new Beast Tribe quest, or like a new tribal quest, Arkasodara tribe quest in their dailies, and then a new ultimate content. Thank you so much for your patience. Our new ultimate duty will be implemented as of 6.1. ゲームはねアルテマになりますが、もうバランスチェックも終わっていて、結構むずいですよ。6.1 結構来るな。And of course, we will finally be reopening the Unreal battles. Ultima's Bane will be what's coming for the next battle. We are currently testing this out, but it's quite challenging. アルテマウェポンってもともと結構初期に時間のない中で作られていて、IL が結構みんな上がってるんで、いろいろギミック無視できたりとか、被弾してもそんなになんですけど、レベル90でバランス取り直してきっちりアイテムレベル確定させたらね、やっぱ面白いしやりごたえあるなこれって感じでした。
Of course, when we first designed the Ultima Weapon fight, it was done in a rush. And then by now, I think people have raised their item level. So even if you take damage, it's not as bad. But with the Unreal battles, we have adjusted the boss fight so that it matches that of a level 90 player. So and we've kind of finalized the item level. So testing it out, I enjoyed it. It was a very interesting battle, and it's very challenging for sure. でも今ちょっとコメントであったんだけど、はい、蛮族クエストっていう蛮族っていう呼び方やめたいなってコメントがあって、確かにそうだね。ちょっと考え直そう。メモっといてもらっていいかしら。はい。蛮族確かにね。なんか There was a comment about the beast tribe quest, and it seems to not be very favorable to call it that. I know we're trying to shift it to say tribe quest, or like we're just calling it by the tribal name in the English, but we are going to try to figure out a better way to phrase it. そして絶なんですけど、はい。めっちゃ調整続いてるんですけど、多分一番難しいと思うんで、やる方は覚悟をしておいてください。And I want to backtrack a little bit to the ultimate duty, the new ultimate duty, and we're balancing right now and making adjustments, but it's quite difficult. So if you're up for a challenge, that's fantastic. But yeah, it's going to take some. It's going to again be challenging. ライト層へのコンテンツのください。実は 6.11 かな。Oh, I'm sorry. Ultimate would be not 6.1 but 6.11, so it's probably not at the same time as the major patch. メインシナリオはやっぱりハウジングの抽選に応募したりとかすると思うので、2週間空けて出す予定かな。はい。We are hoping that players would enjoy the main scenario first, and then 6.1 is also when we open up the Ishgard housing. So I'm sure people will want to sign up for like housing plots. So we're going to wait 2 weeks after the launch of the major patch and then release the ultimate duty. はい、新生エオルゼア、まだまだメインクエスト ID フェス対応。さっきお伝えしたメインクエスト ID のフェス対応 2.0 半やって、それ以外のID もちょっとグラフィックスの調整とかいろいろやってます。石ガルドハウジング来ましたね。So continuing on with the 6.1 series updates, so the main quest, the trust system for A Realm Reborn patch 2.0 main scenario dungeons. そして新しいリワードシステムとしてですね、キャラクターカードっていうのの、システム実装が、ドーンと始まります。And then a new calling card style UI. So this is going to be a new reward type system that we plan to start implementing. この辺の詳しい内容はね、3月4日からのまたパッチ 6.1 特集パート1、パート2の方でお伝えしていきます。そしてお待たせしたロスガルの、新髪型対応がスタートとなります。ロスガル大歓喜じゃん。So for this calling card style UI, this is something that we'll cover in our next two live letters. There's one definitely planned on March the 4th, and we'll do like a 6.1 feature, part 1 and part 2. So we'll delve into details at that time. So next item would be new hairstyles for Hrothgar. Thank you so much for your patience on this. そしてハウジング、イシェガールドハウジングが開き、お得意様取引はなんとアルフィナ・アリゼのお母様であるアメリアンス編となります。The next two items is the opening of Imperium or Ishgard housing, and then custom deliveries. You get to meet with Alphino and Alize's mom, Amelians. そういうのを目的としたコンテンツなのかな。新 PVP はいつですか。またちょっと PLL で詳しく言いますけど、6.15 を予定してます。はい。We had a question about when is the new PvP going to go live. Again, we'll cover this in the upcoming other PLLs, but we are looking at 6.15 timing for that. それ以外にもですね、透滅戦など多数のものが、透滅戦名前言えないですけど、ありますんで、ぜひご期待ください。ここまでが6.1 のざっくり概要です。言えない透滅戦だって。
And of course, new trials, we can't say メインクエ what, ストだな。but other assorted updates are planned for the なんと 6.1 戦うねん。 series. そして続いてわかんねえよ6.2ですが、全然こんな感じになってて、まあ、一番の注目はやっぱりあお知らせしていた、 6.2か無人島開拓が6.2からスタートになります。So next up is the 6.2 series. This is one of the large, 難易度 like 可 the 変ダンジョンだって anticipated 新 content, バ I トルコン believe, テン is ツいいじゃ the ん。 Island Sanctuary. That's when we're going to start opening 面 this 白そ up. う。昨日全体を一通りチェックしましたけど、めちゃくちゃでかいんで規模。 6.2 熱いなこれ。だいぶね組み上がってるんで、もう武器強化コンテンツまで来ちゃうわ。I had the opportunity 武 to 器強 check 化 the コンテンツが overall 難易度可変ダン sort ジ of ョンで content yesterday, あれ and だな。 it's quite large scale, but I think it's coming along nicely. なんかやるんまたちょっだろうな。と今日は時間がないのであれですけど、詳しく説明する機会は取ろうと思いますが、基本的には外の世界と全く異なるそこだけで完結できる遊びになってますし、まあ、ゆっくり本当にゆるくやれるので楽しみに待っていただけると嬉しいです。 So I'm afraid we don't have the time to cover it today, but Absolutely, we will yeah. take the time at another その他 opportunity so タン that デ we ム can ニウム続 explain 編 the 透滅 details 戦 of this. 全透 But 滅 it 戦な is どの going 多数 to アップ be デート a 6.2 ま different 熱い sort な of area that 6.2 you は can enjoy, 夏頃 and it's 夏秋頃かな very self-contained sort of content that you can enjoy. でまあ2.x 残り新生エオルゼアの 2.x シリーズのメインクエスト ID を全部対応し、想定編にも突入します。あとは武器強化コンテンツの新しいシリーズをスタートしますとかですね。まあ 6.2 ちょっと夏休み中には来 So てほ going しい back よ to ね。 the お盆 earlier あた bullet り。 points, we will be applying the trust お盆 system あたりに for the 6.2来てもらえません 2.x かね。 scenario dungeons, maybe partially into Heavensward. It says here ああそうだ、もうね多すぎて入れてないんですけど、ミラプリの拡張もね 6.1 から第1弾始まるんで来ましたねミラプリ言っときます。そういうのよかった。 Oh, we also want to mention Fair. we will be expanding on Glamour's Glamour ミラプリのごめんなさい、ミラプリはグラマープリズムの方でしょうか。ね言えない感じですか。第1弾はプレート増やすをやっていく、まず第1弾。はい。プレート増えますね。 So glamour related updates. I'm sorry, I wasn't sure how to phrase it, so I squeezed it out of Yoshida-san. We will be addressing and expanding upon glamour plates as BB part み of the たいなん first じゃない雨の見柱だっけ glamour related updates あれ in 系でしょうね。 6.1 series. まあちょっと全部書ききれないけど、いつもの討伐透滅戦のノーマルと極があるとかいうのはまあいつも通りやっていちこさんあれだよまあその辺は回収しながら書かれてなくてもあるとアップデートしながら 7.0 を Of course, 作りな we が will ら have 6 whatever ピンを content 作ってま that す。よ you しピ can ンは expect in a patch update, so like new 恐ろしいです。 trials, 仕事量が。 etc. It's not written here because we couldn't 7.0 put も it 作り all なが in ら the ですからね slides, but 恐ろしいよな。 yes. 収納数増やすトライもしてるから、ごっそりどっかのタイミングで増やします。 And we're also もう looking 70 at も楽しみだし like how to expand upon like the number of sets 16も stored. 正 So 直楽しみです we're hoping to find an opportunity to do that update, like like not an overhaul, but like an update on that as well. そしてですね、さりげなく書かれてる新しいこの 6.2 から新しいバトルコンテンツ、タイプが全くこれまでと違うコンテンツを今開発中です。あ、じゃあ違うのか。雨の見 And then the 柱とか fourth とは。 bullet point, it's just kind of snuck in there as part of like the updates, but it's a new thing that we're trying to do. It's a dungeon with variable difficulty. これ難易度可変まあダンジョンって今7の開発コードネームなんですけど、リ1人から4人でチャレンジできて、 SP が一応プロデューサーやってるのは1人で行く、2人で行く、3人で6P をやっ行く、4てますから人で行くっていうので、自動的にそれに合わせて難易度がコントロールされるっていうチャレンジ型のコンテンツになります。 And so the code name that we're using here is like Criterion Dungeons, but so 何するか you って誰 can が言ってる。 attempt this with 1 to あれかな、 4ランプの people. ボタンを And 押す what 順 makes 番を it 間違えた variable ら is that if 大 you 変な go ことにな in, るのか depending な。 on the number of people you go in with, so 1 person, 2 people, 3 people, 4 people, the difficulty sort of varies. It will automatically scale. So it's like a content where players can sort of challenge themselves.
まあこちらも組み上がってはきてるんですけど、まだ調整いろいろチェックやってたりするんで、まあ6点に近づいてきたらしっかり特集していきたいと思います。It is coming along nicely, but and we're still performing checks on the content. So please stay tuned for new information as they become available when we can talk about 6.2. そして6.3になるとですね、メインクエストの ID フェイス対応が争点編をここで完了させる予定です。ディープダンジョン、雨の見柱、そして第3弾。We continued to add more trust NPCs. We should be able to address the remaining ディープダンジョン第3弾はちょっとまたなんかあれだね、オマージュであってほしいな。でかいのはですね、世界中からですね、ディープダンジョンシリーズの新しいのがやりたいという、お声をたくさん頂戴していたので、今企画をやっている最中です。6.3 で、ディープダンジョンシリーズの第3弾実装予定です。まだ何になるか決まってないのかな。Players from around the world had asked about when do we get a new deep dungeon, and so we are in the planning phases at this time. We're hoping to launch the third in the series of deep dungeons at 6.3 series. そしてですね、すでに開発スタートして進んでるんですが、Z シリーズの第5弾を6.3でリリース予定です。恐ろしい。And then we are already starting to make plans for this, but we do intend on adding one more ultimate duty. So this will be the 5th one in the series. そしてですね、6.2 でリリースされたからくりもそろそろください。もちろん行っていきます。獣使いかからくりをください。And then, of course, because we will be opening up the Island Sanctuary as of 6.2, at 6.3 series timing, we will continue to update it. でまあ、4と5はちょっとパチ 6.4 と5はまとめてのご紹介になっちゃいますが、グレー編が完了。グレー編のメインクエスト ID のフェイス対応を全部終わらせて、まあ、これで、ストーリー上に登場する ID は、全部対応が終わる予定です。めちゃめちゃいろんな情報が出てるよ。Next page covers both 6.4 and 6.5 series, but by this time we aim to complete the trust system implementation into all of the Stormblood main scenario dungeon series, and so that should get through all of Stormblood. で難易度可変ダンジョンと呼んでる新しいバトルコンテンツシリーズの第2弾とか第3弾も入れていきますし、無人島開拓の開拓エリアを追加したりっていう予定ももう当然ね、我々長期計画で進んでるので予定されてます。And then, of course, our Criterion dungeons will see an update. We should have numbers 2 and 3 implemented. And then for Island Sanctuary, at this time, we want to expand upon the area. So we'll have an additional area. でですね、例えば青魔同士のレベルキャップをどのタイミングにする、解放をどのタイミングにするのとか、そういう状況を見ながら調整しているものに関してはどうしてもまだ言えないので、それらもちゃんとどっかのタイミングでやっていきますんで、またそれぞれでですね、パッチの特集をお待ちいただければありがたいなと。やらないとかいうわけじゃないんで、ここに書かれてないものはね、まだ詰め切れてないものはちょっと言えないので、さすがに。まあこの辺りはもう全部確定しているので、お知らせしております。I'm sure some of you might be wondering about, okay, when is the next time the Blue Mage is going to have their level cap increased? And some of these items we need to monitor the situation. And so I'm afraid we aren't able to determine exactly when this is going to happen. But we do intend on doing it. We will share more information when we are going to do like a patch specific like updates live stream. Please note that even if it's not written in the document, it doesn't mean that we're not going to do it. So yeah, there might be information that we're still in the planning phases and we weren't able to solidify at this time. So we will continue to look at the various existing content and provide updates when we can.
まあなんかパッチ情報を出すとみんな細かいところあれはどうこれはどうってやっぱなっちゃうね。まあ皆さんが思ってることは基本的にやっていくんで大丈夫ですよ。I see that people in the comments are talking about various granular areas of patch updates, and I think it's safe to say that things that we know people are expecting in a regular update will more than likely be included. So I want to make sure that yeah, don't be worried. まあアルカスソーダラの次のはどうなるの、種族ってどうなるのとかもう全部決まってます。ちゃんと毎パッチやっていくので、まああれかなこれかなって思いながら待っていただけると嬉しい。そうね、リミテッドジョブはだから獣使いとか、おそらくカラクリッシュみたいな、どっちかが来るんだろうなと思いますけど、次がなかなか来ないね。group to focus in on, and we do want to have content available per each of the patch. So it'd be great if you could wait, or not wait, but like speculate, kind of imagine what kind of which tribe will we be focusing in on. あとゴールドソーサーも予定してるんですけど、4になるか5になるかまだ決まってないんでちょっと待ってください。And we do intend on making Gold Saucer updates, but we still haven't determined if it's going to be 6.4 or 6.5, so that's why we're not mentioning it at this time. さあ、というわけで、まあ変わらずですね、もりもりでやっていきますよというお知らせでした。Yeah, just wanted to go through all of these roadmaps just so that we know that we continue, or we plan to continue providing very hefty updates. ただですね、一個皆さんにこれを踏まえてですね、ちょっとお知らせをさせてください。伸び伸びか But with that being said, allow me to make one announcement. メジャーパッチのサイクルについてです。And this is regarding the major patch cycle. これまでですね、申請スタートからですね、まあずっとできるだけこの 3.5 ヶ月に1メジャーパッチ配信っていうのを、まあ、目標に掲げてやってきました。So of course, since the relaunch as A Realm Reborn, we've tried to keep this pace of one major patch update per every 3.5 months. でこれをですね、本当申し訳ないんですが、2週間プラスしてですね、4ヶ月にさせてください。And I'm terribly sorry to ask of this, but we need to extend it by 2 weeks, and so we want to change it so that it's one major patch every 4 months. でこの2週間って何かっていうとですね、まあ我々開発内では実装期間っていうのと調整期間っていうので大きく2つあるんですけど、この実装期間にプラスあと1週間、それから調整期間にプラスあと1週間の時間をいただいて、まあマイメジャーパッチを 3.5 ヶ月でなんとかやってきたのをちょっと4ヶ月、まあプラス2週させていただけると助かります。So of course we have periods of our development cycle where it's development and then implementation, and various adjustments, fine-tuning that we do. So those 2 weeks that we ask of you for your patience is 1 week for additional implementation, and then 1 week additional for fine-tuning. So that makes it that 3.5 months now turns into 4 months. でですね、夏季休暇期間とか、まあ我々やっぱりサマーバケーションスタッフに渡したですね、年末年始やっぱり家族とねゆっくり過ごしてほしいっていうのがあるので、まあ夏季休暇期間とか年末年始の場合には、まあこれにプラス1週間ねさせていただくことがあるかなと思います。7.0 にが出るまでに2.0 から全部一人で遊べるようになるらしいです。Like summer vacation or summer holidays, New Year's holidays. I'm sure people have family that they would visit over the holidays, and so for those holiday seasons, we might see an additional like 1 week's not delayed, but like 1 week's
time MMO で added もあ as ると well. 同時に普通まあの一人で遊べるここまで RPG でもあるっていう前半の10年間っていうところでもそういうお伝えしましたけ目標があるそうど、です相ここから10年当みんなの開発チーム運営チームのモチベここからーションっていうところに10年頼っって言っても2年ぐらいでてやってきたところがあるなと思っていて、まあそれは僕自身のこう稼働の高さも含めてなんですけど、まあ休みたいというよりはやっぱり適切にみんな健康で健やかに開発に取り組むことでよりクオリティも上がっていくだろう。でもまあ事実足りてない無理をしてきたっていうところもあるので、ちょっとそれが理由になってます。As I explained in the first half, when we were looking back at our first 10 years, we really depended on the motivation of each of the developers that are on the team. And me included, I was moving around and very hands-on with my team, but looking at our schedule and how we work, I do want my team to be healthy and be able to sort of maintain a good level of quality because they are taking the necessary breaks. And to be honest, there were areas where we might not have performed as well as we should have because some of us may have been pushing too hard. So that's the reasoning behind why we want 今 additional 何百 time. 人体制なんだろうな。でまあ、スタッフ非常にね皆さん優しいコメントいただけてるんでとても嬉しい。特にスタッフの健康とかね気遣っていただけてるんでとても嬉しいんですけど、まあ、これまで 2.0 からねなんとか 3.5 ヶ月でこうやってきたこの実装10何週調整何週みたいなのでまあやってきたんですけど、ちょっとね比較を持ってきました。And thank you so much も for う the 日本はあれ kind だな。もう comments 14以外の MMO ダメ regarding だな。 our staff 勝てない and な、絶対。 making sure that you're showing your concern to our staff members. It really あれ、warms バ my ンダイナ heart, ム and コ I'll の make ブ sure ル to ーなんちゃ relay らとか that. どうな But ったんだろうな。considering what we've been doing in terms of providing an update every 3.5 months since 2.0, and we work with a schedule of like such and such weeks for implementation and whatnot. 危 So 険すぎる上 we に put together 慢心 this してなく comparison て、もう chart 常 for you に to take a こう look. 新しいもの、まあ改善を提供し続けてるっていうのがどうやったって勝てないよね。調整ダメだと思うわデバッグ他の MMO はまあ、マジで。 3.5 ヶ月でやってきてたんですけど、 Of course, our development largely is broken down to planning, development, adjustments, and debug. 調整の And ジョブ数 this が is some of the 7 numbers ジョ that ブ we も増えて pulled る。 up. まあ、パッチ 3.3 の時が左の列、 5.3 の時が右の列です。うん。 So the column on the left is patch 3.3 series timing, そうね。 and then the column on 新規 the を取り right 込むため is の patch 5.3調整も series. 絶対忘れないっていう。コンテンツ数がねそこまで極端にってわけじゃないんですけど、やっぱでかつジョゲームだブ数けじゃなくて、がですね11ゲーム内だけじゃなくて、18になっリアルイベンたり、トとかねボ。ス数が作ってるボス数がもうプレイ17からヤー非課23線芸能人とかって増えてるんですね。これ当然調整コストめちゃくちゃ増えてるんで、常に盛り上げていってる感じがすごいわ、本当に。 So, I mean, the number of content, like types of content, may not have varied over the years. But if you look at, say, like the number of jobs, from patch 3.3, 11 jobs, we've now jumped up to 18 as of 5.3, which means a lot of different balance adjustments for those. Number of こ bosses れ have を gone from これだけ 17頑 to 張ってくれてるもの 23. に対して、もちろんね開必発ス死だなっていうタッフっていうのも人って多分皆さんからいただいた何かに対して月額課金で、まあ、情どんどん熱を持って採用して接したことがない人なんだろうなってチームすご規模もく思います。当然上がってるんですけど、思わん？一生懸命何かをやったことがない人なんだろうな。工場製品作ってるわけじゃないので量産が上がるかっていうとやっぱりそうではない。トレーニングも必要、経験も必要。やっぱりそんなスーパーエースたちが中川とか須藤とかがバンバン育っていくわけじゃないのでOf course, with our development team, thanks to the support via monthly submissions or subscriptions from everybody, we are able to strengthen our team. We were able to hire additional staff. And so our team has definitely grown, but I mean, we're not in a factory manufacturing like
we're not an assembly line. So we require training. We require for our staff to gain experience. Not everybody is いや、プロ a フェッショナルも情熱 super 大 ace 陸もオファ player ーは like かけてると思うん Nakagawa で、多 or 分 Pseudo. ここまでの人になったら。例えばこの開発チーム運営チームむしろもう三角形だとしためっちゃくっついてるかもしれんな場合この三角のスケールはめっちゃ大きくできるんですよ。はいはいはい。だけど結局上の方に行くと、どこまで行っても最後は頂点はディレクターとかプロデューサーってなってくると、ここがやっぱそんな簡単には増えないんで、まあ、何でもかんでもたくさん調整もチェックもせずに出すってわけにもいかないから、まあ、吉田を別に分身させろとかその培養して増やせばって考えもなきにしもあるんだけど、ちょっとまだテクノロジーがそこまで追いついてないんで。真面目に考えてんの So テ if ク you ノ would ロジー imagine で our sort of 増やせたら増やすの team, I guess, our staff, or how we're organized as like a giant triangle. And of course, we can always scale the triangle to be larger, but I mean, it's still a triangle, so the tip is very small. And when you get to like the director and producer level, I mean, we train fantastic people, but like it doesn't grow in numbers as much as like when you scale the lower part of it. And there still requires a lot of adjustments that need to be applied on the things that we do create. And of course, it would be awesome if we can create like multiples of Yoshida. Maybe if we can clone him or like, I don't know. But still, it is quite a challenge. 吉田にハイデリンキックして分割しようって言われてるけど、それ薄くなってんじゃん一吉田。一気に14個に。Somebody 14 say, 吉田いれば perform the Heidelin kick on Yoshida and sunder him, then we'll have 14 of him. But then, wait, no, but he's sundered, so he's like thinner. Like it's, you have a diluted version of him. いやいや、まあでもね、例えばそのカットシーンの数字なんてね、2時間25分トータルだった自動送りしていくと、まあ8号店だと4時間30分になってるんですけど、まあ、当然ですけど、そのいただいた利益で人も増やし、いろんな会社さんにお願いして腕のいい人たちにたくさんカットシーンやっぱ作ってもらってるんですけど、どうしてもねディレクションする側っていうのの人数は限られてくるので、それでももう倍増近い感じですし。And if we look at the cutscenes, we went from 2 hours 25 minutes to 4 hours and 30 minutes. And this is like if you let the dialogue autoplay. But I mean, we have brought on many talented people onto our teams, but we still require somebody to look at the product that they create. And there needs to be a director that makes sure that we're aligned. たくさんの人がプレイしてるゲームなんだなって思うね、世界中で。能力の薄い吉田のただのやからやんけって。Comments still going on about Sundered Yoshida, like, well, but what if he's like that's like a low quality Yoshida? It's just a man. まあというわけでですね、これからもちょっと今日お伝えした内容 7.0 に向かっていろいろやっていきます。パッチの物量というのも頑張ってまた作っていきますし、クオリティとか調整というところも妥協なくねまた進めていきたいとは思うんですが、まあその分ですね、ちょっとこれまでのパッチサイクル3.5 ヶ月にプラス2週させていただいて4ヶ月っていうサイクルでですね、ここから先まだまだ楽しみお届けしていこうと思ってます。But yeah, we are making various plans leading up to 7.0, and we still want to continue bringing you the different patch updates. And so with the different elements that we implement, as well as the balancing that we do, the fine tuning, we don't want to compromise any of that. That's why we do want to continue producing the patches to the quality that we hold ourselves up to. So we do want to ask for that additional 2 weeks so that we will have the 4-month patch cycle. But we will continue to bring you regular updates. まあ本当にあと10年やっていけばとてつもなく長い旅になると思ってます。皆さんとね一緒に今度は20年歩んでいこうってことになるかと思います。And we
strive for another 10 years. This is our goal. And I'm hoping that we will get to a point where we will be celebrating, or like we will be looking back at our journey in our 20th like anniversary. まだまだやりたいことね、チャレンジしてみたいことあります。驚いてもらえること、やっていこうと思いますので、ぜひこの先もですね、一緒にまた14作っていただけると嬉しいです。はい、わかりました。We do want to よし、もずはやも続けていく限りは、10年内にファイナルファンタジー14関連の案件をやっていきたいと思います。言っておこう、これは。続けるからには、そこを目指す。はい、ありがとうございました。Thank you very much. So this is all about the first half of today's letter live. 今日の前半、プロデューサーレターライブの前半戦はここまでと。1個忘れた。まだ前半だよ。DC トラベルはいつが結構多くて、今のところ予定 6.18 かなで予定してますんで。なるほど。Sorry, one more thing. We did see a lot of comments about, so when is data center travel going to be implemented? We are currently looking at 6.18 timing for that. はい、ありがとうございます。Thank you very much. ではこの後休憩に入るんですが、ですね、今日は後半戦は、通訳は別の方にお願いすることになっておりますので、あゆみさんがここまでとなります。So before going to break, because we have another person for translation for the Q&A part. So that's it for あゆみさん today. So あゆみさん、皆さんに一言ご挨拶お願いします。あゆみさん、お疲れ様。はい、長い間お付き合いいただきありがとうございました。Thank you guys so much for your patience as we navigate through all of this. But yeah, I will see you guys some other at another opportunity. ありがとうございます。Thank you very much, あゆみさん。では僕がね、安心してこうゲームシステムの話っていうのを全世界の皆さんにこういつもの調子でお届けできるのは、本当にあゆみさんの高い翻訳スキル、特にね僕の性格を把握した上でのやっぱり、トランスレーションがね、もう長くなりますのでね、僕らもコンビを組ませてもらって、なんで本当に助かってます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。ここをどうやって訳しましょう。ブックが言えばいい。吉田さんは because Ami-san really knows Yoshida-san's characteristics very well, so it's we are very relying on Ami-san's translation for when he explains the game systems and mechanics. So thank you very much, Ami-san again. Thank you. はい。では今から休憩に入るんですが、1時40分再開。So we want to restart the latter part of the letter live at the 1:40 p.m. Japan time, which is in 20 minutes. でですね、今日の休憩のお供をご紹介したいと思います。So during the break, we have two videos today for you to enjoy. 20分あるから1本ならいいやと思ったら2本あんのかよ。Yeah, we have a 3-second digest preview of all the songs from the upcoming Endwalker soundtrack, and a time-lapse video of mosaic art we created live using screenshots that we were submitted by our players during another broadcast. 2本ありまして、1本目は、先日つい最近公開しましたエンドウォーカーのサントラが出ます。それの、3秒ダイジェストの全曲紹介の、トレーラーがありますので、そちらをご覧いただき、その後ですね、これも先日ご紹介しましたが、別の生放送企画でモザイクアート、皆さんからお送りいただいたスクリーンショットでモザイクアートを作るという企画がありまして、それのタイムラプスビデオがありますので、そちら2本続けてご覧いただいて、また1時40分から再開したいと思います。それでは休憩です。ビデオをご覧ください。はい、お疲れ様でした。よし、じゃあちょっとハイにも飲み物とかを取ってきますので、一回離席します。引き続き、こちらのチャンネルで PLL ライブ一緒に見ましょう。じゃあちょっと離席します。
ただいま。ちょうど終わったな。こっからは、なんだっけ、タイムラプス。モザイクアートのタイムラプスですね。応募した人います？変にはしてないけど、中にはいるかな。モズは何時ぐらいに帰れるか教えてください、見てたら。すごいな、かっこいいな。ヒロシ。いろんなヒロシ。でもヤフーのなんかファイナルファンタジーどれが好きアンケート14結構下の方だったんですよね。誰か応募したんかな。応募っていうか投票したんかな。さあ現状14は5位か6位ぐらいですね。ミュートしつつ感じになりそう。なんか喋れやお前。仕事しながら喋れや。あれ買ったのが多分反映されないかな。今リンク貼りました。それから Yahoo のファイナルファンタジーシリーズで一番好きな作品は何ですかっていう投票なんですよ。今のところね、1位がね、7で、2位が6。6多すぎん7、6、10、5、4、14ですね。あ、11もちょっと増えてきたな。967票になってる。6と7多すぎやろ。みんなも好きなの投票しとき。別に14に限らなくてもいいので。カチカチ音がめっちゃ入るのよ。なんか RTX でやったらいいじゃん。ダウンがあれやろ。入らんくなるやろ。ねえ、11だいぶ増えたよね。もっと少なかったね、11。いや、7が人気あって当然やと思うけど、6が異常じゃない？ 7 とほぼ並んでるで、6。おかしくないかいいゲームだけど、6が入るなら4の方が上な気がすんだけどな。なんかおかしいよね。6がそこまでの評価あったことそんなないと思うんだけど。みんな何入れました？投票した？ハイニーはね、11にしました。14は票入るだろう、どうせと思って、11にしたらね、14もそんなに多くはなかった。6はもうすぐあれですね、リマスター版が出るから、ピクセルリマスター。うん。6もいいゲームではあるんだけどね。でもそこまでなのっていう。うん、マレッシャがなんか逆さになるのもちゃんと修正するって言ってたんで、結構、ユーザーの声をちゃんと聞きながら頑張ってるようです。ピクセルリマスター版。3月だったっけ？来月出るんじゃないかな。
ちょっと頑張ってほしいな。11に頑張ってほしいんだよな。でも14もちょっと湧く割には、ツイッターにトレンドに乗る割には票が少なすぎるので、こういうのを見てないんだろうな、そもそも。14をやってる層ってね、おそらく。6がもうすぐ出るから期待値が上がってる説か。なるほど。確かにそれは関係あるかもしれないね。君に思い出してな。なんか、おじさんしか投票してなさそう。もうちょっと若い層だからな、14。11はハイニーがディスコードサーバーを、交流用のサーバーを作って管理してますので、もし11にね、ちょっとでも興味がある方は、そちらの方もぜひ入っていただければなと思います。詳しくは11のアーカイブに、概要欄にディスコードサーバーの URL 書いてますので、ぜひそちらをチェックしていただけると、電撃の旅団の残月さんだとか、あとファミ通コネオンの闇鍋さんとかも入ってくださっています。ディスコードサーバー、みんなもよろしく。2月24日か。もうすぐですね、じゃあ。来週ね。Life is Strange の前日ね。Life is Strange True Colors っていう、最新作が出るのみんな知ってる？なんかね、先行プレイっていうのをもずとはやにえがやらせていただいたんですよね。昨日。1週間前に発売日の。昨日めっちゃ面白かったな。昨日、あれだよ。終わってからツイートしたら、スクエニの社員さんっていうか、スクエニで翻訳、ローカライズの仕事をしてはる方がね、モズハヤのハイニーとモズベイさんの、Life is Strange 面白かったですっていうツイートをいいねしてくれてた。速攻フォロー返した。返したっていうかフォローした。ありがとうございます。やっぱ先行プレイの配信をチェックしてくださってるみたいで。昨日やったので、提供スクエアエニックスっていう、ゲーム実況者、プロゲーム実況者として活動してきて、一番、そこ取りたいなと思ってた、スクエニからのプロモーションをようやく、モズハヤが取れたので、本当応援してくださった方には、感謝しきりでございます。いかにハイニーが頑張ろうと、それを応援してくれる人がいないと、やらせてもらえることではないからね。あとチャンネル登録者1万人いってないのに、スクエニみたいな大きい企業から、そういうオファーがかかるっていうのがほんと奇跡だなと思って。ありがたいわ。認知されたわ。そして、ちょっとさっき誰もリアクションしてくれなかったけど、これから10年ね、14が続いていくということで、いろんなことを頑張っていくということをヨシピーがおっしゃってたので、モズとハヤニエが今後も続いていく限りは、ファイナルファンタジー14関連のプロモーションのお仕事をいただけるような状態を目指して、我々も頑張っていきたいと思います。だから14のプロモーションをする中にモズハヤが入ってたら、みんな喜んでくれ。そしてそうできるように、これからもモズとハヤニエの応援をよろしくお願いします。もうスクエニとは薄皮一枚繋がってるから今。応援ありがとうございます。漆黒の続きはもうちょっと待ってくれ。モズの着ぐるみが実装されるかもしれない。そういうのは、アンチが、あれじゃん。難しいよね。別に非化線に限ったことじゃないんだけど、ファンが多い作品って、そのファンの中から誰かがステージ上に上げられた時に優しくないじゃん。以前三人称さん、めちゃめちゃ有名なゲーム実況者さん
三人称さんがあれでしょ、なんか呼ばれて喋ってた時も、めちゃめちゃなんかコメント欄が荒れてたじゃないですか。そう、モズベがやってる配信者コラボみたいなのを、記念放送かなんかでやったんですよね、三人称さんが。もう三人称なんかうん十万人チャンネル登録者いて、でやっててみたいなんで、なんかやってましたけど、だいぶコメント荒れてたね。優しくないなって思って。優しくあってほしい。神木くんとかは応援するけど、なんかその辺の素人がやってるようなゲーム実況者に対しては、とにかく厳しいみたいなのがなんとなくこう、あるよね、界隈。そこのファンが多いみたいなのだと、あんまりダメなのかなと思いますね。なんか、そのファンが追っかけで14始めましたみたいなのは許せないみたいな。ええやんけ、別にやってもファンがな。まあ漆黒のヴィランズの続きをやるのはちょっとまだすぐやるとは思ってないんですけど、14に関しては一個また、光の新兵企画の新しいのを考えてるんで、それはちょっとどっかでやりたいですね、今年。まあ今年って言ったらあれかな。もう一回挑戦入ってからでもいいかもしれないな。7.0 に向けてのね。ちょっとご期待ください。ただちょっとメンバー集めをちょっと頑張らないといけないから。いや、まあ、やろうと思ってる企画、さっき言うと、光の老兵っていう企画をやろうと思ってるの。もう40過ぎのおじさんたちを集めて、やるっていう。で、その、素人のおじさんではなくて、ちょっと、肩書きがちゃんとある方を呼んで、光の老兵企画をやるか、光の業界関係者でもいいし。なんかそういうのをちょっとやりたいなと思ってます。40過ぎな。ちょっと今メンバーを考えてる最中なので。できるだけなんかこう、面白い人とやりたいでしょ。芸人さんがね、声かけれる人が、今そんな近くにいないから、ガーくんがもうやっちゃったからな。あと、ガーくんは40過ぎじゃないやろ。ガーくんもうちょっと若いでしょ。あ、ガーくんいくつなんだろう。年を気にしたことなかったな、そういえば。ガーくん今37歳だって。なるほど。37だった。光のお父さんではなく光のおじさん。うん。老兵。新兵にかけたいから。光の新兵企画第2弾。光の老兵。をちょっとやりたいなと思ってます。なんかそういう、なんだろうな、今までにあんまり誰もやってないような感じの14の企画はやりたいですね。モズベさんはなんか個人で14もう一回やり直す企画をやりたいって言ってるんで、まだ漆黒のヴィランズも終わってないのに、どっかでやりたいらしいです。まあ、どこで作るかですよね、キャラね。あ、始まりました。はい、戻ってまいりまはい、した。ただいまで第68回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブをお送りしております。So, welcome back to the Final Fantasy 14 letter from the producer live number 68。誰？で、後半戦は、ここからのお時間は、赤毛の人がいるQ&A セッションということで、セクシーな両月のフィナーレを
プレイした経験から皆さんに質問をお送りくださいということで、事前にフォーラムでお送りいただいた質問をもとに吉田さんに答えていってもらおうということになっております。So for latter part of the today's letter ちっちゃくな live, い we gathered lots of questions of all of you from the global players ヨシピーの子供みたいになってるじゃ based ん on your gameplay through the Endwalker. So we have 吉田さん to answer your question. ということで吉田さん。カメラのあれ合はい、よろってんのかなしくお願いします。で後半戦ですが、通訳にはローカライズチームのケイトさんにお越しいただきました。ケイト So for latter part, 吉田さん 's voice will ライ be フイズストレン covered ジに出てそうな by ケイトさん from our localization team。皆さんにご挨拶お願いします。はい、ローカライズのケイトです。よろしくお願いいたします。ケイト I'm Kate from the English I'm localization team. Japanese gaming pro まあ、緊張してると思うんでね。で、まあちょっと注意点を3つね、言っときます。まずですね、今回、行月のフィナーレをプレイしてということでですね、設定に関わる質問とかすごい多いです。なので、ネタバレ炸裂しまくりなので、クリアしねえぜっていう人はですね、よしネタバレ来いちょっと、後日クリアしてからご覧いただきたいです。Okay. So first of all, Kate's probably pretty nervous. Yes, I 今 am. So we'll distract from that by talking about something to watch out for. If you're about to watch this session, please know that we have a lot of questions about the plot and lore of Endwalker. So if you have not finished Endwalker, you're going to get spoiled. So maybe come back to this later when you're done. でもう一個はですね、設定間違いがないようにですね、今回いただいた質問はですね、私、ちゃんと石川夏子と、小田万里とですね、話し合っておりますので、ちょっとたびたびちゃんとメモを読む可能性がありますので、下を見る可能性があります。And also, I'd like you to know that in order to not make any mistakes when talking about this complicated lore, I did talk to Bonnie Oda and Natsuko Ishikawa before coming here, and I made a lot of notes. So if you see me obviously reading off the paper, I'm checking to make sure I don't mess up. でですね、3つ目なんですけど、ケイトさんをね、意外とご存じない方が多くて、ちょっと、まあ、今回ね、まず、うっすら見たことあるのはなんとなくあるんだけど、はい、まずね、ローカライズチームものすごい稼働をしてですね、めちゃくちゃギリギリのギリギリまでハイクオリティにね努めようとしてくれたので、まずまあ、どうしても日本語チームがこう、言われやすいんですけど、本当にローカライズチーム主力を振り絞ってクオリティ叩き出してくれたので、まずそれのお礼を言いたいです。ありがとうございます。本当にありがとうございます。じゃあ、I take a translation for this part, and then for the localization team, they did their super hard work until very, very last minutes. I mean, until the launch of Endwalker. So, I mean, we tend to receive lots of the appraisal voices to the Japanese team, but Yoshida-san would like to take this time to thank you to all the localization team members. Thank you very much. でですね、特にね、ケイトさんの場合、まあ、北米の皆さんがね、よくね、こう、レディットとかで、講師ってなってるんだけど、漆黒のヴィランズも、行月のフィナーレも、ケイトさんがメイントランスレーターなんで、英語は。So also, Yoshida-san would like to address one thing that I mean, since Shadowbringers, especially on Reddit, people are excited about, hey, Koji, yeah, he's great, Koji. But the truth is, since Shadowbringers, that Kaito-san is the person who is taking the lead of the English translation. いや、もちろんね、コウジだって、作詞協力だったりとか、まあ、ケイさんが悩んだ時にコウジが相談に乗ってたりとかっていうのはしてるから、別にチーム離れてるわけじゃないんだけど、今メインほら、第三開発事業本部もう一個 FF 作ってんじゃん。まあ、コウジはちょっとそっち側なんで、はい。11民にはマイケルってSo, 言った I 方 mean, が Koji 通じ is るやつで still すね。 in the team, and then he is actually doing the supervising, and then Kesan take lead, and then Koji is still doing the writing of lyrics of some songs, and then sometimes Keito-san is asking Koji for his advice. 16もやってんの？ I mean, as a whole of the business, development, BU3, creative unit 3. I mean, they are working on the other Final Fantasy title, and then Koji is kind of busy for that one. So, I mean, he is still working with us, but I mean, the main portion for him is something else. いや、ほらね、こういうことを言うと、ほら、主力は16かとか言う人いるけど、漆黒行月とクオリティ下がってないでしょ、全然。なんで、まあ、先に言っちゃうとね、まあ、わーわー言うから、まあ、言わないようにはしてるんだけど、まあ、一丸となって第3全体で、14も16も作ってますって思っておいてもらえると嬉しいかな。はい。
So yeah, why we didn't say this, I mean, beforehand. I mean, when we say これ this でもあれだよね。 beforehand, I mean, 16出た時にさ、14とのコラボがやりやすいよな。同じ部なんだから。 the dev team are working やってくれんじゃない more on よ、16 and then, I mean, 14 is left over, but コラボな。 that's not the best. 15の時もすぐやってたじゃん。 Entire team are working both on 14 and 16, and then that's the thing. So, and then, you know, the both Shadowbringers and the Walker has a super high ならば覚えている。 comments and then かっこいい。 appraisal. So, I mean, 死ぬまでに一回言いたいや very つ。 well. はい、というわけでじゃあ質問パートに入っていきましょう。はい、それでは質問 Q&A の方に行きたいと思います。はい。 So let's move to the Q&A. So the first part is scenario and lore stuff. 最初はシナリオ設定に行きますので、 16はネタバレの方吉田がやるのでよろしくお願いします。指一本ずつに指輪をはめない So とい the けないで first す。 question is じゃらじゃらしますシステムを説明します。はい私が英語で質問を言って日本語で質問を言います。はいその後吉田さんが日本語で回答したものをケイトさんが翻訳してくださいます。はい。 So let me quickly explain how it works. I read the question in English and Japanese, and then Yoshida-san answers in Japanese, and the Keito-san translate it into English. Yep. Okay, the first question is, I'm wondering what Azim was up to during the final days. Did they hear about what was going on from Bina? And how did they end up parting ways with Emisok and Hideas? Will we learn more about Azim in the future? 古代世界を襲った週末の際、アゼムがどのように過ごしたのか気になります。ベーネスから週末のことを聞いていたのか、エメトセルクやヒトロダイオスとどう別れたのか、今後アゼムについて語られることはあるのでしょうか。まあベーネスからアゼムの座を託された、まあ人がね、まあ古代を襲った週末の際に何をしてたかっていうのは、まず秘密です。So what the Azim who took over the seat from Vinod did during the final days is a secret. で、まあいずれ語るかもしれないし、語らないかもしれないです。ここは決めてないです。ただ何をしてたかはある程度は決めてます。はい。So we do sort of have an idea what they were up to, but we're not sure if we'll have a chance to talk about that in the future. で、ただまあ皆さんさ非化戦だし、ここじゃ言わないよな。まあもしかしたらねアゼムの分割された魂なのかな、みたいな予想も立ってると思うんですけど、まあその皆さんだったら仮にまあ告げられたとしたらどう行動するかっていうのを想像してみれば大体まあ近いんじゃないかなみたいな気はしますけどね。はい。However, I also think because you are all the warriors of light yourselves, probably what you imagine when you think, okay, if I was Azim, what would I have done if Vinod had told me this? That's probably pretty close to the truth. アゼム確定とは言ってないもんな。とかさ、麻雀かなとかさ、まだまだなんか使いに走り回ってただろうなとか、謎はあるのかもしれないよね。ろんなコメントがあるじゃない？だからまあきっと今確定では言わなかったね、吉田。近しいものがもしかしたらあるのかもね。For instance, we have people saying, I don't know, play around with housing, like do some mahjong. If you think so, then yeah, that's probably what happened. はい、はい、ありがとうございます。以上です。では次いきます。Moving to the next questions. Why did Xenos dream of Armorod's final days? Also, how did he come to be a Reaper and learn to manipulate his avatar in time before 6.0? なるほど。ゼノスが以前に週末のアーモロードの夢を見ていたのはなぜでしょうか、また彼が 6.0 までの間にリーパーになりアバターを刺激できるようになっていた経緯も知りたいです。なるほど。まずちょっと思い出していただきたいんですけど、ゼノスの父親はバリスでしょ、で、バリスの祖父に当たるのはソル帝ですね。ソルですね。So the first thing you need to remember is that Zenos' father is Varys and his grandfather is Solus. で、ソルはまあそもそもエメトセルクなので、ゼノスはエメトセルクの血縁者、まあひ孫に当たるのかな。So if you think about it, you know, Solus is Emmett Selk, which makes Xenos a direct descendant of Emmett Selk, like his grandson or so. でこういうなんて言うんだろう DNA の特殊性って、まあ、必ずまっすぐ受け継がれるわけじゃなくてこう突然こう
なんだろう思い出したかのように発言したりすると思うので、まあその辺をイメージするとちょっとなんとなく見えてくるんじゃないかなとは思います。If you think about, how sometimes when things are passed down through DNA, they don't appear in every generation, but eventually it suddenly remembers. If you think about it like that, maybe you can sort of understand what happened here. で、まあ漆黒秘話の中にも、本当サイドオブサイドのストーリーですけど、まあヒントがあるので、ちょっとクリアした今ね、改めて漆黒秘話とかを見直してみるのもいいかもしれないですね。Obviously, this is a side story, but if you look at our Tales from the Shadows, you may find another hint in there, so perhaps right now is a good time to go reread those stories. で、リーパーになってアバターっていうのはね、まさかこの質問が来るとは思ってなかった。とても良い質問なんですけど、なんか話せないです。As for how Xenos became a Reaper and got to use his avatar, I didn't actually imagine anyone would ask this right now. It's a very good question. Unfortunately, I am bound to silence on this matter. いや考えてなかったわけじゃないですけど、話せないです。話せないものは話せない。It's not that I've not thought about this, but I absolutely can't tell you right now. ありがとうございます。Thank you very much. Okay, so next one. I'd be interested to know how the unsundered Ascians, Zora Blair, Elidibus, and Emersilk, avoided being kicked into 14 pieces by Hydaelyn. オリジナルと呼ばれるアシエン、ラハブレア、エリディブス、エメトセルクだけがハイデリンキックを逃れ14分割されなかった理由が知りたいです。テキストをちょっと思い出していただきたいんですけど、まあ、物語行月の最終盤でエメトセルクが、まあ、この時代まで私を残したのはっていうセリフをまず言ってるんですね。So if you think back to the text, towards the end, Emmett Selk did imply that Vinal let him live on purpose. なのでそのハイデリンがかつて放ったその光の一撃っていうものには、まあ、エメット・セルクならギリギリかわせるだろうなっていう、まあ、加減が入ってます。So in fact, she did intentionally leave a tiny flaw in her sundering attack, a crack that Emmett Selk, being Emmett Selk, could find a way to wiggle through. これね、なんて言ったらいいんだろうな、加減って力を加減してるのとはちょっと違って、意図的にこれを使えばっていう、まあニュアンスだと思ってもらえればいいです。It's sort of like, yes, it was a very powerful attack, but intentionally, she chose to do it in this fashion. ただシナリオ中でも語られている通り、その光の一撃ってハイデリンにとっても本当にギリギリ視力を振り絞っての一撃だったので、加減までしてる余裕はなかったので、なんとか彼ならやってくれるだろうっていう、まあ賭けみたいなもんですね。So we said this in the actual game as well, which is that, when Hydaelyn did this attack, it was a very strong attack. It was the limit of her power, so she couldn't really fine-tune it. So, as intentional as this was, when she did her big, massive light attack and sundered the world, she couldn't guarantee that Emmett Selk would live. She was kind of making a gamble. で、まあその光の一撃が放たれる時に、エメット・セルクは、まあ、その場に居合わせたラハブレアとゾディアークの核から抜け落ちてきていたエリディブスらしきものと協力して一時的に次元の狭間に逃げることで、まあ、それをかわしたっていうことになってます。But in fact, what happened was at the time that Hydaelyn performed the sundering, Emmett Selk was with Lahabrea and Elidibus-ish. It was the Elidibus that had come out from Zodiark, so a little bit different from the original version. But nevertheless, he had those two, and he joined forces with them, and then that's how they escaped into the rift without being sundered. まあエリディブスはね、ゾディアークの核から抜け落ちてきた時に記憶もいくつも失ってるし、まあこの辺りちょっと漆黒秘話でもフォローされてますけど、まあ 5.3 のラストでね、エリディブスも失ってるものが多いっていうこともあって、まあただ居合わせたオリジナル3人がまあ協力してたっていう感じですね。はい。Yeah, I mean, you may recall, if you've read Tales from the Shadows, that Elidibus, when he came out of Zodiark, he had sort of lost some of his memories, some parts of himself, and that's sort of the point in 5.3. By the time he dies, we sort of know that, he's lost a lot as well, just like Emmett Selk. But yeah, that's how the Unsundered got out, was by working together.
その3人だけ世界に放たれた頭回り攻撃から頭回りに入らなかったって言われてるシェアダメージ。How is it just the three of them that managed to do this from this thing that busted the entire world into 14 pieces? Well, you know, good question. いや、頭割りから外れないといけない時ってあるからな。次です。Okay, next question. あるんだ Are よ。 there standard ASEANs other than Fandaniel or Black Master ASEANs of lower rank still around? I'd also like to know which ASEANs those two red masks that Gaius carries around belong to. ガイオス何なるほど。ファダニエル以外の転生組アシエンや黒い仮面のカイアシエンたちはまだ残っているのでしょうか。あとできればガイウスに駆られた赤仮面のアシエン2人が誰なのかも教えてほしいです。細かいなところをしっかり見てくださってますね。転生組のアシエンはまだ確かにまだ何人か残ってるかもしれないですね。That is a really good question, and wow, you guys are paying close 誰 attention の to 転 this 生 game. なのかっていうのがすごく But yes, 重くな I って do くるよ think ね that。there are probably still some of the ファダニエル Sundered の Glass ね、 Mask 某 wearing あ Asians れもあるし around.。ただその転生組のアシエンが、何人か残ってたとして彼らが原初世界にいるのか、共造世界のどっかに身を潜めてるのかっていうのに関してはちょっとまだ分かんないですね。But 共造世界のどっかにいるな、多 those 分。 Sundered Asians, however many of them there are, ね、 we 味方って can't いう really ポ say ジションで whether 出て they くる可能 be 性あるん in じゃ the ないかな。 source or in one of the reflections. ちなみにガイウスが持ってたその仮面はウルテマとデュダルフォンです。As for the other ちゃんと part, 決まってるんだ。 the masks that Gaius carries around, they once belonged to Ultima and Dudaliphon. ただ仮面を持っているだけで、果たして本当に倒されてるのかどうかっていうところはまだ何とも我々は言ってないので、なるほど。そこら辺はまだ推測しておいてもらえるといいかな。キャッツアイみたいに仮面だけ泥棒した However, 可能 just 性が because あ he る。 has the masks, that doesn't necessarily Mask mean that 狩り。 he vanquished them. So you'll have to come クロ up ス with ボ your ン own バーで theories マ as スク to だけ買っ what たのか has もしれ gone ない on there. ロビンマスクも死んでないからな、だって。アシエンを倒すっていう方法ってこれまで何回かね描いてはきてると思うんですけど、その辺ともこう重ね合わせて可能性とかを考えてもらうのもちょっと面白いのかもなとは思います。We've had a lot in the story so far about what it takes to truly defeat an ASEAN. So maybe think back upon those things when you're theorizing. はい、ありがとうございます。では次いきます。Next question. コスプレイヤ In ー your みたい mind, に作っ in たかもしれ Yoshida-san's ない。 mind, how much time has passed during the story spanning from 1.0 through Endwalker? I want to know how many years older the Warriors of Light is now. 吉田さんの中では Q14 から、行月のラストまでで劇中ではどのぐらい年月が経過した想定でしょうか。非化線が14の世界でいくつ年を取ったのか気になります。ヒロシはもう結構年取ってる言わもんな。れてみれば。これね実は特にはイメージしてないんですよ。でトレーラ1年も経ってなかったら大変よ。字根底文字の根底を書いて、このぐらいのその風貌にしてほしいっていう時ってなんとなく現実の経過時間、確証だと2年か2年半に1回とかっていう間で皆さんと同じように披露して呼ばれてるウォーリアー・オブ・ライト代表もいろんな冒険をしてこうなってるだろうっていう予想で作ってます。So to be honest, that's really hard, and I don't have a particular figure in mind. When we're making the trailers, when we're coming up with the storyboards and things like that, we actually think about okay, the Warrior of Light has done these different adventures. How would they look now? Imagining it with a time frame of 2 or 2.5 years each time, just like in reality, what you all have done. 今考えても最初記述師だったのは熱いよな。作中ねゲームの中を紐付けないで時間経過のイメージをね結びつけないでいただけると嬉しいです。But the trailers are really not reflecting the length of the story itself. So I would appreciate it if you guys could think of them as separate things. で作中での時間その 2.0 から 6.0 までもう数年としか言いようがないあんまりイメージしてないです。As far as the actual story is concerned, I don't really have an exact figure in mind or an exact imagining of how long it's been since 1.0. 急にドラゴンボールみたいに成長伸びたら怖いもん。実年齢は何歳なんだとかさ。Yeah, I mean, because if I go down that rabbit hole, I will never stop. But how old is Yustola? I don't know. I don't want to think about it. なんであんま深く考えない。フィーリングで感じる。It's better not to think about it and to just Feeling feel and fantasy. vibe. Yes. ありがとうございます。感じて。
考え Hear, feel, think, perhaps. Thank you very much. では続いていきます。Next question. As I understand it, Emmett Silk and his Hyslodeas returned to the Ethereal Sea, so they can now be reborn. If their souls are reincarnated, will the people they become to be able to use creation magics like the ancients? なるほど。エメトセルクとヒトロダイウスは正界に帰り転生できるようになったように見えますが、彼らの魂がもし転生したら古代人のような想像力を持つのでしょうか。まあ正解に帰って魂が浄化され再び肉体に宿るとしても、まあそれは原初世界の人としておそらく宿るのみですね。Well, their souls have been cleansed in the ethereal sea, so even if we say they're reincarnated, that's just their souls being reborn into new bodies in the source like everybody else. まあ分割されてないっていう、まあアゼムとハイデリンの術で一時的とはいえ復活してるのを改めて正解に帰っていきましたけど、まあほぼ前例がないんで、まあどうなるのかっていうのは分かんないですね。まあおそらくは普通の人プラスアルファちょっとぐらいなんじゃないかなっていうのがイメージですけど、まあ分かんないですね。As for what would happen if they were reincarnated in that fashion, we've never had an example of someone who was unsundered being reincarnated like this, so we can't really say for sure. I think maybe it would be just like a normal person, but maybe a little bit cooler, a little bit better, but there's really no way to say. まあこっからは僕個人の妄想ですけど、まああれだけやれることをやり託して世界に戻ったのであれば記憶も焼き付かず綺麗に現れるんじゃないかなって思ってるので、そんなもれを引きずって転生するイメージは僕の中にはあんまないかな。In my opinion, they really at the end they had だから accomplished これ今言 everything って that る they こと set が out to do. そのままかって言われると So わからん their から souls な。 would be completely purified, and I don't know if they'd 後で even 変わる really 可能性は want to 全然あり come ま back. す They よ。 have nothing remaining. They have no lingering memories to address. はい、ありがとうございます。Thank you very much. So the next question. Please tell us whether the star will be named Isserius going forward, or if we are sticking with Hydaelyn. Also, does everyone know the name Isserius, or just the warrior of light and their allies? 今後この星をアーテリスと呼ぶのか、今まで通りハイデリンと呼ぶのか教えてください。また、アーテリスという名前は非化線と周辺の人だけが知っているのか、全世界の人に周知されているのかも知りたいです。まず今のところですね、光の戦士、まあ主人公プレイヤー皆さんですね、その周辺で、まあ週末の仕組みとか週末の結末っていうのを詳しく知ってる人はおそらくアーテリスって呼ぶことになるかなとは思います。I think people who are close to the Warrior of Light or otherwise very familiar with ドラ what クエ happened 10の actually 世 in 界 the の名 final 前なんだっ days たっけ？ might start to call it 割 Ffxiv. とアーテリスっぽい名前じゃなかったっけ？で逆に世界中のそれらの真相を知らない大多数のエオルゼア人はこれまでと変わらず別に惑星ハイデリンって呼ぶと思います。On the other hand, most of the people on the star, most of your average Eorzeans, would probably just keep on calling it Hydaelyn because they don't know any of that stuff. まあただそもそも東方の人たちとかそれから新大陸にいるような人たちっていうのはもともと惑星ハイデリンと呼んでない地域もあるので似てるよね、アされてないですよ世界では。なので呼び方はまたそこに行くと星の呼び方変わる可能性はあるかなと思います。However, there are peoples in the East, for instance, or the New World who never called it Hydaelyn to begin with because they have different cultures. So if we visit those areas, we might find another name entirely. まあ一番実は困ってるのは宣伝チームじゃないかっていう気がします。I think the people who are going to be struggling with this the most is PR team. どうしようやな。だってこう新規向けにさすでに惑星ハイデリンを巡る冒険があって言ってさ光の戦士たちがさいや分かってねえなアーテリスだろみたいなツッコミを受ける可能性もあるしさ。Like now, if you make catch copy that says like, "Oh, a grand adventure on Hydaelyn," then the Warriors of Light are just going to be like, "Did no one tell them?"
すでにね、エンドウォーカー前の時点で、エオルゼアなのかハイデリンか問題っていうのがすでに PR チームありましたよね。We already, I mean, the PR team already 散々エオルゼアも使ってるしな。if we call it Elzer or Hidling. So, yeah, the bigger question. はい。Alright. Thank you very much. 次の質問、シンプルなやつ来ました。The very simple question. Will Xenos come back to life again? エオルゼアはあれだよね。アジアとかみたいな言いましたよね。彼の肉体は、世界の果てでもなければ、なんだろう、今みんなが活動してる場所でもない、世界の割と断りとは切り離された空間に放置されてるっていう状態ですね。So, as you saw, Xenos' body right now remains in a dimension that is separate from our universe and all of its laws. ゼノスの運命に関しては、正直カットシーンで結構丁寧に演出したので、それを見た直感がそのまま答えです。はい。I mean, we depicted his ultimate fate at length in a cutscene, so I think your answer is to watch that and see how you feel. ちゃんと呼吸っていうか心臓止まる演出されてるでしょ？ I mean, we did show him stop breathing and his heart stopped beating, right? 死んだんだ。はい、ありがとうございます。ただ正解っても暴れそうだからな。次の質問です。Next question. If you look at the source and its reflections today, they are inhabited by various races such as Mikote, Aura, Lalafels, and the like. However, all the ancients seem to be of a hero-like race. Is there a lore regarding how mankind came to have such varied appearances? なるほど。現在の現象世界、共造世界にはミコッテ、アウラ、ララフェルなど様々な外見の人がいますが、古代世界にはヒューラン風の人しか存在していないように見えます。今のようにいろんな外見の人が現れた理由について設定があれば教えてください。全然質問が頭に入ってこなかった。コメントでさ、ごめんね。本当に、いやゼノスがさ、友よ、無人島で待っていたぞっていうのを見ちゃってさ。It's really distracting because I'm looking at the comments and everyone is writing like, my enemy, my friend. So 前田です。無人島だっつってんだろ。無人島にも行くやろ、ゼノスなら。look, just leave us プロ alone. ペラ、 Okay. プロペラのやつ乗っていく質やろ。問はですね、種族が、はい。古代人は全部ヒューランっぽいんだけども、いろんな種族、外見の人がいるけども、なんか設定あるんですかっていう。But races. もうハイデリンがそれ分けるとき世界が分かたれた時に、人っていうのが全ての生物が不完全なまず存在になりました。Okay, so when the world was sundered, all livings became so-called incomplete. でも不完全だからこそ長所と短所っていうのがより強くこう現れていくことになります。But it's that very incompleteness that allowed them to develop strengths and weaknesses, and that over time sort of compounded into racial traits. その長所と短所っていうのが、長い世代をこう経ていくうちに種族との外見だったり特徴だったりっていう風にそれにこう現れてきたっていう風に僕らは解釈しています。それはなんかあれだね、11も同じ感じで分かったるし、人たちだから割と近いイメージはあると思う。Increase, be stronger, and in certain tribes will compound into distinctive features. ここは世界設定側からのコメントだったりするから、ちゃんと設定なんですよ。なんで耳が伸びたのって書いてあって、多分もともとすごい聞こえてたのに聞こえなくなって一生懸命聞こうとしたんだろうね、多分その人は。Look, I don't know the official lore for this, but people are asking things like, okay, but why are the Mikote's ears so big? And I think, maybe they couldn't hear that well, and they tried super hard to hear, and maybe that is what led to them eventually developing those big ears. もうララフェルはじゃあなぜ縮んだって多分圧を強くしたかったんだろうね。So why are the Lalafels so tiny? I don't know. Maybe they were under a lot of pressure. Maybe they were really intense. はい、ありがとうございます。はい。Thank you very much. では次の質問です。Next question. The ruins beneath the bounty, treasure islands, and fabled golden cities mentioned by Emmett Silk haunt by my daydreams. Can we expect to be able to loot them someday? エメット・セルクが言っていた壮大な伏線、北上海に、潜む海底遺跡、気泡の島、まばゆき黄金鏡などが気になって仕方なく夜しか寝られません。
これらの回収は期待してもいいのでしょうか。サムデイクイックアンサー。まあこれまでファイナルファンタジー14って、まあ、僕が引き継ぐ前 Q14 っていうのがあって、まあ、いろんな地名っていうのが出てました。Someday, you say. Yes, well, I mean, as you know, we've had a lot of different place names crop up in 14 in the past. まあ、イシュガルドの門も開いたし、アラミゴにも行ったし、あとは東方にも行き、オールドシャーレアンへ、まあ、到達してね、サベネアにもまた東の入り口にしか行ってないしな。And you know, we've been able to go to a lot of places. The gates of Ishgard opened. We went to Alamigo. We went to the Far East. We went to Old Sharlayan, and even Thavnair. まあこれまで出てきた地名はなんとか行けるようにこう頑張ってきたんで今後も頑張るんじゃないかなと思います。We've tried really hard to make sure that you could visit the places we've mentioned so far, and I want to keep doing that. はい、ありがとうございます。Thank you very much. では次です。Next question. In Elpis, Emmet Silk adjusted our warrior's lights to be closer to the ancient's height. Given how tall Midian was compared to us then versus in the present day, I feel like she shrunk. Did something happen to her in the intervening time, or is there another reason for this? エルピスで非化線はエメトセルクの術で、古代人サイズに大きくしてもらいました。その状態の非化線とメーティオンの身長差を考えると、現代で非化線と対峙したメーティオンはかなり縮んだように思います。長い時の中で何かあったのか、理由があれば教えてください。わかりました。もうその前にさっきのね、まあ、行けるところはまあできるだけ頑張りますみたいな言ってたらね、もう楽しみすぎて夜しか眠れないみたいなコメントが多くてね。Just before that, I want to address everybody seems really excited by my response to the previous question, and is saying things like, "Oh wow, I will only be able to sleep at night because of this." 正常ってやつよね。みんなまあまあでまずちょっと思い出してほしいんですけど、ウルティマトゥーレっていうのは思いの力のみが作用する空間だっていうことをちょっと思い出してください。Okay, but back to size issues. So I want you to remember that Ultima Thule is a space where emotions are the only reality. その冒険の中で皆さんにね経験していただいたように、その見えている通りにものが存在するんじゃなくて、認識、あなたがどう認識しているかっていうのが光景に反映される中域なんですね、あそこ。So what you see when you're in Ultima Thule is in accordance with the Warrior of Light's internal experience, not some kind of physical reality that's out there. だからあの時光の戦士、冒険者が思っていたメーティオンに会いに行くっていうその思いが投影されてます。なのでそのメーティオンの姿っていうのは当然非化線がエルピスで見た時の光景を再現しようとするので、なのでそのエルピスの時、まあ、本人がとのだからスケール比をそのままイメージされてるので、姿でビジョンになってると思ってください。So as the Warrior of Light, you are traveling to Ultima Thule to find Meteon. So the space reflects that, and it reflects your internal perceptions. And the Warrior of Light has memories of Meteon from Elpis. In a certain proportion relative to themselves. So the Warrior of Light is thinking, she's about this tall. And that's why she appears that way in Ultima Thule. だからこれはそのウルティマトゥーレに現れたエメットセルクやヒトロダイエスも同じで、そのあくまで中域はディナミス、思いの力がビジョンを取るので、まあやっぱり相対的に光の戦士である自分から見た時のスケールで、まあ再現されてるって思ってもらえれば良いかと思います。So, and the same kind of goes for Emmet Selk and Hythlodaeus when we call upon them. Ultima Thule is a place controlled by dynamis and emotions. So really it is your internal conception of these people that determines how they appear. もう確かに光の戦士大概記憶ガバガバだって言ってきたけどよっぽどあれだったんだね、大事な局面だって思ってたんだろうね。This might make you judge the Warrior of Light just a little bit, but
this is how it's 正 remembered. 式名称はアロコスっていう、はい。はい、ありがとうございます。Thank you very much. 太陽系 So the 外 next 天 question 体やって。 is, I wanted to harvest 出てき some そうそのうち。 Savnarian onions while I was in Savnair. Where are they keeping them? サベネア島でサベネアの野菜を採集したかったです。どのあたりに生息しているのでしょうか。なるほど。こちらはですね、世界設定に確認してまいりました。おう I asked the lore team about this and came here. チョコボの餌としてね、うん格別な効果を秘めているものなので、サベネアうんの野菜っていうのは、おそらく高原キャベツのようにサベネア島の中でも特別な場所でしか栽培できないものと思われます。なるほど。 So these Thavnarian onions have these surpassing effects as chocobo feeds, so they must be a really unique cultivar. And I think similar to in real life, the cabbages that can only be grown in a certain village in Gunma, they're probably only available in a very small area of Thavnair. すべてはライブ班ノンコンバットコンテンツチームという名の神様の、さじ加減次第ですというふうに回答が来ております。Such things, they are dictated by the whims of the gods that we call the non-combat content designers. つまりこれはあれです。華麗に世界設定からライブ班へヘイトをスイッチしたということですね。シャークされてしまいました。In other words, it's their fault that this is how they've interpreted the setting. 仲良くやってください。はいありがとうございます。Thank you very much. では次の質問です。Were Zodiac and Hydrin completely destroyed? Or are there still standard parts of them on the other reflections? なるほど。ゾディアクとハイデリンは今回で完全に消滅したのでしょうか、それとも共造世界には分かたれた体があったりするのでしょうか。どうでしょう。これはもう明確に答えてしまいますが、はい、ハイデリンは完全消滅です。I'm just going to give a straight answer here, and that is Heidelin was completely destroyed. そしてですね、ゾディアークに関しても、ファダニエルに乗っ取られて核を完全に破壊されたので、ゾディアークも完全消滅です。なるほど。Similarly, Fandaniel crushed Zodiarc's heart, which is his core, まあそうじゃないと and 完 that 結とはな completely らんもん destroyed な。 Zodiarc. 各共造世界にこう分割されて封印されてたんですけど、ゾディアークって、だからまあ見てもらえれば分かるんですけど、ゾディアークっていくつかのパーツまだなんかこうワープしたかのようなこう次元の別次元にこの先あるみたいな感じになってると思うんですけど、各共造世界に当然封印されてたんですけど、何個かは合体して本たもんね体が完全消滅したので、それらのパーツも全部消滅してます同時に。There were, of course, parts of Zodiarc in the other reflections. When he was sealed, he was split across all of them. But at the same time that his main body was destroyed, they all would have also faded into oblivion. はい。なるほど。ありがとうございます。Thank you very much. では次です。Next question. I don't really understand why the Wall of Light messing around in Elpis didn't create any alternate timelines. Can you explain what happened? 非化線がエルピスで過去に干渉した後、未来が枝分かれせずにつながった理由がよく分かりませんでした。その辺の仕組みを教えてほしいです。まあ正直なところ自由に解釈していただいても構わないっていうのがまず前提です。難しいよね。なんかこう Well, I think the most important thing is to say I think you all can come up with your own theories for this one. ただまあ僕個人の解釈としては、まあそもそもつながっていたんだっていうふうに解釈してます。My personal interpretation is that the timelines were always the same. そうじゃないと辻褄では合わない。まあつながらない可能性っていうのも当然あったと思うんですけど、ベーネスが光の戦士に対してまあその全力で対応してきた結果、なんとかつながったんだろうっていう解釈もまあできるかなと思います。Another interpretation you could have is that maybe Vana worked really hard behind the scenes to make sure that the timeline didn't go awry. まあだからそのベネスが描いた計画っていうのに光の戦士はまあ知らないうちにこうね全力を持って
皆さんがこう対応してきたことによってまあつながっていくという奇跡が起きたんじゃないかなと。And therefore, the Warrior of Light was sort of always acting in accordance with this plan of Vinaz. So the timeline that we're aware of didn't change when we went back to affect it. 嘆きの海で初めて光の戦士が降り立った時にアルゴスが懐いていたという時点で、つながることが確定したかなという認識ではいます。確かに。I personally think that when we went to Mare Lamentorum and we first met Argos, and Argos, really took to us and we were able to ride him, that is basically proof that, okay, at that point, the timelines were going to work out. まあ、6.1 で強くてニューゲームに行月のフィナーレ対応するので、もし気になる方はもう一度ね全部見た上でもう一回おさらいしてもらえるとまた見えてくるものあるんじゃないかなと思います。We are adding all of this stuff to New Game Plus in 6.1. So if you're interested in this, I suggest you replay it and think about this question while you're playing. はい、ありがとうございます。Thank you very much. So going to next question. 次の質問いきます。はい。In the trailers, only the Warrior of Light seems to age, where the other characters always look the same. Will we ever get to see a grown-up Alfino analyze? トレーラーでは主人公であるヒカセンの年齢だけが上がっていて、他のキャラクターは年齢が変わってないように見えます。アルフィノ・アリゼが成長した姿を見られる日は来ますか？変わんないんじゃない？悩ましいんですよね。ここまで変えてないんだから。That's really 急に hard 変え to れないやろ。 say. いや僕もね正直ディレクターとしての遊び心っていうのまあゲームの開発者としてその拡張でそして数年後ってやってこう物語の中でね成長したもう実年齢としてその身長も伸びね全部 NPC も周りも全部作り直さなあかんやろ。そのよりこう可愛くっていそうれをのはちょっとやるなら違うあれだもんな。第一世界でやるべきだったもんな。成長したアリゼとか描いてみたいって思いはあります。On one hand, so as a director and the developer myself, That's it sounds fun to me the idea. when I think about depicting, years later, a taller Alfino and Alice who are cooler and maybe cute in a different way. ただねやったらやったでね前のアルフィノとアリゼが良かったってすげえ言われる気がしててOn the other hand, I also feel like if we did that, we'd get a lot of comments being like, 世界でやっ oh た my ら god, I 行 really 月 liked は them 元に戻せ better たもんな。 before, I hate this. でもさ一回やったらさ時を遡る以外にもう方法がなくなるじゃんAnd if we do it once, we can't go back, so that's a problem. だからなんかちょっとやりづらいんすよね So it's kind of hard to pull the trigger on that one, I think. まあなんかワンピースっていう漫画とかでよく原作者の小田先生がコミックスのコラムというかねコーナーで読者の皆さんに何歳になった頃のゾロを見たいですって言われてるまあ書かれてることがめっちゃハゲ散らかしてたりするやつな。もし年を取ったとしたらみたいなのをアートとしてちょっと作ってみるとかはありかもしれないけどSometimes you'll see with manga like One Piece, the author, Oda Sensei, he will have a corner where he answers readers' questions. And they might say like, oh, I want to know what Zoro would look like at such and such age. And he'll draw that for them. So if it's sort of like a what if scenario, we might be able to サン give クレ you ストで something 5 in 人 that いたん vein. でしょだって。あれだね意外とコメントではシナリオ上はそれはやらなくていいなんか何年か飛ばして成長した2人が出てくるとかはまあ別にいいよやらんでいいよっていう声結構多いなI'm getting a lot of comments that are like, it's really fine. Like no matter how many years pass, it's fine if you just leave them as is. だからまあパラレルとかマルチバース的なすごい do it っていうコメントがすごいやれって言ってる違う次元に行った時にそこにね別のアルフィノアリゼがいてもいいとは思うよな。 What's up, do it もうそれしかないんじゃない？もしやるんだとしたら。なら戻ってきたら Everyone's just ア yelling, ーテ do ミ it スの over は and over. 今のキャラでいいわけだし。いやでも相当慎重にチェックしてフィニッシュしないと本当ですね怖いな大変なことになる We really have to be careful about the heights then. I'm kind of freaked out. はい、ありがとうございます。
次の質問いきます。Moving to next question. それこそバックトゥーザフューチャーみたいにアルフィのアリセのお父さんとお母さんをくっつける前の世界に行ってその二人と冒険するとかでもいいやんな。ベーネスは魂も残らないだろうと言っていましたが、魂が残る残らないの違いは何でしょうか。好きなキャラなのでどこかでまた見たい気もしております。魂というものもエーテルではあるので、まさしく本当に全ての魂のを構成するエーテルすら全て使い切ったっていうのが答えです。The answer is that souls are also made of ether, and she used up so much ether that also all of her soul was gone. ゾディアークはニエ、その召喚のニエになった人たちを吸収しつつも、その魂だけは内部でこう保持してた。で消滅させずに残しておけたんですけど、ハイデリンってベーネス含めて召喚者のその魂を保管しておくほどの余裕がない。なぜなら14人委員会の決断としてはゾディアークを作り出すなので、猛烈な少人数なわけですよ。By contrast, okay, so Zodiark was summoned using sacrifices of a lot of people, right? But he was able to only use their aether aside from their souls up, because he was very strong and he was summoned by the convocation of 14 and all of that. But Heidelin had a much weaker summoning, and because of that, she didn't have the option to sort of leave the souls untouched. And including Vinaz, she ended up using all of their ether. パッチ 5.2 これ終わってからベネスハっていう単語が出てきてイベント見返す人増えそうやな。今一度ちょっと見返してもらったりするとまたちょっと面白いかなと思うんですけど、全世界の大多数の古代人たちが協力しているそのゾディアークっていうものに対してっていうことなので、その辺の力関係っていうのはちょっと思い出してもらえるといいかなと思います。So in 5.2, there was some discussion of Vinaz's group that assisted her in doing this, and also of how much of the ancient people were sacrificed to create Zodiark. So if you look back at that time, it might be of interest to you now. 最後の最後にその自分の魂という力だけをベーネスは残していて、それを光の戦士というか暁と戦うために使ったっていうのが回答です。At the very end, Heidelin, she still had her own soul, Vinaz's soul, but that was the very power that she used in fighting the Warrior of Light. だから言ってましたよね。ベーネスあなたも力があって問いかけられたのに対して、大丈夫、この一戦をやり遂げるだけの力は残していましたって言ってるのは、自分の魂をそこに当ててるっていうふうに思ってもらえれば良いと思います。When she tells you before the final battle with her that she saved enough ether for this fight with you, that is Vinaz's soul that she's referring to. はい、ありがとうございます。Thank you very much. So the next question. 大変重要な質問な気がします。The very important question, next one. Now that Heidelin is gone, will the Warrior of Light no longer have the blessing of light? Or will he stick to around like the illusory armor? 今回のストーリーでハイデリンは消滅してしまいましたが、光の戦士にかけられた光の加護の術も消えたのでしょうか。それともアーモロートの幻影のようにまだ残っているのでしょうか。ベーネスが施した光の加護は、消えないと思ってますし、消えないであってほしいなっていうふうに思ってます。パッシブになりました。I really don't think that the blessing of light will disappear, and I wouldn't want it to. 最後にハイデリンというかベーネスが私の思いがいつまでも愛しき子らを守りますようにっていう願いがちゃんと加護として残り続けていくっていうのが、ある意味最後にかけ直してくれたかもしれない加護だというふうに思っていたい。僕個人的にもね。はい。全滅した時にバフが残ります。Perhaps she re-granted the blessing at the very end, but either way, I want to think that it will always protect the Warrior of Light, just like she said, my love will be with you forever, my dearest children. それこそが改めてね、光の加護かなという気がしてます。はい。
はい、ありがとうございます。 Those words, I think, will be the blessing you carry forward. Thank you very much. では次の質問に行きましょう。So going to the next question. In the cutscene after the level 87 dungeon, we see a red sigil appear before Emmett Silk's face. Does that mean such sigils aren't an ancient thing, but rather identify one as belonging to the convocation number 14? Please explain the lore. レベル 87ID の後のカットシーンでエメット・セルクが顔に浮き出る赤い印をねこう発動させていました、ということはあの印はアシエンの特性ではなく14人委員会の身分証のようなものなのでしょうか。改めて設定を教えてほしいです。まあ身分証というのはちょっと違うかなと思うんですけど、まあ14人委員会のそれぞれの座に選ばれるような人っていうのは、まあ、膨大な魔力とかそれぞれとてつもない能力をまず持っているので、それらの力を解放した時にその浮かび上がるっていうふうに思って、もうリミッターというかねを解除したみたいななんとなくイメージだと思ってくれればいいです。金髪みたいなもんね、スーパーサイヤ人の。So it's not really just there for identification purposes, but yeah, if you think about it, every person who takes a seat in the convocation of 14 has really intense magic power. So basically, it's like it appears whenever they use grand magic, almost as sort of a limiter to constrain their magic. で、あれはマークは14人委員会のそれぞれの座を示すマークなので、14人委員会以外の人が俺も力を解放するぜってやっても出たりはしないです。However, each sigil does indicate the member's seat on the convocation. So, you know, even if someone who's not on the convocation was like, oh yeah, magic time, wow! It's not going to show up on anyone else's face. そう、勝手にね、俺は第15の座を名乗るぜって言ったところで出ないです。You can't just name yourself the 15th seat and blast it and hope it'll appear. まあ、みんなモズベイの座には座りたくないよな。いろいろ想像もできるかなと思っていて、まあそれだけ強大なパワーを持っていて世界から認められる14の座についてるってことは、まあそんなに無尽蔵にバンバン力を振るなよっていう意味もあって、まあ出すと14人委員会の人間であるっていうのがバンって出る可能性はありますよね。だから座を引き継げば多分、ヴェーネスには出ないですね。多分座を渡してるので、はい。I think it's also probably connected to sort of the convocation's responsibility. These are people who have been acknowledged by society as having this grand power and taking up these seats. So, you know, you don't want people just randomly wandering around blasting magic without knowing who it is and for what purpose. So it sort of indicates that they've been chosen for this role and keeps them in line. And for that reason, I also think that when you leave the seat, for instance, when Vana gave up her seat, she would have also given up the sigil, so it would no longer appear on her. 吉田の座はって聞かれてる。吉田の座はね、継ぎたい者が誰もいなくてちょっと寂しいんですよ。So people are talking about the seat of Yoshida, but it just kind of makes me sad because I think there's nobody who could take up the seat if I gave it up. しかも紋章も出ないからね。Also, I don't have a cool symbol on my face. はい、なんだありがとうございます。次どうぞ。では続いて次の質問に行きます。So moving to the next question. In concluding this story, were there any threats you found difficult to wrap up, or bits of lore that you secretly changed or disregarded? 物語を一旦完結させるにあたり、回収が難しかった伏線、こっそりなかったことにされた設定やなかったことにしたい設定はありましたか？こちらもですね、世界設定チーム、小田さんからいただいてきました。This is also one that I had to ask the lore team, specifically Oda-san, about. 初期設定とか裏設定と呼ばれるものはその時点での想定でしかなく、物語を書き進めるうちにより詳細化されるものもあれば消えてゆくものもあります。The initial setting and background lore are only plans that we draw from. So it's not unusual for the details to change or disappear as we write the story further. 感じだったやつな。
マイリーさんが書いてた。まあそれはね、行月のフィナーレに限らず Q14 から申請へのまあ移行過程でも同じで、まあ Q14 やってた方はご存知かもしれないですけど、まあ、回収しきれなかったという意味では相棒という存在は回収しきれなかったです。That's not only true of Endwalker. Like, you'll probably remember if you played 1.0, there was a lot of changes between 1.0 and A Realm Reborn, and some of them we couldn't really retcon properly. For instance, in 1.0, the Warrior of Light had a partner character. Q14 知らない人に説明するとね、相棒っていうキャラクターがねいたんですよ。で何者かよくわかんないんですよね。Well, we had this very temporary partner though, and like so we didn't really know who exactly it would be or anything, and so we kind of just ignored it. あれは共存世界の自分が来てたんだとかね、いろいろいやなんかこじつけようかなとも思ったんですけど、もうどうにもならないんだっていう。When you're making this world, you're sort of just like, まあもう触ることはできないから特に触れなくていいんじゃない。まあなのでまあ時々ありますよ。付箋として使おうかなと思ってたけどまあ使えないからもうそのままにしておこうっていうのもあるけど、大部分は綺麗にいけたと思う。黒曜石サビクなんかはまだいけるかなとは思ってたりするからあれですけど、はい。And so yeah, there are some things where you'll just be like, we'll just ignore that going forward. But in most cases, we do try to wrap up things, and you know, maybe if there are things we haven't addressed yet, we can wrap them up in the future. はい、ありがとうございます。それでは続いてですが、next question. Will we have a chance to learn the identities of the full convocation of 14? は今後14人委員会の構成員について全員の、真の名前を知る機会はありますか？僕黒成績黒曜石ってさめっちゃ突っ込まれてる。あ、黒成績ですね。はいはい、はい、黒成績で14人委員会のその座とともにあるその真の名マナに関してはすでに決まってはいます、はい。So yes, we have decided the true names and identities of every convocation member. まあそれらを皆さんが知る機会があるかどうかは今後の展開次第ですねって悪い顔をして終わっておきます。Whether we tell you that in the future sort of depends on how the plot develops. 公式でね、物語として紡がれることでしょう。スマイル。ありがとうございます。では続いていきましょう。次の質問です。Going to the next question. Benar had good intentions and her plan worked out in the end. But as a result, the world was sundered and most of the ancients suffered for it. Was sundering the star really the only way to save it? ベーネスは善意の上で行動して結果的に良い方向にはなりましたが、その経過では世界を分断し多くの古代人を不幸にはしました、今回の結果を導くためには世界を分断するのは必須だったのでしょうか？必須やろ。まあシナリオ系とかはなっちゃんとも話をしてこうテキストをまとめているんですけど、その回答をね、まあ少なくともベーネスってヤシトラがまあ推測したようにエーテルが強すぎる古代人ではデュナミスにそもそも干渉することができない。結果その終末を根本的に止められないっていうふうに考えてます。So I also consulted with Natsuko Ishikawa and the scenario team to come up with an answer that hopefully will make sense when we explain it. But at the very least, as Yashola theorized, Vina believed that the ancients, being so dense and aether, could not control dynamics, and so she thought that they could not have stopped the final days at its source. じゃあ別にそのゾディアックで、まあ、根本的に解決できなかったとしても天の断り、まあ、つまり天脈を強化して、まあ、絶望ビームを弾き返してるんだからそのままなんとかやってきゃいいじゃん、としたとしてもいずれ今の古代人たちの考え方では、まあ、大敗的な末路をたどってしまうだろうっていうのもそのまあヘルメスの言動とかを見てても自分自身気づかされるところがあったんだろうなというふうに思ってます。
So, you know, there were the other ancients who thought that, okay, we summon Zodiark and that'll be our solution. But she saw them summon Zodiark and sort of use that to deflect Meteon's despair beam and thought, you know, even if we do this, if we keep going along as we are, the rest of the ancients will probably be unable to change. When she's looking at Hermes and everything, she thinks, okay, we can't change as a people and we will always be our own undoing. まあ確実とは言いはしないですけど、最終ダンジョンのラストレムナントのフェーズ3ラーラーが暴れ回ってるところは、なんとなく古代人たちがあのまま続いてきたらこうなってただろうなっていうイメージで作ってはいます。If you look at the dungeon, the dead ends, at the very end there's a boss called Dala, and that is sort of our vision for what probably would have happened to the ancients if they had just continued as they were. だからそのために世界を分割して人が持つエーテルをとにかく薄くしていずれデュナミスっていうものを使いこなし、人が終末そのものと戦えるようにしたっていうのがベネスの考えです。So for that reason, she chose to sunder the star to dilute mankind's ether, so that someday they might be able to use Dynamis and to fight back against despair and the final days at the source. ごめん。本人も言ってましたけど、これは善悪が語られて良いわけではなく、お尻で今、私今お尻からすごい引き抜いたらそれで押しちゃった。苦労はベーネスが全部尻版が出ました、モズベの。背負っている。ごめんね、新幕。削除されたメッセージを表 As she 示しておき herself ましょう。 says, this is not really a simple matter of good and evil. すいません、今本自当に。分で消したんかと思った今、シンバ君が。びっくりして見たら、今、モズベさんによって削除されました。 upon herself for all of this time. ごめん。すぐ尻版するやん。僕特に思ったんですけど、ちょっと、まあ、皆さんこうベーネスすごくいろいろな思いをね、プレイヤーの皆さんモズベさんの今、興味のある話めっちゃしてるでしょ。ベーネス疑ってごめんよと。ちょっと今、急いで帰ってきたから何話してるかわかんないんだけど。I think everybody has a lot of different feelings about Vina, and you know, ハイデリン we は wanted to communicate that, you know, Hyland's not a bad guy, but 14分割しなきゃ世界を分いけな割してかったのかみたいな。人を14に分けてそのデュナミストを使ってね、その終焉を歌うものにぶつけようなんていうことを決断し考えれる時点でやっぱり彼女も古代人なんだなって思うんですよ。But it's this very decision that she made いや、め to っちゃ say, ベーネス okay, 関 I'm 連 going も to いい split 話出てた everybody ね。 into 14 parts. エメトセルのたちを実はそのちゃんと助けようとは思ってたっていう。 That decision really makes me think, yeah, she was definitely, Vina herself was definitely an ancient. ちょうどその時に、だからジョイフル言ってた。 5.0しくっとるやんけ、お前の、まあ、ラストでね、で、コメントにベーネスって言いながこれら、が最後のテイクアウトでお持ち帰りで。なるほど。今反じるから食うのっていうことをやるでしょ。食べ終わった何度も反じてきたんだと。その度になり損ないどものなんかダメなとこ見てきたんだ俺。もういいよ、じゃあ最後もう一回だけ見てやるよって言うじゃない。At the end of 5.0, so we find out that Emmett Silk, this whole time, he's been making these decisions about all of humanity, about how they were imperfect creatures these days. But at the very end, he gives you one more chance and reevaluates his judgment. で、今回ヘルメスもやるでしょ。いや、ほんとそうだね。改めて一気にね正し。く判じを人の行く先をものすごいなんか不必要なぐらい公平性にこだわるじゃない。その自分の記憶も全部消しておいて自分は人間側につくから何してんの君っていう。Hermes is also concerned with this to the degree that he erases his own memories so he can once again reevaluate humanity and everything. He's ヘルメ really ス最悪 concerned でしょ。 with もうあいつ一人のせいで大変そうなことにななんった。よ。そうなんだよな。ぶっちゃけ言うと私は、判じるっていうあいつ一番メイティオンも巻き込んじゃって、ベネスの歩みっていうカットシーンの中でいいとは思いますけど他人に期待をしない。剣を構えて今から私は世界を他人に期待をしちゃいけないんですよ。まあ、あれってまさにもう半汁だと思ったんですよ。あいつ、全世界丸ごと半汁んかいこの人っていうのがやっぱりね、僕が思う古代人の怖さというか完全性というか、古代人の怖普さやな通はあの決断ヘルメスは人間にはできないぞうん、そうだね。っていて、その先の苦労も
含めて計算した上で別の方向に向いてたらヘルメスは本当にいいやっぱ彼女も古代人だな方向に仕事をしそうな感じはするんだけど、未来を見てなかったよな Vina ヘル herself メスは never talks about herself in this lofty way that she's making a judgment on all of mankind. But when we see her in that cutscene holding the sword and saying, you know, henceforth he shall メイ walk ティオンがさ、またやっぱその幼い女の子っていうのもあるから、なおさらすごくそこら辺に残酷感を感じた。自分はね、幼女幼女が闇落ちしていく姿。 we wouldn't be able to make such a decision for all of mankind. So when I see that, I really think, yeah, Vina was one of them. まあだからエメトセルクね人気は高いけど、そもそも私が判じてやろうって、まあアルフィノに言わせればなぜお前にそんなもん判じられなきゃいけないんだっていう話だし、エルピスの花めっちゃ欲しいんだよね、あれ。売ってるよね、確か。300円均一で売っててみんな買ってるじゃん一斉に。で今めちゃくちゃ在庫もう一段その古代人っていうのがどういうこう人たちなのか偶然にあったんだって、その本当エルピスの花と全く同じのお花が売ってて、今それが在庫切れになるぐらい非課船さんたちが買ってってるっていう。You know, M itself is very 調べたらあるよ。 but, I sort of agree with Alfina when Emma's 全く一緒やから。 judging people. What right does he have to do that? And that may actually be the case with Vina as well. Like, what right did she have to do that? We've 全然ないけど shown various things about the ancients and how different they were from us as people and how they were sort of the same. So I think if you go back and look at all of these parts, including the side quests with the ancients in them, you might find it interesting. そういうお前だって吸盤を判じてメテ落としたやろって言われた。 People are criticizing the hypocrite being the great あ本 decider 当だ here. ちょっと悪かっためっちゃな落としたから。どうしようもなかったんだよ。悪方がツイートしてるんですけど I mean, I had これ to ですね though to make this. ね、これ100均で売ってんだってエルピス売っじゃんてるのよ。いやいやいや。そう、エルピスの花。 Maybe anxious. それ欲しいんだよね。 He insists. なんで模造隠すの？はい、ありがとうございます。では私がエルピスの花なのかい？もう一問いきたいと思います。こんにちは、エルピスだよ。 The Solstice moon was made めっ to ちゃエルピスだよ imprison ねこれ Zodiac after the sundering. ま But んま what 本当に about the first みんな100買ってっから。 was Eceris 100均っつってもちょっと行かないと田舎にはない100均やね。ダイソーとかじゃない。現象世界から見えてる月あごめはんちょ世界がっと話聞こう分かたれた後にゾディアークを封印するために生まれたと思うのですが、第一世界から見えてる月は一体何なのでしょうか。アーティリスだけが多次元に割れていて惑星外宇宙には影響なかったのでしょうか。キャンドゥやキャンドゥおもろ。うんまず共造世界にある月にも意あるんだ。味はあります。 First of all, I want to tell you that the スタッフ reflections 細胞みたいに moons 言ったな今 have their own significance. ありますなんですが、今はお話できません。なるほど They 今 do, 後の but I can't tell you what it is. ハイデリンキックめちゃめちゃおもろいな。キック光の一撃で、まあ、ゾディアークごと世界が分割されて、その後共造世界においても原初世界でそうしたのと同じように分断されたゾディアークの一部を封じるために月が作られてます。月がまあ生じてるって言った方がいいのかな。So after the sundering, after the star was sundered and Zodiac Zodiac wasに月はあっ imprisoned たよな。 in the moon that we know, moons 一番 were 月 created, が or you could probably 関 say 係あるゲーム appeared だよな in all the other reflections あ、そう with なん pieces だ of。Zodiac in them as well. フォなのでこーと同じぐの辺りは破らい月が綻のないように関係あるきちんと作ってはあるので、まあそれが何なのかはまだ話せないんですけど意味はちゃんとあります。はい。We're going to show this properly later, so I can't give you spoilers now, but yes, there is some meaning to these. はい、ありがとうございます。Thank you very much. それではですね、ここからはですね、シナリオとか設定以外の、動画関連の質問に行きたいと思います。So from this 設 point, 定終わりか the questions 面白かったな are not 設定コーナ related ー to scenario ちょっと後で見るか、ちょっとハルララさんがまとめてくださってるんで、 During the それ見よう。 development process, what part of Endwalker すごい were you 的確にいろいろと perfectionist about? は行月のフィナーレの制作の中で吉田さんが最もこだわった部分をお聞かせください。あ聞きたいそれ海外インタビューみたい。
いやもうね、ありとあらゆるところなんですけど、ちょこちょこじゃあ特に私はっていう意味だとお仕事をしながら今回聞いてきますんで各カットシーンにおけマイクミューるト解除してください。キャラクターのはい目線、それから会話と会話の間の間、あと喋ってる最初の仕草演出会はもはう。かなりその1カットシーンずつ細かくその演出やってるそれぞれの担当者と話をしてこだわらせてもらいました。目線は本当気になる So んだよね。 first saying the things okay that I am the very Nani? most Nani? particular about. This time I would say in 2000 every single なんて言ったらいい cutscene I was concerned with the 2000 direction the 2000円の characters 話してないですよ。 were looking, and also the time 目 between 線ね。 dialogues and conversations, and also the motions, especially at the beginning of each character's speech. なんか目線は目線と待って僕特に目線って大事だよなでやっぱり演出する上でそのうん目線って顎を向けることが目線なのではなくてやっぱり14目からのさ先に動く、で首を振らなくても目線はあれなのかな、ちゃん仕事せとよねやっぱりこう手動でやってんのかな。その視線を送るってあったとしてもデトロイトはあれだったじゃないですか。モーションキャプチャーはできるんだけど動きは。ただ目線に関しては手動でデトロイトはやってたの確かビカムヒューマン。今喋ってるからいいよ、 Personally, お I 前 think 喋ん the なくて。 direction of the gaze and how黙っ the とく gaze や。 works is really important. コメントに Your eyes convey a lot of emotion. ちょうど Emotion. SP が It's not 喋ってる just 時に一番うるさい文 okay, 字 your が。 whole chin moves, and that's your gaze, right? So in the No, stage directions and 喋っていいのに。 such, I was really concerned with. Okay, are your eyes going to move first? Is their whole head going to turn? What's the most natural way to convey this expression? あとは基本的に14の場合プレイヤーの皆さんにテキストの進行度合いとかはちゃんと自分のペースで決めてほしいと思ってるから、まあボタン送りがあるんですけど、それを許さない、ここはもう演出マックスでいくから自動送りのみっていうシーンに関してはやっぱりあるね。喋った後に言葉を飲み込んで次の言葉を発するとか、受けた相手がそれを飲み込んで自分なりに咀嚼してから答えを返すっていう、その無言なんだけどその間ってとても大事、みんなにいろんなことを考えてもらうために大事なので、そこもかなり今回しつこいぐらいちょっと調整させてもらいました。Also, you know, た usually まに we like to イ have ベントシーン 14 as a 全部 game ス that キ you ップ can してますっ play て人いる at けど、 whatever pace you want to, but this time we had a lot of ただ scenes の where あれだよ it ね。 would go on autoplay through the text. はい And when a character はい talked in コンテン these ツ好 scenes, きな I 人や really な、それ wanted な。 the other characters to take a ス little トーリ bit ー of どうでもいいん time かいってい to う。 process those words before これ responding だけ because ストー that's リーが楽しい important ゲームなの processing に。 time for all of you as well. So I was kind of probably annoying about how particular I was about this. あとはやっぱこう伏線を回収していくときに解釈の誤解がとにかく生じないように、解釈の自由度があっていいっていうところはちゃんとそのつもりでディレクションしてるんだけど、ここは誤解されてはまずいっていうところを、誤解されないように調整するっていうところは、いや、いるんよで、初見でもスキップしまくってますみたいな。 I also was very わざわざ particular 言う about 人。 things not being misunderstood. And you know, obviously, like when you have something foreshadowed or you know hinted at, that's fine to have leave it up to people's interpretation. But you know, there are certain interpretations we don't really want to guide people towards. So I was particular about how we were portraying those. でまあ、この辺りはやっぱり今回なっちゃんがやっぱりライティングを本当にギリギリまでやってて、なかなかその演出までチェックしきれないっていうところもあったんで、もうここは完全に分担して、じゃあもうこっちで全部引き取るから、だから俺が一番石川夏子の中二に近いと思ってるからって言って。Part of this was also because Natsuko, Ishikawa-san, was very busy writing the script up till the very last minute for this expansion, so she couldn't perform her checks as closely as possible. And in the respect of who could stand in for her, I'm probably the closest person, so I ended up doing it a lot and being very particular. あとやっぱ天野先生のデザインの再現というのは、今回はもう僕今回行月のフィナーレが1回目のそのハイデリンゾディアーク編という1回目の14のフィナーレだから、ラスボスを是が非でも天野先生にしたいっていうところがあって、いや良かったですね自ラスボスは分で絵の発注も言ってるし、だからこそヘルメスがな、空の飛び方は教えても地面の歩き方は教えなかったから、僕がディレクションしたタイトルで天野終先生焉をの絵を歌うもの。まあ今のその14の技術にはなるけど、で
極限まで再現したいって思いがあったので、泣いてるとこが好きだったなそこはもうほんとしつこいぐらいリテイクして調整してっていうのをやらせてもらったんで、そこはめちゃくちゃこだわりました。はい。あれ Also, because Endwalker ね、 was ハイデリも良かったよな。 really, in a sense, like the や first っぱ天の上 finale, の the 再現 first は素晴らしいわ not。ending, but ending that we had Eh, in 14 Tina, at the end of the 自分も行こう。 Heidelin and Zodiac arc. I really wanted to have Yoshitaka Amano's art. I'm a big Super fan of nice, his, yeah. and obviously he's associated with the arts in 14 and all of that. So I asked him to do the art, and then when we were reproducing those designs in game, I was super particular about getting it ケイ right. トの肩に乗ろうとしてる。天野先生の発注は必ず僕が行くんですけど、全部申請1個全部自分で言ってるんですけど、ケイトの肩に乗るやつ今回久しぶりに天野先生にはラスボスを書いていただきたくてきましたって言って、その設定で、まあ、いろんなそのラスボス書いてきていただいたと思いますが、今回先生に書いていただきたいのは絶望ですっておーすごい発注。 Of course, ever since A Realm Reborn, I'm the one who's giving 早く仕事しろ Amano よ。 his orders for what we want him to draw. And this time I was like, okay, I want you to draw the last boss. I want you to draw despair. そう絶望かでも先生いつもそうなんだけど、僕とのキーワードを2人でこう会話していくの、その例えばこういう事象が起きてそれが絶望した時頭に浮かぶもの、まあただ目とのいいなこういうイメージには入れてくださいって話をした上で、だね、こうやってやり取りしていくとね、浮かんできた、大丈夫、いけるってね、へー、 15分20分ぐらいみっちり話せば、さすがだな。 Every time, this time he was like, despair. But every time he's very good about talking to me. We sort of have a back and forth about what to envision here. We'll talk about, in this case, despair. And, if we've, in this certain situation, okay, you feel despair, what comes to mind then? And in this case, we also added in the extra sort of difficulty of making the bird imagery as well. But, after like 15 minutes, he was just like, yeah, I got it. I have something in mind. Don't worry about it. まあ今度ね、実はなんか見せたかったんだけどね、主演を歌うものの天野先生の原画をどっかのタイミングでお見せできる機会を作りたいなとは思う。見たいわ。 I really want to show you the original design we got from him for the end singer at some point, so I'll look for a chance to do that. すごいです。まあ他にはもういっぱいあるんですけど、はいクエストインスタンスバトルの調整やってたりとか、あとまあサブクエストの開放タイミングが今回ね、申し訳なかった。そのなんか後ろ髪を引かれるようなそのサブクエストの出され方が多いなってちょっとコメントも見たんですけど、The other things, for instance, the instance Saboteur battles with iyo, doing quests, so I was quite focused on, as well as やるやらない the 自由なんだから。 sub-quest timing for how they あ、そうだ unlock ね。 and all of that それは stuff. 確 I か mean, に we've な got some comments about that. 今回ってやっぱり地域攻略型シナリオなので、しかも時系列時間軸が前に進む物語だから、なんかやっぱ週末に襲われている状態か襲われる前か襲われた後かって全然話の展開が変わるので、当然住民が週末来てる最中にさ、いやちょっとチョコボ連れてきてほしいとか無理でしょ。Yeah, so this time, obviously, because we had the Sure. final days going on, it's very important to sort of have the quests unlock at the appropriate time. Like, is this happening before the apocalypse comes or during the apocalypse? You don't really want during the apocalypse someone to just be like, can you feed my chocobo or whatever? It wouldn't fit very well. なのでやったので、かといってよし一旦落ち着いたから全部出せってやるとエクスクラメーションマーク出すぎると嫌になるの。あ、もう見なかったことにしようみたいな。Also, if you just have them all unlock at the same time and suddenly your screen is filled with exclamation marks, like that's メイン terrible. ク I エ hate ストは that. なるべく早く解きなのたい人でが多いやろ。何回も投資プレイをしてネタバレ食らわないためにこのクエストのこのシーケンスまで来たら3クエスト出してで3クエストだったら消化する気になるだろうとか。So that's why this time I played through so many times, and I'd be like, okay, when you get to this sequence of this quest, then these 3 other quests unlock, and 3 is probably a decent number that people can get through, and that sort of thing. でこのクエストまで来たら5個出して
まあ、このクエストまで来たら残りを出してみたいな感じで、潰していってる人にとってはもう別に潰していきゃいいじゃんって感じだと思うんだけど、数の威圧感とかをね、あと話の内容とをそのフラグをお願いして1個ずつ調整してもらうのって本当にもう投資プレイするしかないのですごい大変だった。So yeah, I have it so like, okay, you go to this quest and then this quest unlocks, and when you're progressing through it, I mean, it's nice. It's nice to have it correct, but at the same time, in order to create a good experience for those who wanted to go through all of the quests, I had to do them a whole bunch of times, which was really hard. また正直もうちょっと減らしてもよかったかなって思わなくもないな。Also, sometimes I thought, couldn't we have less of these? まあそれ以外にもハイデリン透滅戦もめちゃくちゃこだわったし、フェイスの方ね、あと、今回久しぶりにテキストたくさん書かせてもらったんで、ID のフェイスのダイアログセリフとかはかなりの数書かせてもらったんで楽しかったです。はい。今ヨシピーの声がなんかささやきみたいになった。アスマみたいになった。As well as the trust system dialogue. In this case, I actually got to write some dialogue for the first time in a while. So writing all of that, all those trust lines was really fun. はい、ありがとうございます。アリゼのズルイもヨシピーなんかそうです。ハイデリン透滅戦はほぼフルスクラッチで、はい、やりましたんで。I was keeping a close eye on Highland. いいよな。モーションキャプチャー。それでは次の質問です。Going to next question. Healers are currently putting out too much healing compared to damage taken, 14キャプチャーやりたい and わ。 damage dealing options and limited flexibility in battle. People are even clearing Pandemonium with tank-only parties. Are there plans to make healers more vital to parties? なるほど。ヒーラーについて、ダメージに対して回復量が多すぎるほか、攻撃の手段も乏しく、バトルでの工夫の余地が少ないと感じています。実際、パンデモニウムではタンクだけのパーティーでもクリア報告があるほどです。ヒーラーの必要度を高める予定はありますか？タンクの回復量がえげつないやろ。まずこれ毎拡張ごとにそうなんですけど、やっぱりこう毎拡張スタートして最初のレイドって正直難易度的にはかなり優しめに作ってます。それは受ける非全体ダメージ量もそうだし、必要とされる火力パーティー DPS っていうのも普段のレイドに比べれば下げてつけてます。これはね毎拡張一緒。Right, so I want to emphasize that we've done the same as we did in every previous expansion here, and that's at the start of the expansion. We sort of hold back on the difficulty for the raid in terms of damage taken and damage dealt and that sort of stuff. We make it a little bit easier so as many people as possible. どうしてもプレイヤーの皆さんって地続きではあるから、パッチ 5.4 で実装された時のそのエデンの最終レイドと比較しがちなんですけど、今回改めてレベルキャップが上がって新しいジョブも増えてってところなので、一回難易度のイメージはリセットして、特に第1弾なので多くの人にクリアしてもらいたいっていうので敷地は下げてます。なので今後実装されていく第2弾第3弾っていうのはまただんだん難易度がプレイヤーの皆さんのジョブの使いこなしに合わせて上昇していくので、まあそういうサイクルを繰り返してると思ってください。You're probably comparing the raid as it is now to what you had in 5.4, but you have to remember that at 6.0 we added new jobs and we're still balancing things. We want to give people a chance to clear if they possibly can, and then from this point we will raise the challenge level in part 2 and part 3 of Pandemonium. まあそれでも基本的にちょっともっとヒールワークきつくしてほしいな、ヒールしてる気分を味わいたいんだよっていう人は絶に行って絶望していただけるとありがたいです。そうだね。そうい I うコン think テンツで even at that point, それ if は you're 感じ still てほしいですね。 unsatisfied, thinking, okay, healing is too easy and I want to feel more like a proper healer, definitely try the ultimate content and suffer. はい。はい、ありがとうございます。では続いてもう一問ジョブ関連ですね。So the next question. Dark Knights, Living Dead, and Blood Weapon are more difficult to use effectively compared to other tank skills. Are there plans to adjust this? 他タンクに比べて暗黒騎士のリビングデッドやブラッドウェポンの使い勝手が、いまいちです。今後調整の予定はありますか？まあ暗黒騎士だけじゃなくてですね、パッチ 6.1 で、暗黒騎士も含めていろんなジョブに手は、入れさせていただきます。
So not just Dark Knight, but a whole bunch of jobs will be adjusted in patch 6.1. でまあ皆さんからのねフィードバックはかなりちゃんと見てますんで、それらを含めてできる限り要望にお答えできるようにね6.1 していきたいと思ってます。We are looking closely at all of your feedback and will fulfill as many of your requests as we possibly can in 6.1. まあ今まさに質問のあったその暗黒騎士のリビデとかに関してはもう今リビデって呼んでます。案が出てきて進んでるので、まあ何かしら手は入ります。はい。We are definitely adjusting Living Dead, so you can wait and see how it goes. でまあ特に結構今ちょっと辛いんだけどって言われることの、まあ貴公子とか、あと白魔導士っていうのももちろんフィードバックを拝見しながら調整対象になってますんで、もうちょっとお待ちください。We've also definitely seen your feedback about Machinist and White Mage that you're having trouble right at the moment, and we are working on that, so please wait just a little longer. あとは竜騎士でねジャンプの硬直をもうちょっと短くっていうのも硬直を短くする対応は入れて今テスト中なので、まあそういうプレイフィールに関わるところ、それから数値バランスに関わるところ、今回ね 6.1 また大きなプログラムコストかけて調整していけるので、で今日ここに上げてない名前のジョブもいろいろやりますんで吉田が言わなかったって言ってこう黒い煙が最近出るってよく表現されるんですけど、いろんなジョブ手入れますんで、はい、お待ちください。もやもやしちゃう。We're also looking at dragoons who are concerned about the jump animation lock being too long. We're going to try to shorten that up. So we're going to adjust things that affect the feel of your gameplay in addition to just the numbers. And of course, I'd like to say that even if I didn't specifically mention your job today, we're still looking at feedback and making adjustments for those too. So please do not descend on us in a cloud of black smoke because I'm scared. はい、ありがとうございます。Thank you very much. では次の質問です。ちょっと前半でカバーされた気もしますが、Given that we now have Sage and Reaper, will you be increasing the number of glamour plates? リーパーと賢者が増えましたが、ミラージュプレートも増えませんか？ミラプリ関連はですね、各処理のアップデート、まあ、数を増やすとか、まあ、プレートだったら数を増やすとか、ミラプリを反映できるエリアを増やすとか、チェストのサイズを増やすとか、まあ、いろんな候補があって、それぞれのコスト出しが終わって、まあ、やっぱ順番にしか対応できないので、まず今回最初パッチ 6.1 では、プレートの複数枚追加を行います。Right. So there are various requests that we need to address related to the glamour system, like the number of plates, the areas that you can use them in, besides your glamour dresser. We can really only address these slowly in a systematic way, but we are working on it, and in 6.1 we will increase the number. 何枚が増えるのがその嬉しいかっていうのはちょっと個人差があるので何とも言えないですけど、それなりの枚数増やせてるんじゃないかなとは思ってます。はい。The amount of plates people wanted to increase by sort of differs by person. I can't tell you exactly how many we're adding, but I think it should be sufficient for the time being. で、まあそれを第一弾としつつ、ボックスの中に幻影としてしまえる数に関しても大きく引き上げようとしていますし、それらあと着替えられる反映できる場所を増やしたいとか、それらいろいろ今やってますので、順次スケジュールが決まったら、まあとにかく 6.1 からミラージュプレート関連いろいろミラプリ関連ねアップデートしていきますよということだけお伝えしておきます。And yes, we are definitely increasing how many pieces you can store in your dresser and how many places you can use these plates. So when we can fit them in the schedule starting in 6.1, we will be adding more features. はい。ありがとうございます。Thank you very much. では次の質問です。Next question. Will we be able to obtain gear such as Imperial Officers' Armor and Uniforms, Galarian Gunblades, Imperial Lab Coats, and Shalian Forum Members' Uniform in the future? なるほど。今後、ガレマール帝国の帝国士官の鎧や服、帝国式ガンブレードや帝国学者のコート、またシャーレアンの議員制服などを入手できるようになりませんか？
まずシャーレアのギリイン政府かね、予定があるはず。伏せか。So, first of all, the Imperial お父さん officer もコスプレで uniform きる is ようになるんじゃ something ない we 髪 have 型と。 already decided on. まあこれまで帝国はやっぱこう敵として描くことが多くて、なかなかそのガレマール帝国の内面とか人間としてのそのガレアン人っていうのを描く機会がこれまでなかったので、まあやめてたんですけど、まあ、行月のフィナーレでそういったところも描けたので、これからその 6.0 以降のパッチ報酬みたいな形で増やしていくのはまあありかな、そろそろ解禁してもいいかなとは思ってます。はい。なるほど。Up until 6.0, we had mostly shown the Garleans as just these ruthless enemies. We hadn't really given had the opportunity to show the normal people or other perspectives of that story. But now that we've done that, I think we could start releasing some gear that is Garlean themed. はい、ありがとうございます。Thank you very much。だんだん残り時間も少なくなってきましたが、もう数問いきたいと思います。Time is running out, but I'd like to continue a few more questions. The next one is, do you plan to implement the songs that played on the radio in Garemald as an orchestral wall? ガレマルドのラジオから流れていた楽曲をオーケストリオンフとして実装する予定はありますか？いいな、それ。あれ人気高いですね。いいですよね。私も好き。It's awfully popular. I like it. あれなんかすごい、パッチゲーム思い出すんです6.1でよですね。ね、ノイズが入ってるやつ、皆さんあれ結構癖になるっていうか、なんかねやばいよな、あれな。が決まってちょっとずっと聞いてるってやばそうやね。 Yes, we have decided to implement the version you hear on the radio with the distortion in it as an orchestra in 6.1. なんかあれノイズが入ってないやつと入ってるバージョンがあって、まあ、どっちよっていう話だったんですけど、まあ、ソケンがサウンドディレクターとしてゲーム体験に密接に絡んでるのはあれソケンさんとか何を参考に聞いてたんだろうね。そっちが実装されます。はい。We actually have a version both with distortion and without distortion, but Soken felt that as sound director he wanted to give people something as close to the in-game experience of hearing it for the first time as possible. For the orchestrion, so we're going with the モ distorted ズベさ version んと first. 2人でやってたゲーム。はい、岩崩すやつ。Thank you very much。では続いてです。岩。わかったわかった。社畜のやつね。In Shalian or the lunar facilities that the operates worked so hard to make some one day. Even just apartments would be fine. レポリットが頑張って作ってくれたゲームじゃ出てこないな。やシャーレアンにはいつか住めるようになりますか？アパルトメントでもいいです。サムデーでいいんですよ。まあね。まあもうまずはイシュガルドに住んでくれよ。追いつかないよ。Please, please just try living in Ishgard first. We cannot keep up. 求められる。そうね、まあまあその今回ね 6.1 でハウジングの抽選システムもできるし、まあ全世界にさらにこうサーバーをね大幅増強していくっていうのもこの前発表させてもらったので、ハウジングに関してもやっぱりどんどんやっていきたいとは思ってるんだけど、マジで追いつかないんで。追いつかんわ。I mean, yes. So for 6.1, we've come up with the lottery system for housing. We've also announced we're increasing the overall amount of housing. So it's not like we won't do it or we don't want to do it, but maybe slow down a little bit. まあ詰めたら良いですね。If we could, that would be nice. What it did. That would be nice. ありがとうございます。Thank you very much. 次の質問いきましょう。Next question. Will you add minions for Emmet Silk, Hades, and Xenos? エメトセルクやハーデス、ゼノスのミニオンは実装されますか？まあここはそのまあ何度か言ってる通りやっぱり役目を終えてないキャラクターっていうところに関しては、まあ僕が全権指揮取ってるところでもあって、キャラクターのミニオンを出す出さない僕が全部判断してるんですけど、まあ行月まで来たのでまあありかなとは思ってます。はい。Yeah, I'm the one who decides who we put out as minions, and I always hold back on putting out minions of characters whose roles are not yet done in the story, but I think now that we've done Endwalker, we can consider doing those. もうゼノスあたりは本望かもね。くっついてくるわけでしょ。許されついてくることを許されてるわけでしょ。
Is it okay to put Xenosat as a minion? He's just gonna follow you everywhere. He should be happy. はい、ありがとうございます。それでは次で本日の最後の質問にしたいと思います。So the next question will be the last question of today. And the question is, do you have any updates regarding female Rosgal? なるほど。ロスガル女性について何かアップデート情報はありますか？いや、そういえば。僕らようやく行月出したばっかなんだよ今。Finally, we're done with Endwalker. Okay. ね、グラフィックスのアップデートもやるしね。ただもちろん忘れてません。And yes, we are working on a graphic update. But no, we have not forgotten about female Hrothgar. アートチームの方に、ロスガル女性のアートワークを何パターンも書いてもらい、その中から今、2系統に絞ってさらにデザインを進めつつ、それをどうやってその新しいキャラクタークリエーションにこうなんだろう仕様設計していくかっていうところまで今来てるので、まあ、もちろん実装するとなるとねまだ時間はかかりますが着実に進んでます。So right now we've had the art team draw a variety of styles for possible female Hrothgar designs. We've picked 2 of them, and we're currently thinking about how those would look and what adjustments we would have to involve in putting those into character creation. So obviously it's going to be some time before we can actually implement them as a race, but we are working and we are making progress. まあ本当にやるのっていうコメントもありますけど、やるなんかもうちょっとで終わりそうだから男。People are saying, are you really going to do it though? And if I say I'm going to do something, I will do it. だってやるって言ったんだもん。I said I'd do it. でかくなっちゃった。だってね、なんか使う人少ないんじゃないっていうコメントもあると思うんですけど、僕はねもうここまで来たらね多いとか少ないんじゃないと思うんですよ。全種族がそれぞれ平均的に人気になるなんてことはなくて、ロスガル種類が増えてくれるんだったらめちゃくちゃなりたい。個人的にカジートみたいな種族欲しいんだよな。男女でめちゃめちゃ骨格が違うからな。メスやったら多分もうちょっとシュッとしてる感じ。多様な種族、見た目違うもんねを持った人たち、男女でね。それから内面の個性を持ったさまざまなプレイヤーがいるっていうことが世界の広がりをすごく感じられる、まさしく一人でもみんなでも遊べる RPG が目指すところでもあると思ってるので、だから使ってる人が多いとか少ないとかもうあまり関係がないからここまで来ると思ってるので、きっちり実装していくつもりではあります。So, people decide what characters to play for a lot of different reasons. We'll focus on the inside or the outside, and some people may play a lot of this type of character or not a lot of type of the other character. That really gives the world flavor and variety. And especially because we're aiming to be a game that you can play solo or with friends. To be honest, we're not that overly focused on oh, everybody will play this thing equally as long as everyone's having a good time. もうそれを言った途端さ、新しい種族のアイデアを次々言うんじゃないよ君らって思うのよ。And of course, because I said that, now everyone is coming out with their ideas for new races we should add. Please, no. もういいんじゃない種族は。自分の方を増やしてほしいわ。5.0 を発表する時のファンフェスを思い出していただきたい。ロスガルの男性とビエラの女性をファイナルファンタジー14の種族実装の最後にしたいって。いやだって種族は増えるとさ、最初から装備とかの挑戦も多分しなきゃなんでしょ。ね、大変だと思うんだよね。マジで大変やと思う。見直しとかがね。みんな非化線の記憶力なんて曖昧だって知ってるよねって。そう、I mean that I found a good comment. You know the memory of the warrior of light. ならば覚えていろ。ロスガルの女性を持って種族実装を最後にしたいと私は思っている。吉田が。Okay. Well, if your memory was vague up to this point, remember it now. 名言が The 来ちゃっ female たよ。Hrothgar is the last one I want to do. でも結局覚えていなかったのは自分の方だったって言ってたからな。そうこれで、今日の Q&A あれダメだね、今のヨシピーの締めは後でいくらでも覆されるやつや。
はい。ということで、PLL の忘れていたのは私の方だったとはな。もう一つトピックがあるということですよね。So, before closing today's letter live, we have one more topic to 何でしたっけ？ちなみに、はやにーが探してたゲーム、トゥーモローチルドレンです。それだ、ともちるです。ともちるっぽいでしょ、ラジオ。なんかまあ確かに言われればね。何すんだっけ？すっきりしたわ。画面が出ます。はい、画面出してください、じゃあ。パッチ 6.1 以降の土地販売。ちょっとね、パッチ 6.1 以降の土地販売に関してアナウンスとともにね、ちょっと皆さんの意見も聞いておきたいところがあります。はい。Okay, so I have an 土地販売イシュガルド。いいな、イシュガルド。まだ土地持ってない人いっぱいいるの？まず抽選販売についての補足いるです。かな。First, let's go over some details for plot sales. どうぞ。まず1回の応募につき1プレイヤーキャラクター1回どこか1箇所のみ応募可能って言ってましたけど、FC のハウスを買うとき FC 全体1回じゃなくて所属してるメンバー1回ずつ応募できるので、これはもう手に入れちゃうと大きい FC の方が有利っていうのは確かにそうです。感情が無になっちゃうんだよな。Okay, so for the lottery system that we announced, we did announce that each player may only enter the そうなん lottery だよ。 for で one も plot of land. 手に入れる前はめっちゃ欲しいんだよね。うわ、ここの行きたい。いいなってなるの。イシュガルドとか特にね。Every single member from the free company can enter. 持ってない人の方が多いの？多いんかな。そんなことないやろ。ちゃんとあれやで。毎日ログインするような人やで。MMO っていうことを考えたときに非常に大きなコミュニティを一生懸命運営していて、メンバーもアクティブにたくさんいるっていう状況でFC ハウスがないっていうところがやっぱ抽選上有利に働くっていうところは、それこそが FC のそのサイズの力かなとは思ってるのでこういうルールにしてます。I mean, after all, 14 is a multiplayer game, and we want to support the community. So if you have a big, active free company, we want you to be able to have a house. And so that's sort of the reason that large free companies are getting a little bit of an advantage here. で、ただですね、これ、なんか40人いるからめっちゃいろんな土地に応募しようぜってやったとしてもですよ、1個を買うっていう時に全員でそこに抽選申し込むっていうのはもちろん有利かな、数の有利はあるかなと思いますけど、バラバラにやると仮にバラバラに当選するとそれギル没収ですからね。1個しか当然購入できないので。But again, I mean, you're only going to end up with one house for your free company. So yes, if you all enter for the same spot, you'll probably have an advantage. However, if you all distribute yourself among different plots, I mean, you may just end up losing money that way because in the end, you're only going to get one house. あとハウス購入権利を FC メンバーに渡すって結構でかい権限を渡すことになるので、なんかポット人集めてくればいいじゃんみたいなのは多分怖くてできないと思いますよ。あとその権限を渡せる仕様も今回 6.1 と同時にもう変わってるのでそんなに簡単じゃないと思います。Also, it's well, first of all, we'll be making some changes to the rights to purchase land. But also, I mean, in order to apply for this lottery system, your free company members need to be given the right to purchase land on behalf of your free company, which is sort of an important right to give people. So we don't really think that most free companies are going to be going around shouting out for randos to come help do this because it's putting themselves at risk. とはいえ抽選ではあるのでみんなでこう一気に応募したけど当たらなかったもありえるので。Though please remember that it's still possible that if you all enter, you still might not win. That's just how it is. で、続いてどうぞ。で、応募時に全額土地代を支払っていただきます。当たったらもう買ったことになるんだな。There's also the point that when you enter the lottery, you must pay the full price of the plot. で、落選した時には返却されるんですけど、当たってしまったらキャンセルしたらお金ねペナルティがかかりますんで。Obviously, if you do not win the lottery, that money will be refunded in full. But if you win the lottery and you decide to back out on the plot, you will lose some money on that. どうぞ次。で、今回パッチ 6.1 で4種類の販売方法を用意してます。Okay, so as of 6.1, we have 4 ways to purchase plots.
抽選販売の、FC 向け FC ハウスとしか購入できない場所、まあ、抽選販売の個人宅としてしか買えない場所で、先着早い者勝ちの FC でしか買えない場所、先着早い者勝ちで個人としてしか購入できない区みたいな感じで4種類処理としては用意されてます。So we have the lottery version that is for free companies only to buy their free company plots. We also have a first come, first serve system that you're probably used to for free company plots only. And then we have the individual lottery and the first come, first serve for individuals. で、この次どんなページだっけ？で、その販売方法のね、ちょっと分配に関してなんですけど、ハウジングエリアの区ごと、通常街第1区、拡張街第1区、この単位ごとに僕らが調整できるんですね。ここは抽選の FC、拡張区第1区も抽選の FC で、これを、個人にすることもできるし、しかもパッチメンテナンスを入れればいつでも変えられるように今回作ってます。Okay, so each of these purchase systems will be applied by ward. So, for instance, we can give a different system to each ward in regular neighborhoods or in subdivision neighborhoods. And so it'll be like, Imperium Ward 6 is for free company lotteries, things like that. And we are able to change these every patch. でこれはどの区がどの販売方法になっているかっていうのはゲーム内で確認できるようになってます。You will be able to confirm which wards are subject to which systems in game. でしかもこれ最初例えば FC 用の区画として売り出して意外となんか小さいハウス買われないねってなったら僕らがメンテナンス入れて残りは個人に開放しますみたいなこともできるようになってるので混合していく区画もいずれ運用していけばあるかなと思ってます。For example, if we have something set to free company system and then all that's left are small houses that people don't really want, we can always change that later. 次どうぞ。で、パッチ 6.1 では、まあ、全ての区画に対して FC 向けもしくは個人向けっていう抽選販売にだけする今のところ予定です。So our current plan is in patch 6.1, we want to assign all wards to the lottery system, either for individuals or free companies. 先着販売もあった方がいい気がするけどな。まあ処理は用意してあるんですけど、早い者勝ちっていうのを今入れないつもりでいます。 6.1。Right now, we are planning to not use the first come, first serve system at all in patch 6.1. ノコララにやられるぞ、先着は。一応1区画だけ抽選じゃないやその早い者勝ちを入れようかっていうのもある、なんか案としてはあったんですけど、どうです皆さん。We were thinking we could make maybe one section only first come, first serve, but what do you guys think about that? ちょっと職場から電話があった。職場じゃないでしょ。職場上司からお電話あったんで。サボってるの怒られてるかと思った。M は1700、1800、1900、2000万ですね。多分2000万のやつを今買った気がしますね。モズハヤのリンクシェルっていうか FC のハウスは。買うの？新しく買うの？試しでもいいんじゃない？買うのあるやんけ今。I'm pretty sure the majority is saying they'd prefer to have them all. 西ガルド難しいよね。新規でね、申請が一番いいんだよね、三国がね。ただね、FC ハウスは。脳内シミュレーションしたんですけど、やっぱり一区だけでも先着があると、西ガルドが割と住みたいなと思ったんですけど、みんなで。ガレマルド復興もあってほしいな。復興結構楽しかったからまたやりたい。しかもタタルさんのお店のやつも楽しみなんだな。そこら辺さちょっとしか見てないんだけど内容全然わからん。お店にしていくんでしょ。それめっちゃ楽しそう。で先着購入できなかった人は単に抽選に回るだけで
なんかその徒労感というか疲れた感を少数の人のためだけにやるのはどうなんだろうって考えたんですよ今回。なのでもっといろんなそのハウジングの区画を増やしていけた後にやっぱりその空いてきたらとか土地がもっともっと増えて潤沢になってきた時に空いたらすぐ買えるっていう風に先着を使った方がいいんじゃないかなっていうのが今の僕の考えです。もうイシュガルドアパルトメントでもいいけどね。モズベさんの S サイズの家の金も入りが500万出したから。返せよ500万。all try to go for the first come first serve. You're going to be really tired by the time you get to going over to the lottery and trying to win that. データセンター間テレポは 6.8 あたりって言ってたね。6.8 あたりって言ってなかった。データセンター間テレポ。6.18? それならそれで良さそうだね。6.8 って今まで8ないやろ。実装されたこと。Significant people, number of people seem to agree with that. 5なんぼやろ。よし。8はないって。今回は先着なしでいこうかなと思います。まあよりねもし先着でっていうこう意図が強いとかいうのがこんなアイディアあるんだけどっていう場合はフォーラムなどにねまたちょっとお寄せいただけると助かります。So yeah, I'm thinking we'll just go with the lottery system for now, but if you feel strongly opposed or you have another idea of how we could do things, please feel free to comment on the forums. はい。今ちょっと春うららさんのやつを買って登ってみてます。私多分春うららさんのやつ見たからじゃあ見落としかな私が。見落としじゃないやろ見間違いやろ。OK。はい、ありがとうございます。アホなんかいなずっと。ということで、第68回 PLL の内容はだいたいこれで全て完了いたしました。So this is all about 終わっちゃうの。6.18だったよね。Live number 68. And then before closing, we have some announcements. So let's check it. このまま締めに向かう前にいくつかもうお金が足りないよ。氷の製氷機も買っちゃったよ。はい、画面お願いします。最初のお知らせです。フリートラ、来た。フリートライアルです。フリートライアルが2月22日から順次再開。ブリトラみたいなやつだ。ブリトラ。We will resume FF14 free trial. ブリトラのね、ミニオン欲しいでから、サウンドトラックどうしようかなって悩むわ。なんでフリトラのミニオン何箇所かで配布ブリトラだよ、ブリトラ。ウニ点々。まあそう大丈夫そうだという。ブリトラの話してるときにブリトラの話するの。2月22日から順次なんかクレシンのネタに似てるな。まあそのうちねフリートライアルの範囲もまたいつかねガッと上げたいななんて思ってたりはします。We're trying to start slow here, but yes, February 22nd. 誰に進めようかな。We will resume regular free trials and expand from there. はい。でも周りに進められる人いないな。なんだ。69回3月4日金曜日夜8時だ。冒頭で3月4日69回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブプロモーションがなければやりましょうか。日本時間午後8時見ようかみんなで。何時 ?8 時か。絶対夜中越すじゃん。何時までやるのか教えといてほしいわ。難しいよね。絶対2時とかなりそうな気がするけどな。1時2時はなりそうだな。6.1コンテンツ怖いよなもう。パート1ということに。いやだと思いそうって4時間はかかりそうでこうサーバーいわゆる14の、データセンターの拡張とかって、まあ、今年の夏から順次始めていく、まあ、その第一弾になる日本データセンターのワールドリグループに関しては、今詳細の内容を告知できる準備をしているのでこの3月4日の放送の中で皆さんにどういうスケジュールでやっていくのかどういうグループになるのというのをお知らせできればと思ってますので、そこまでもうちょっと今準備してますのでお待ちいただければと思います。We'll also be covering the server expansions that will be starting this summer and talking about 3月4日か。なんかドキドキするわ。なんか席替えの時って緊張するよね。ただ1個言っておくと、データセンタートラベルを入れる前にはやらないので、データセンタートラベルができる状態にはなってるので、
どこと統合しちゃうんだろう、ベリアス。なので4つ目の DC が出来上がるってことにはなるんですけど、行き来はできるし、ある意味日本 DC 全体でなんていうの固定を組むみたいなこともできるので、その辺も合わせてお伝えしていくので、会える人と会えなくなっちゃう人がいるんだな、気軽に。Don't freak out. We have DC data center travel working already. So all this server stuff will be happening after that ちょっ is とだけ手間 available. がかかるだけよ。はい、そうか。お待ちください。それでは続いてのお知らせです。So the next announcement is the reminder of the Endwalker soundtrack. We are now これ taking the pre-order for 2 this 月23日 soundtrack の and then will be out on ウルトラのやつ。 February 23rd, next Wednesday. So please make your pre-order if you do 頭が not でけえんだな。 do yet. 製表機かな。サウンドジョブトラックの魚月のフィナーレのジョブアイコンの製表機と頼もうとしたら、 2月23日水曜日に発売を迎えて現在製表機が5月ぐらいに届くんで、これ一緒に頼んだらなんか5月になりますって言われたから、一旦保留にしたんだよ。うんではうん。次です。続いて、別で頼まないとね the next one 別 is 途頼もうと思っ another て pre-order、まだ頼んでない。announcement. データカードリンクシェルは無理やろうな。Taking a pre-order for the 難しそうだね。 print リンクシェルはね。 third installment. And then these will be available 今日も確かあれだね。 February 30th. これ原画さっき飾ってあったんじゃないかな。 FF14 複製原画第3弾の個人的行月のフィナーレの最後のやつ原画で欲しいな。あれはちょっと買いたいなと思うわ。 These are the artworks that will be いや available on 多分出てないやつやね。はい、この一番最後みんなでおのおのの進んでるやつ。右と左で違う。そう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 。こんなようなサイズ感。古代人たちは右。あれ入れてほしかったな。一時したらまた出てくるんじゃないかな。あっちは絶対買う気がするわ。あ、反射してるぞ。カメラを見る。こんなサイズです。それまでに貯めておく。はい。うん。食べへんやろ、お前ということで、うん。ぜひご検討。絶対食べへんやろ。貯めておかねば。いやでもマジで買いたいわ。その原画は。 The next announcement. 毎日泣くわ。かわいいな。So this is we are now キャー running the かわいい。 collaboration with the 東京行けないってば。東京のスクエニカフェでモズベさん、次 FF14 コラボが現在東京行くときはマジでミオリンとご飯食べに行けよ、お前。あれだ、ミオリンと14エニックススクエニカフェ行って、個室にしろよ、お前、ミオリン連れて行くの。ミオリンと個室でスクエニカフェ行って、てかスクエニカフェは個室ないね。これスクエニカフェだから、エオカフェじゃないから。そう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 。が14コラボしてるんだよね。そうで、ミオリンに14をするよう促す。それはいいですね。それは促して。でもミオリン大変そう。舞台めちゃめちゃ出てるから。という方、現在ゲームデザイナーとグラフィックスエンジニア現在募集ゲーム実況14ミオリンが始めたらめちゃめちゃ見る人多いと思うから。多いと思うし、コスプレもね、いいと思うんだよグラフィックスエね。ンジニアはね、腕のいい人がなかなか捕まるわけじゃないんで、あとはそのミオリンをサポートできる方がどなたかいらっしゃれば書。いてるんですけど、もっと増やせれば、あんまりモズハヤが介入しちゃうとボコボコにされちゃうけ、ファンの人に。もう我こそはというね、非化線兼だって怖い。ミオリンとお話ししたらね、ミオリンのファンの方がね、リップすべてにいいねをつけてくる。程度お便りをお願いしますので、ヒヤーってするから。強化していきたいので、ぜひ。市川みよりさんねゲームデザイナーもですね、まあ随分この前お話ししてからご応募もたくさんいただいて、かわいいよ採用された方もミオリンいらっしゃるんですけど、まだまだ規模拡大していきたないのに激辛大好きだから。We are having a surprisingly hard time finding graphics engineers, so and if we had more, we could really increase the number of things we could do. So すごいよな、こうやっ we thought て。 we'd ask the Warriors of Light if you have graphics engineering skills, please join us. And ゲームデザイナーとか未知だな。まあ今とはいえ全くの素人じゃダメでしょ。私は働けれないからゲームな。デザイナーに関しては社会不適合者だから。放送のアーカイブが多分残ってるんで見てもらえればいいんですけど、そっから今リードやってるやつとかもいるぐらいなので、14はもう課題の応募はなんだろう、
試験のように ID 考えてきてくださいとかなんで、そんなの別に Excel とか Word 使えばできると思うんで。だからやっぱポートフォリオとかいるんだろうな。はい。People are saying, well, あん don't の we か need な、ポート experience フォ to be リオ。 game designers, even if you エ say ン it's, ジニ it's アの。okay not to? And no, really, I mean, as long as you can use Word and Excel, that's 今 you'll be 実績のこと okay. ポートフォリオっ So て言う even ん if だ you've ね。 not done this specific job before, consider joining us. そうか、条件が悪いんじゃないとか、こう契約社員でしょどうせみたいな書かれてますけど、私ずっと契約社員ですよ。契約社員の方が給料上がりやすいんですよ。僕正社員オファー蹴ってた人間ですからね。いらないっつって。A lot of people are saying, oh, well, it's probably because you're only offering contract positions or something. And I'm 才 saying, 能や。 I was a contractor. I've been a 契約 contractor 社 this 員 whole 賄 time. えれる人はマジで Because 才 it's 能ある easier と to know 思 how う。 much I'm going to be paid. 正社員っていうなんていうの、その働き方の部下が増えちゃって、契約社員が正社員の評価をするのはおかしいだろうって会社に言われてついにいやおかしいのはなんかその給与制度だろうって言ってじゃあ正社員でもいいけどいくらくれんのって言って僕正社員になってるんで。At some point, you know, I was told I started supervising all these people who were た permanent だ、 employees, 吉 and 見 the の場合 company was 金 like, もらって "Yeah, も it's 使 kind う of 時 weird 間が that ない we よ have a contract employee who's supervising all these permanent employees, so you ど can う you 考え stop?" ても And I 有 was り like, 余 "I っ think て the そうだ labor system is な。 the problem here, 忙し but そうだ okay, も how ん much money ね。 will you give me?" And that's how I became a permanent employee. 正直スクエアエニックスという会社の福利厚生は素晴らしくいいです。契約社員っていうその雇用形態が違ったとしても、本当にすごく良い福利厚生状態なので、じゃあもう行けないんですね今旅行。選択する人も増えてますよどっちっていう。いやただこれもちろん人によって価値観の違いなのでどっちがいい悪いは言いません。ただ上昇志向な人じゃないと難しそうだぞ。会社だよっていうのは、まあ、正直変な話すごい人たちがいっぱいいるんだろうな。取締役やれる会社なんでマジ無理だな。夢ある会社かなとは思います。We have a good working system. まずはもう You 端っ can't get こに promoted here. Obviously, people's 首 values っ are てあ different. ん So の you かなやっ know, ぱ。 if you're thinking, oh, I want to be a permanent employee versus a contract まずは employee, that's 即首 also よ。 fine. But yeah, we do have a 即 good 首 working か。 environment here. So just so you know. 任天堂とスクエニはちょっと働きたいよあれなんだね。ね、サービス残業が加えてサービス残業禁止ですかね、うちの会社。残業してもらいたいときは残業、このために残業、まあ自分で申請してもらうときもあれば、お願いする、追い込みでね、お願いする場合、全部お金ちゃんとお支払いするっていうのが前提なので。Of course, people are asking about how much unpaid overtime they have to do, but actually we don't do 確かに that ちょっと here. 怖いよな、 We work その overtime 自 when 分 we の write the 大好き reason, な and さ then we get paid overtime money. 14にさつくからさ、失敗はできないみたいなちょっとプレッシャーっていうかさ、あるよな、働く側って。 Cut that off here for now, but yes, if you're interested, 引き抜 please きなのかな。 send your resume along with those links. もともと11 11の時に引き抜きされたんじゃないなっっけ。たんかな。11の前何やってたの？なんか別のとこだって。ウルティマのインじゃないわ。なんかのあれだよね。GM なんかやってたみたいな言ってたよね。まあ久しぶりにこのような通訳をできて楽しかったですね。いろいろケイト設定さん、についてファンフェスの時も確か出られてた気がする。無観客のこれからもよろしくお願いします。やつで。Hi everybody, it's been a while since I've been able to do this その kind of 時も早いに interpretation, ケイ and I ト was って really 言ってた happy 気が that す I る。 got to do so much talking about ケイトって。 lore while doing so. ケイトさん、 And I look forward 赤 to 髪 seeing の you 方 again.。ありがとうございました。Thank you very much 早に記憶ないって言ってたけど、普通にファンフェスの時いた、いらっしゃった。まあ今日ね、本当Q&A も含めてですけど、まあいろんなお話しました。まあかなり未来のお話もしたと思うんですけど、まあ冒頭に戻りますが、まだまだ14発展していきますし、チャレンジを続けたいと思ってます。So we've talked about a lot of things today, including the Q&A, including the future of 14. But yeah, if I can just wind it back to the beginning, I want to say again, I really want to keep 14 going and take on new challenges from now on. So we will keep at it. まあもしかしたらね、家庭の中では、まあ、今回その日本 DC のね 4DC 目追加、ワールドリーグループみたいに、まあ、できるだけ避けたいとは思ってますけど、より安定的にこう運営サイズを上げ、みんなに混雑なくこう遊んでいただくために、まあ、本当にできる限りないようにはしたいと思いますが、
我我慢できるよ。全然できる。ようなこともあるかもしれないです。Beginning with the Japanese data center expansion, of course, as we add servers, we're going to have to regroup worlds, and a lot of you will probably not enjoy that, unfortunately. But overall, we do want to increase the amount of space we have, so that ウル players ティマ can オンライン at の times 日 get 本 stuck in 国内 queues 運 all 営 day. のサポートをしてたよな。ただ最終的には光の戦士プレイヤーの皆さんがこのゲーム遊んでてよかったなとか、大学をこのゲーム本当に楽しいなってバイトとして思えるね、こう未来のために入ったんですよ。僕ら常に考やめたよね大学をねえをして開発を続けていこうと思います。And just to sum up our goals, we really want all the people who play this game to say, wow, I'm really glad I played this. I had a great time. So we'll keep aiming for that going forward. なので改めて皆さんにお願いです。ここまでQ14からね11年一緒に歩み続けてくれてありがとうございます。And to all of you players, thank you so much for coming on this 11 years so far journey with us. まあ行月のフィナーレの英語タイトルはねエンドウォーカーですけど、これからまた新しいファイナルファンタジー14の冒険の旅に一緒に歩み続けてもらえるととても嬉しいので、ぜひこれからも長い間よろしくお願いします。父親とかにもソロでできるようになったら進めてみようもう一回。ちょっとやっぱ挫折しちゃったからね。やっぱ11の時にあれですね、引き抜きで入ってますね。はい、ありがとうございました。本日長時間ありがとうございました。ありがとう。 Thank you for watching such a long presentation. Okay, this is Hey, the now my conclusion table of now. today's Final Fantasy Letter from the Producer Live, and then see you all again in 2 weeks time at the next PLL. 以上をもちまして第68回プロデューサーレターライブを終了とさせていただきます。皆さん次回1週間後の69回のプロデューサーレターライブでお会いしましょう。それでは失礼します。ありがとうございました。さようなら。またね。おつけろでーす。なんだなんださあ、お疲れ様でした。お疲れ様でございました。面白かったね。ちょっと私は一部見れてない部分あるからまた後で追おうかなと思うんですけど。はい。いやーでも結構濃厚な情報が多かったんじゃないですか。やっぱちょっと前半もすごかったですね。やっぱグラフィックのアップデートっていうのが来るっていうのがちょっといろいろ期待ですね。まあ、あとあれね、申請のさところのフェイスシステムが実装、新生イシュガルドと蒼天と、その辺はまたちょっとみんなもあれじゃない、一回やり直ししてみたいなって思うよね。まあティンさんとかね、あとはサンクレット、アシエンサンクレットのね実装も来るらしいので、いやマジ楽しみだね。ちょうど最初からやろうとは思ってましたので、文字単体で。はい。ね、娘さん、仕事は大丈夫ですか？あなたこの後19時からマイクラですよね。そうなのよ。そうなのよ。仕事、さっきそれでとりあえず急いでやってもらわないといけないので、もうさっそうと締めますね。ちなみにハイにもホライゾンの動画の編集をしないといけないんだけど、今日の分と明日の分はもう終わらせちゃったので、これはちょっと立て込むなと思ったんで、ハイニーの方は今からのんびり4話目の方を作りたいと思います。頑張るね。はい、頑張りますよ。ほなまたホライゾンの動画は夜9時かな、アップします。19時からはモズベイさんのマイクラ、10時からは、モズベイさんのストリートファイター5の参加型になりますので、この後もよろしくです。で、月曜日の夜10時半からは、バレンティオンデー14の方シーズナル最終日ですので、まだやってないという方は最終日ね、そちらの方も合わせて一緒にやっていただけたらなと思います。はい。ほな、おつけろです。バイバイ。